皆さん、こんにちは。これは人工生命のワークショップ001です。私は、筑波大学のアレンヤクラウスの今日の司会者となります。ワークショップを始める前に、リマインダーを一つです。ワークショップ途中にコメントがある方、質問がある方は、スリードというサービスを使ってください。スリードを使うには、この QR コードをアクセスするか、それとも、ディスクリプションのリンクをアクセスしてください。または、YouTube ライブチャットでも、質問やコメントを受け入れます。では、ワークショップを始めるために、オープニングに参ります。オープニングは、筑波大学の岡瑞希さんにより行います。では、岡さん、よろしくお願いします。はい。皆さん、おはようございます。筑波大学の岡と申します。本日は、この第1回目の人工生命研究会へご参加いただきまして、ありがとうございます。今日夕方5時頃までの長い時間となりますが、ぜひ楽しんでいただければと思います。それではまず私の方から、人工生命という言葉を初めて聞いた方々も多いと思いますので、それに関する簡単な説明と、今日のプログラムについての紹介をさせていただきます。はい。まず簡単な自己紹介なんですけれども、私、今、筑波大学で、人工生命、そしてウェブサイエンスという分野の研究に従事しております。で、私自身が人工生命の研究に出会ったのが、だいたい12年前ぐらいです。で、その当時は、今でいう人工知能の分野で、研究をしていたんですけれども、その中でインターネットだったりとか、ウェブのサービスがどうやって進化するのかとか、どういうサービスが反映して、どういうサービスが死んでってしまうのかということを、インターネットの生態系として見て、生命的な挙動を研究をしているうちに、この人工生命の魅力に引き込まれまして、ぜひ、この面白さを多くの方々と、に知ってもらって、その魅力と、可能性を伝えたいなと思いまして、今回この人工生命研究会の立ち上げ、そしてこの第1回目の研究の開催につながっております。よろしくお願いいたします。それではまず、人工生命の歴史について人工知能のブームとの関連から、説明します。皆さんご存知の通り、人工知能のブームは今第3次ブームというふうに言われております。第1回目のブームが1960年頃にあって、その後2回目が1980年頃、そしてこの2010年以降のブームが今起こっています。で、一方で今日のテーマである人工生命はと言いますと、人工生命の元となった、始まりとなった、例えばフォン・ノイマンの自己複製オートマトンですとか、ホーランドの遺伝的アルゴリズムといったものは、1960年代、70年代に出ていたんですけれども、人工生命という言葉そのものは、1984年の複雑系という、分野の発祥の地になったサンタフェ研究所が設立された後の3年後にですね、1987年に初めて人工生命という、言葉がクリストファー・ラングトンという研究者によって提唱されました。で、ちょうどこの時は、人工知能の第2次ブームの時だったんですけれども、それに合わせるように人工生命、複雑系とともに非常に大きなブームを巻き起こりました。これは世界的にもそうなんですけれども、日本でもブームが起きたんですが、その後ですね、これ2001年に科学の終焉という世界的ベストセラーになった本が出たんですけれども、そこで複雑系とともに人工生命についてもかなり批判を受けまして、それもきっかけとなって、その後ブームが終焉を迎えていきます。なんですけれども、人工知能の研究と同じように人工生命の研究者は、ブームに関わらず粛々と研究を行っていました。例えば、ISAL という国際、人工生命研究会というものがあるんですけれども、それも2001年に立ち上がったりしています。で、最近ですね、人工知能のブームと同じように人工生命に関しても新たな盛り上がりを見せています。
で、それのキーワードとなっているのが、まさに今日の研究会のテーマでもあります、オープンエンドな進化、そしてエージェンシー、集合値、創発現象という、キーワードです。今日は、これらに関するセッションも設けておりますので、ぜひ、人工生命がまた注目し始めている理由は何なのかというところに注目して、楽しんでいただければと思います。それでは、イントロダクションとして、次に、人工生命とは何か、そもそも何かについて、人工知能との違いからお話ししたいと思います。大きくは3つの違いがあると考えていまして、それらが、知能を扱うか、あるいは生命を扱うか。そして2つ目が学習と進化。そして3つ目が自動化と自律化です。まず、知能と生命の違いですけれども、人工知能、英語ではアーティフィシャルインテリジェンス、略して AI っていうふうに言われているのに対し、人工生命は同様にアーティフィシャルって言葉を使い、生命なので Life で略して A-Life っていうふうに呼んでいます。で、人工知能は人間の知能にヒントを得て知的なシステムを作るっていう工学的な応用が考えられるんですけれども、人工生命はですね、同じように知能ではなくて生命、ここで重要なんですけれども、人工知能が人間の知能っていうのを対象にしているのに対して、人工生命は人間以外のあらゆる生物、あらゆる生命にヒントを得て知的なシステムを作るということを目標にしています。ですので、大きく知能と生命という違いがあります。で、2つ目の違いが、学習と進化、どのようなアプローチを取るかということです。人工知能は、脳そのものを作ろうとするアプローチなのに対して、人工生命は脳を作ったシステムそのものを作ろうというふうな、アプローチをとっています。これどういうことかというと、そもそも人間はこの46億年の地球の進化の中で出てきた、一つの生命体、その、人間が持っている脳ということなんですけれども、その人工知能が学習というアプローチを取るのに対して、人工生命は進化のシステムを作ることで、脳を作ったシステムを作ることで、脳を結果的に副産物として作ることができるのではないか。あるいはそうしないと、もともと脳というものを作れないのではないかというふうなアプローチを取っています。なので、ここで学習、そして進化というキーワードが出てきます。最後の3つ目はですね、自動化と自律化という違いです。人工知能は自動化が非常に得意で、現在も例えば人間の思い通りに制御する、工場で部品を組み立てるといったようなことですとか、ルールやデータをもとに判定して何か画像、動画からものを判定したりとか、欠陥を検知するといったことができます。あるいは、明日アイスクリームは何個売れるかといった数値化された、ていることを予測するといったような自動化が得意なのに対して、人工生命が目指しているところというのは自律化です。自律と聞くと、人が、いろいろ考えて、その考えに基づいて判断して行動するってことを、一般的に自律化というふうに言いますけれども、人工生命も目指す自律化っていうのはまさにそのような自律化です。例えば人工生命の応用の一つとして、お掃除ロボットルンバっていうのはとても有名なんですけれども、このルンバは、掃除をするという目的を与えられて、あとは、環境というのはこの中で家の中の例えばどこに家具があるとか、いったことと相互作用して、発見して適用して行動するということを自律的に行っています。あるいは、新しいデータにはないものを新たに作る。有名な例では新幹線の、この先の方の形っていうのは、進化を模倣した遺伝的アルゴリズムで作成されたものなんですけれども、そうした人間ではなかなか考えつかないような新しい進化のデザインを作るといったことを行っています。最後に、豊かなコミュニケーションを作るというところで自律性がすごく重要だと考えていまして、例えば飽きないインタラクションを作ったりですとか、そういったことをするためには、予測することとは
ではなくて、予測不可能であるということが重要だと思うんですけれども、そういった予測不可能性をどのように作るかですとか、あと存在感をどうやって作るかといったことをテーマに研究、開発をして、アルゴリズムが作られています。はい。といったように、ちょっと最後、自動化と自律化、具体的にどのように、どう人工知能と違うのかというところは、まさに今、研究学と、研究者の方も、議論しているところなんですけれども、今日のプログラムを通して、そうした、違いについて、理解を深めていただけるように、構成しております。今日の具体的な内容としましては、この後、まず、人工生命のショーケースということで、最近の人工生命の注目されている研究を分かりやすく一気に紹介します。このセッションを見てもらうことで、人工生命でどんな研究をしているのかっていうのを、そうした雰囲気を分かってもらえると思います。で、その後、午前の最初のダイアログでは、まさに世界中が今注目するオープンエンドな進化、オープンエンド性についてです。地球の進化が人間を作ったような、その進化し続ける仕組みっていうのはどのようにしたら可能なのかということを、このオープンエンドな姿勢、オープンエンド性、オープンエンドな進化というところでは扱っているんですけれども、その研究について、この研究分野に関わる新進気鋭の研究者たちに語っていただきます。その後、1時間45分のランチ休憩を挟んだ後、午後のダイアログとなります。まず、ここではエージェンシーについて話してもらいます。エージェンシーとは簡単に言うと、存在感のことです。例えば、人間が何か行っている行為に主体性を感じるのはなぜかであったりとか、ロボットや AI の存在感をどうやったら感じられるのか、あるいはエンジニアリングにおいてなぜエージェンシーは必要なのかといったことを、議論していただきます。そして2つ目のダイアログでは人工生命と社会というのがテーマです。最近の技術発展によって、我々の社会というのは特にこの10年で大きく変化したんですけれども、一方で様々な課題というのも生んでいます。このセッションでは、そうした課題に対して、社会的な課題に対して人工生命がどのような貢献をできるかということについて議論します。そして今日の最後のパネルでは、人工生命の可能性をテーマに、中小企業庁の前田長官と一緒に、日本の文化や産業における人工生命の可能性について、話します。この研究会を参加していただくことで、人工生命についてとは何かについて知っていただくとともに、最初にも述べましたが、この分野の面白さと、そして有用性、また可能性を、共有できればと思っております。はい。この研究会、人工生命研究会が今回主催しているんですけれども、この研究会自体は、今年の4月に人工知能研究会の第2種研究会として立ち上がりました。世界中の人工生命研究者の中で、最近日本をベースに活躍している研究者が非常にたくさんおりまして、世界の中でも日本は非常に注目されている場所なんですけれども、そうした中で、やはり、いろんな人たちが集って情報交換して議論する場が、必要とされていることもありまして、そうした場を、作ることを目的として今回立ち上げました。私が主査を務めておりますが、他にも、日本を代表する研究者の方々に多数参加いただいております。はい。また最後になりましたが、今回の研究会を開催するにあたって、リンクス株式会社様、株式会社クロスコンパス様、そして株式会社ライフル様の、スポンサーをいただいております。これらのスポンサーがなければ、この会開催できておりませんので、非常に、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。はい。それでは早速ですが、次のセッションに最初のセッションに移りたいと思います。じゃあ、クラウスさん、またお願いします。はい、岡さん、どうもありがとうございました。では、これはワークショップ001の、オープニングでした。じゃあ、続きまして、ショーケース、10時20分からショーケースになります。
ショーケースが人工生命の、最近の主な研究成果の発表します。ショーケースの参加者は、クロスラブスのウィトフク・オラフさんと、北海道大学の鈴木圭介さん、北海道大学の飯塚博之さん、そして、東京大学の、池上隆さんとなります。最後は Q&A が行います。では皆さん、10時20分までに少々お待ちください。ありがとうございます。では、皆さん、
これから、ワークショップ001の、ショーケースを始めます。ショーケースでは、クロスラブスのウィタウスコラフさんと、北海道大学の鈴木圭介さんと、北海道大学の飯塚博之さんと、あと東京大学の池上隆さんです。じゃあ皆さんよろしくお願いします。Yes. So, do you think I should explain? Okay. このセッションは英語と日本語であります。We're going to do this session in English and Japanese. Okay, the first, I selected 4 speakers, including myself. The first speaker is Hiro. Is Hiro? So Hiro is, I think, Hiro from Olaf. Olaf is the first speaker, and he's in CrossLab, and he has been in artificial life more than 10 years. Mainly he's working on genetic algorithm and the agency simulations. And also the second speaker is going to be Hiro, right? Keisuke. Sorry, the Keisuke has been in Sussex University for more than almost 10 years, and he is interested in used to doing some artificial chemistry, and I try to understand autopoiesis, the theory of autopoiesis, the philosophy of artificial life. But now he has been simulating autonomous cellular systems, evolutions, and mainly cell automata and other things. But after he went to Sussex University, he turned to his research scope in psychological analysis using VR, AR, and XR in general. That's what I hope he's going to discuss a little bit about this. And next speaker is Hiro. And Hiro is in Hokkaido University right now, but he has been doing artificial life for more than, I think it's almost 20 years now. And he's interested in homeostasis, dynamical behaviors of agents and computer simulations, but also recently been doing deep learning. And yeah, and then I'm gonna introduce myself afterwards. I'm doing artificial life for more than 30 years now. So let's make this session interesting and crazy enough for the people to get interested in artificial life. So please, Olaf, can you start now? Thank you, Takashi. So yeah, let me show my slides here. So my name is Olaf Witkowski. I'm Director of Research at CrossLabs in Kyoto. And it's my pleasure to introduce shortly the topic of open-ended evolution. For those of you who haven't heard it, I'll put it in the words of an A-lifer who wants to explain that to AI aficionados. So I thought I'd start with the general picture of general intelligence. And that's a popular thing nowadays, that we want to achieve general AI. And certainly one of the good contenders, if not the best set of techniques right now, belong to deep learning. And it has been very popular and very successful lately. But it's certainly not the only kind of technique. And even AI is only about mimicking human intelligence. And we want to definitely go further than that in the future. And I want to present open-ended evolution as a general strategy to achieve this goal. So if we look at deep learning, it has climbed on the top of the tree of artificial intelligence progress. But if you want to achieve general intelligence, you want to get to the moon. And climbing on the tree is not getting you this rocket that open-ended evolution can give you to reach your goal.
So looking at nature, in open-ended evolution, there is evolution, and in nature, you can observe major transitions in evolution. It's really looking at this natural evolution that we are trying to inspire ourselves, and we notice major inventions in this unrolling of this evolutionary learning through time. And I'm giving here a few examples, ending with language and technology, but there are many others. So how can we copy? What are the special things in evolution that we want to copy? And the first one in open-ended evolution is that it's very diverse. What we see on Earth is extraordinary. It's amazing that we see so many species, and every single species that we see in biology on Earth, from insects to bacteria to mammals, everything is a single solution to the problem of life. They're all solving life in very different ways, and at all times we saw this general trend of augmenting, increasing number of solutions and diversity in evolution. The second one is that each step should be door opening. And I'm showing here these major transitions as captured by Maynard Smith and Seth Mary, which show that for every stage, it's not only a stage, it's opening up for many different kinds of solution at the next stage. So you are door opening in that sense, that at every level, you invent a new platform to invent something completely different. You open up possibilities that were not available before. And thirdly, open-ended means that it's also keeping learning forever. So it doesn't stop learning at any point. The power keeps being increased. So it's a bit small, but it's just showing how your computational power augments, increases through time, through the whole time of evolution. And it's important that machine learning should not stop learning at some point. It plateaus very often for those of you who are practicing machine learning in your jobs, perhaps. The algorithm stops learning at some point. That's very annoying. You want to avoid that and have it keep learning. So this high diversity, door opening, and forever learning-ness in open-ended evolution is something you want. And it's arguably larger, much larger than just the set of AI. It's really mimicking, like Mizuki Oka said it earlier today, it's mimicking really the whole of living systems, from properties of evolvability to swarm intelligence, dual inheritance, many of the other properties of evolutionary mechanisms and more. So how do we capture nature's intelligence? So very shortly, I want to show you a few examples of what we capture and how we do it. And here is a simple set of examples where you just have replication. And I think Keisuke Suzuki after me will also give you more examples about that. But this is simply from very, very simple rules that you can simulate in the computer. And you can study, because everything is within reach in the box that you can study in your computer. You can understand really the properties of replication. And after that, the many other levels, as we saw before in nature, those are those kind of transitions in evolution that you can have a look at. I see we've switched screen. All right. Then in the next step, you want also to look at how those things are inventing new solutions. And you could even incorporate, in a way, you can incorporate evolution as a starting point. And
there you can get to a whole lot of solutions. I'm not going to describe every single one, but you can see here that it can involve walking in very interesting ways sometimes. It can involve any kind of feature that you see in living systems. You can try and copy them, and they emerge in your system that you simulate within your substrate. And the substrate is usually the computer, but we also in artificial life try to capture this open-endedness within different systems like chemistry, like hardware, and so on. So many different studies and many different groups have explored this digital evolution under different angles. What is very interesting is that in many cases, open-ended evolution techniques don't get you to a point you were predicting. They don't achieve the goal that you wanted. Somehow they do, but they don't do it the way you wanted it. And here we see an industrial robot that holds this box with a disabled gripper. So the gripper is not working, but it manages somehow to do it anyways. So this is another example here with a robot that discovers a very unconventional motion by flipping over and keeping progressing on its back, which is not what it was initially designed for, but it works and it achieves very good performance in its solution. So there are other things in video games. You can break somehow the physics of the game, and the agents here find a very strange solution. And this is actually a very good way to test also video games by using evolutionary or other techniques belonging to this open-ended kind of class. And you can discover bugs, for example, and so on, solutions that you didn't predict before. And one last example is this robot that was a paper in Nature about how this hexapod can actually correct for something, for a broken leg, for example, and adapt its algorithm through time. It's discovering a solution that wasn't there. So it's adapting a new solution somehow that is being discovered, and it's something that was not predicted. And I think open-endedness is a lot about predicting somehow or achieving the unpredictable. So there are many applications about this, and I think we'll have a whole session to discuss about this, but my personal ones are, well, collective AI. I think any kind of collective agent study of collective intelligence, how agents can exchange signals is very promising in this branch. Data-less learning, so we learn, machine learning works with feeding a lot of data, but you can actually derive new solutions. In the future, we should be able to design AIs that are able to be scientists even, that don't need previous data as an input. They can be mathematicians and derive new solutions without extra supervision. And of course, I'm really interested at Cross Labs. We like to understand how intelligence works in nature and copy that and augment it in some way digitally. And yeah, there are many more ways, I think, but these three ways illustrate somehow how you can keep discovering and keep learning forever with open-ended approaches. All right, yeah, that's for open-ended evolution. Thank you. Okay, thank you very much. Shall we take questions from the floor or what? You have short questions right now from the audience. Maybe do we continue? Okay. Whatever. So okay, we're gonna take questions at the end of this session. So shall we move to Keisuke then?
では、聞こえますか？ Yes. では、人工科学、アーティフィシャルケミストリーについては、北海道大学、チェインの鈴木圭介の方から説明させていただきます。で、時間もないので、すぐ行きますが、皆さんご存知のように人工生命というのはあり得たかもしれない生命を目指す学問で、実際の生命と構成とは異なった形で、生命を実装していくと。で、その背景になるのは、やはりその生命現象というのは、その物質としてのものではなくて、その物質の間の関係性であったりすることの領域だという前提があります。で、人工科学もそれに倣って、抽象的な人工物で科学システムを構築していくと。で、それで何が嬉しいかっていうと、例えば生命の起源のように、実際の科学では、なかなか実験が難しいものをシミュレーションできるという利点があります。で、今回、10分ということなんで、簡単にその抽象科学系というアブストラクトケミストリーというものと、そういうものを用いた原子細胞のモデル。で、そこからもっとさらに生命に近づいて自己複製とかそれを元にした進化っていうものについて簡単に話していきたいと思います。で、抽象科学系、僕は最近の仕事よくわかんないんですけど、まず化学反応を、では一番簡単に言うと台数で置き換えられるか。そういう昔の、例えば高校で習ったようなこういう化学反応式ですね。B と C という分子があって、A と B があったときに、B が触媒となって、2つの C が出てくるみたいなものを、例えば代数、こういう変数と関数の形で書けるかどうかっていうのを考えている。で、ただ、例えば生体内にある分子、タンパク質だったとかっていうのは、なかなかそういうふうに、この変数と関数というふうに分けられないという問題があります。例えば、タンパク質はどういうふうに他のタンパク質と相互作用するかっていうのは、その分子が持っている形によって決まってくると。つまり、関数の働き、分子と分子がどう働くかっていうものが変数それ自体によって変わってくるというものがあります。で、それを克服するために、このフォンタナという人は、もうだいぶ古い研究です。91年にラムダ計算というものをやった。ラムダ計算っていうのはラムダ式というもので、元の代数をこういうふうに置き換えると、変数と関数が、交換可能になると。でそうすると、今言ってたような関数と変数が変数によって関数が決まる、関数によって変数が決まるっていう相互に依存している関係を記述することができる。で、フォンタナはこういうふうに代数形をラムダ式で書いたもので、化学反応を抽象化したものを作ったと。で、そうやっていくと、細かいところは見ませんが、例えば化学進化というものが起きて、最初普通にやるとすごい簡単な分子だけになってしまうんですけど、それを取り除くとどんどん複雑なものが出てくる。で、上に書いたようなのが出てくる分子ですけど、そういうものが出てくる。でさらにそれが進化すると、それがいろんな分子が集まったものがさらに相互作用するような複雑なネットワークが出てくるところまで分かると。で、このように抽象的にやった化学システムでも、化学進化みたいなものが見えてくるっていうことが分かります。で、ただ、ここまでだと、やってることは科学のレベルで、生命のところまでいかないんで、もう少し生命より話をします。で、ここでは、オートポエシスっていうものを考えます。で、オートポエシスというものは、ある代謝系があって、それが再帰的に膜のような境界を作り出して、それによってその代謝がさらに、促進されるようなシステムで、それを言い出したフランシスコ・バレラという人は本人自体が、コンピューターモデルを作りました。で、それが SCL モデルというものなんですけど、ここでは簡単に説明すると、触媒分子、カタリストというものと、基質分子、食料みたいなものですね、とリンク分子というもの3つがあって、それが、触媒分子の近くにサブストレート、栄養みたいなものがあると、リンク分子ができると。リンク分子はそれぞれ繋がってボンドを作ると、そのボンドを作ったところにはカタリスト分子は逃げられなくなる。で、リンク分子の中は基質分子、そのサブストレートがどんどん通り抜けることができるというルールを作ると、ここにシミュレーション動くかなように、まずカタリストの周囲でリンクができて、それが繋がることで膜のようなものを作ると。できた膜は一回できると、それによってカタリストがトラップされて、そこから出られなくなると。それで言い忘れましたが、リンク分子はたまに壊れるんで、時々壁に穴が開くんですけど、そこが修復されて、
自己維持が続くと。こういうふうに、その抽象的な化学分子でもそこから始めて、すごい単純ですけど、細胞膜や細胞のようなものができる。ということが言えると。で、まあ、ここまでだと、まだ化学、なんていうんですかね、人工化学の分野だったんですけど、そこからさらに今度、自己複製とか進化っていうものをここから考えるのがどうかっていうのを考えてみる。で、自己複製考えると、まあ、元の前提となるのは、まあ、すごい単純に言って生命とは自己複製する機械であるっていうふうに考えることができる。ただ、自己複製する機械ってなかなか普通に考えると難しくて、例えば複製している自分自身をどう複製するのかという、自分自身をどう触れるかっていう話があります。で、実はこの回は生物生命現象としてもあって、DNA とタンパク質っていう2つの異なる働きをするものが生体内にあります。で、DNA は皆さんご存知のように遺伝情報を担う物質ですね。で、それに対して例えばタンパク質の中ではリボゾームって言って、DNA を読み取ってタンパク質を作る機構があります。例えばこういうものですね。で、そう考えると、その自分自身をコピーするために、一度その遺伝情報っていうものと遺伝情報を読んで、それを自体を作るっていうふうにコードと機械が分かれてるっていうことがあります。で、同じようなことを、コンピューターの父とも言われているジョン・フォン・ノイマンが1966年に、セルオートマトンという格子状の状態遷移機械で、デザインしました。で、この1966年の時点で実は DNA がワトソンとクリックに発見される少し前になります。まあもちろん DNA みたいなものは存在を知られていたんでしょうけど、実際に同定される少し前になるという、なりますが、彼は、その29状態、ここに29の状態がありますけど、そのセルオートマトンという格子状になっている機械を使って、遺伝子情報みたいなこういう機械の設計図が載っているものを読み取って、それをもとにこの機械のアームが作っていくっていうものを作りました。で、この機械自体は実は組み立て万能性というものを持たしてあって、この機械自体は何でも作れます。設計図に書いてあるものが何でも作れるんですけど、設計図に書いてあるものが自分自身だと自分自身をコピーし続けることができるという意味で自己複製できるというものを示しました。で、ノイマン自体はこれをデザインというか、本の中で設計図を書いただけで、最近実装されたのはかなり最近になります。で、ノイマン以降、実はもっと簡単なものが、シミュレーションされているものとしては簡単なものが出てきていて、人工生命会議を立ち上げたクリストファー・ラングドンという人が作ったもので、このループと呼ばれているものがあります。で、これはノイマンの自己複製機械に比べるとだいぶ単純になって、8状態86セルのループ構造で、この中にある遺伝情報がアームの先端で解読されていって新しい構造ができていくと。ただ、これ自体は、組み立て万能性はありません。常にこの同じ形ができていく。で、ただ、ラングトンの論文では、その中でその情報の流れが2種類の解釈をされていると。コピーとされて、先端では実行されるっていう扱いをされているという意味での今のものと同じだと考える。ただこれ、そのまま行くと、ただ中心に今分かるように、どんどん真ん中が結晶化してて止まっていってしまって、ここから進化みたいなのが出てこない。で、それを対応するために、現在も活躍して、ALIFE の分野で活躍している佐山先生が、そのラングトンのループに、たまに壊れるっていう、ぶつかると壊れるという、特徴を入れました。で、そうすると、お互いに触り合うたびにどんどん壊れていって、で、突然変異的にその少し小さいループができたりするんですね。で、最終的にはこの小さいループで全部画面で、世界が埋め尽くされるという結果になります。で、ただ、佐山先生が発表されたときはその小さいループにしか生まれないっていう話だったんですけど、実は長い間もっと大きな空間でやると、より大きなループとかすごい多様な遺伝子系や表現系を持ったものが出てくるっていうことが分かっていて、本当にこの単純なシステムの中から、進化のようなものが出てくるっていうのが分かっています。で、もう少し、この辺かなりまだ90年代の話なんですけど、実はもっと最近、特に今年、今から、来週から始まる ALIFE でもいくつか発表があると思いますけど、最近になってこのセルオートマトンを、の状態を、連続化して、更新規則をいわゆる微分可能にすることで、バックプロパゲーションをかけられるようになった。で、今までセルオートマトンのルールってやはり手でデザインしたり、あるいは
ジェネティックアルゴリズムで、学習させたりするんですけど、なかなか学習を得るのは難しいと。で、それをディープラーニングの手法で一気に突破したというものが去年あたりから出てきていまして、で、例えばこれだと任意のパターン、これだとこのスマイリーフェイスを自己複製というか、ここでは自己維持ですね。するようなセルオートマトのルールをディープラーニングで学習させたという研究が出てきました。で、こういうのは例えば、人工的な形態形成モデルとして使えるっていうふうに考えられています。で、面白いのはこういうちょっとライフゲームっぽい構造みたいなのがここから出てくるっていうのもあります。で、最後になりますけど、今までずっとコンピューターシミュレーションの話をしてきたんですけど、実は実際の科学を使って、人工科学をやるという研究もあります。で、ここでは海面活性剤のプールの中に油滴、いわゆる油の粒ですね、を入れたときに、その油の表面と海面活性剤が反応して、その代謝によって、油滴が動き出すモーターの役割を働くというのが分かっています。で、これは、マーティン・ハンズウィックという池上先生の古くからのお友達の方がやられた研究ですけど、こういうふうに完全に人工的な油滴なのにもかかわらず生命のような振る舞いを見せると。で、その中には相加性のような、例えば化学物質の濃度の高い方に動いていく性質や、例えばこの動画で見せるように、このポコンと自己複製するようなものが見える。っていう意味で、とても面白い現象ができると。で、そういう意味では、その実際の科学システムを使った、人工科学ということで、これまでの計算機シミュレーション以外の人工科学の可能性を示したという意味で、すごい画期的な研究だと思います。こういうある意味、そのアーティフィシャルにアーティフィシャルケミストリーをやってるという意味で、アーティフィシャルケミストリーかなっていうふうにちょっともじってみました。で、一応これで最後です。6つほど、モデルを説明させていただきました。ありがとうございます。Thank you, Keisuke. Probably there are many interesting points from Surido. If you can answer to those questions from the floor, would be nice. Olaf, can you see the Surido at the questions? Sure. Yeah, we can maybe take questions later, but yeah, rapidly but the first one is I think you can easily answer to this question. Yeah, it's true. Yeah. So very interesting question. So of course the one question is about open-endedness. If it's something different from just a consequence of just optimization. So of course you optimize for if you optimize for an objective, you are going to get closer to the objective, but then you will get stuck. And in open-ended evolution, in my presentation before, you try to not optimize for one single objective. You want to remain open-ended. And so all the techniques we use, it's not only one technique, it's actually a set of techniques. For example, evolutionary computation, or an algorithm called a class of algorithm called map elites. And in all those techniques, you try to not optimize in just one direction, but keep being diverse and exploring for more solutions. So that's the short answer. Okay. The other one is like, so that's what you answered. So it's not only the deep learning, but there are many other ways, maybe. But the cutting edge is, as Keisuke said, deep learning is one of the effective way to evolve cellular automata rules to have more interesting behaviors. And the third one is like machine learning. Is the answer to the problem is clear about what kind of objective function is designed when using deep learning in artificial life. So as Keisuke said, I think we don't have to design by hand the interesting rules, but
autonomously generated. I mean, the back propagation can generate automatically the interesting rules. We don't have to design by hand. That's, I think, one of the advantages of using deep learning in artificial life. It is. So maybe Keisuke agrees to me. ちょっと日本語で、解説しますと、ケイスケさんのお話、非常に化学反応の実験というのは今まで化学者だけが薬を知ってる人だけがやってたんだけど、それをその理論研究家とか、あるいはコンピューターサイエンティストにも開放したっていうところが一番面白いんじゃないかなと思います。それで、特にそのケイスケさんは全然フォン・ノイマンがコンピューターを父と言われてコンピューターを作ったんですけど、同時にその ALIFE 自己複製とかその脳の理論というものも着手して、それでコンピューターと同じようなアーキテクチャで生命についても考えたっていうところが、いいところと悪いところがあるんですけども、その人工生命の研究の一つの道を作ったと言えるんじゃないかなと個人的に思っています。で、ですね、その後を含めて、さっき最後に紹介してくれたバート・チェンのディープラーニングを使った。ディープラーニングって普通はそのパターンを与えたらそれを分類したり、あるいはその既存のモデルにそのリグレッションするっていう使い方が多いんですけれども、バート・チェンだけはですね、そのさっきのセルオートマトの複雑なルールをバックプロパゲーション、ディープラーニングを使って進化させるっていうところにも非常に第3の新しい使い方を見せたっていうところが面白いかなと考えています。それでは次に飯塚さんに、話をお願いしたいと思います。飯塚さんよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。ではそれでは北海道、はい、いいですか。はい。それでは北海道大学の飯塚から、ハイブリッドシステムというテーマについてちょっと説明していきたいと思います。でちょっと最初いきなり宣伝なんですけど、チェーン、鈴木さんもチェーンに所属されてるんですが、北海道大学では人間知能 AI 研究教育センターというのをやっています。で人工生命にもすごく関わっていて、学際的な研究領域です。脳科学や AI、人文社会がみんなプロフェッショナルが集まって、新しい人間知や生命について考えていこうというグループです。興味ある方は人間知北大で検索してみてください。はい。で私から、今日説明するハイブリッドなんですが、今前の2人が説明してくれたのはどちらかというと個体としての生命を考えるという話だったんですが、これから考えていきたいのは、ハイブリッド。ロボットの猫と実際の猫とか、人間がロボットと実際にインタラクションした場合、その場合なんかちょっとイラッとしたりするじゃないですか。でそれが人と人の場合はイラッとしないし、でもたまにはイラッとするって。で、この時イラッとするっていうのが、実際に同じことなのかどうか。ハイブリッドとして考えていきたいっていうのが、ここで説明することです。で、まず最初に機械と生物間の相互作用の研究の例、研究についてちょっといろいろ紹介していこうかなと思います。で、これ結構古いんですが、ちょっと見つけられなかったんですけど、20年以上前にカオス猫じゃらしっていうのがあってですね、猫じゃらしをカオス理論で動かそう。で、これやると、売ってる時の触れ込みとしては、猫に遊ばせすぎないでください。なぜならもうずっと遊び続けちゃうからっていうようなことで、なんか知らないけど、そのカオスっていう不規則な運動を動かすものが猫を引きつける。ここにはなんかきっとその動きに何かあるんじゃないかっていうことで、いろいろカオスとその人らしさ、人のその生命らしさっていうか生命の動きについていろいろ研究が進むようになりました。で、恐ろしくはないですね。ここに、人工生命機能搭載っていうのがあって、人工生命が搭載されてるっていう、おもちゃです。で、メダカにとっての餌らしさを考えた人もいて、プランクトンが動く動きを解析して、その中に F 分の1揺らぎがあるということで、画面に水槽に画面をくっつけて、ここに白点を表示してですね、この白点を、ある規則に従って動かす。で、その時 F 分の1揺らぎを持ったものと持ってないものの時に、メダカがどう食いつきますかということを計測してみると、やっぱり F 分の1揺らぎを持った白点の方が、メダカが食いつきやすいということも分かってきます。そうするとなんかこの動きに対して生命と生命じゃないものの間の中になんか違いがあるんじゃないかっていうことは考えられます。でですね、今のはただこちらコンピューター側で作ったものを一方向的に生物に見せつけるというものだったんですが、ここで考えているメダカ機械間相互作用っていうのはメダカのリアルタイムの位置をカメラで、計測して、そのメダカのリアルのメダカの位置に応じて仮想的なメダカを動かしている。
これも同じようにディスプレイを、水槽の横につけてやるんだけど、その時のここに仮想的なメダカを実際のリアルのメダカの位置に応じて動かすという実験もあります。でここでですね、これが仮想的なメダカの動きです。これを画面の横にくっつけてやって、リアルなメダカがどう反応するかということを考えた研究です。そうするとですね、これが、リアルなメダカの動きに応じて、このメダカの動きに応じて仮想的メダカをちょっとコントロールしてやるということをやった。で、こっちはこっち側の動きと全く同じ動きをメダカに見せてやる。で、これは最初見てないので、あんまりここは実験とは関係ないんですが、途中で一旦気づく時が来て、なんかメダカいるなって言って、この本当のメダカがですね、水槽側に一回寄ってって、で、なんか見つけるんだけど、こうやってなんかやろうとするんだけど、うまくいかなかったりする。ここにはなんかやっぱりリアルタイムの相互作用に何か意味があるということが考えられます。でこういう実験設定をですね、うまく使えば、群れの中で実際に仮想的なそのメダカの群れの中に、リアルなメダカを入れたときに、その時にどうやって全体、そのメダカが作る社会性のようなものを作ることができるかということを、研究することもできるようになります。でこれはまだまだこういう研究は、いろんな分野で始まってはいるんですが、まだ、始まったばかり。ということができます。で、次にもう一つまた魚の研究の例なんですが、この魚の研究、今度じゃあ実際に魚の群れを計測して、この時の運動ルールっていうのを抽出できないかということを考えます。実際の魚の群れをカメラで撮って位置を計測して、その時の各個体の入力と出力を推定する。例えばこいつだったら、ここに今左にどれぐらいにいますよとかっていうことを各時刻で推定して、その時どう動いたかってことを一生懸命ニューラルネットワークで学習してやると。そうするとですね、出来上がったやつをそれぞれ各個体がニューラルネットワークを搭載して全体的に動かすとどうなるかということをやってみると、実際にこれリアルだと思いますか？それともアーティフィシャルに作ったものだと思いますかね？これ実際、さっきのニューラルネットワークの方法で作ったのがこのやり方。これちょっともう少し見比べた方がいいと思うんで、当然全く同じ動きするわけではなくて、初期値も全然違うし、動く速さもちょっと違うので、全然違う動きになるんですが、全体としてコンピューターで作った群れの動きと、こうやって実際の生物の動きっていうのが、どれぐらい近いのか、何が再現できて、何が再現できていないのかということを比べることによって、それぞれの個体がちゃんとうまく学習できているのかできていないのか、各個体がどういうルールで動いているのかを調べることができるようになります。で、今、生物と機械間の相互作用だったんですが、もう少しちょっと人と人の間の相互作用についてちょっと紹介していきたいと思います。古くはですね、1985年にトラバーセンっていう人が、面白い実験をやったんですが、母親と子供を別々の部屋に入れて、で、実際にハーフミラーって言った何でしたっけ？透けて見える鏡を使って、ちゃんと目線が合うように、作っていく。で、カメラで母親の映像を撮って、それをそのまま赤ちゃんの方に見せる。赤ちゃんは、赤ちゃんの方の動きも実際にカメラで撮って、母親の方のディスプレイに見せる。お互い目が合うように設定になっています。で、この時の、映像同士をですね、リアルタイムにつないでおくと、母親がわーってやると赤ちゃんも喜んでわーって言って、うまくあやすことが、母親をあやして、赤ん坊はそれに対して喜んで対応するんですが、これはある時、ちゃんとうまく赤ちゃんをあやすことができていた時の母親の映像にこっそり切り替えるわけです。赤ちゃんはあまりビデオとかなんとかっていうそういう知識も全くないから、そこがビデオに移し替えられたってことは全く気づかないんだけれども、知識的には知らないんだけれども、赤ちゃんはそのうち画面に興味を持たなかったりとか、その時のアイコンタクトの数がものすごく減ってしまったりだとか、泣き出しちゃったりする。だとすると、母親が画面に映ってるってことは大事なんだけど、で、なおかつ母親がそのあやす振る舞いをしてるんだけども、さっきの魚の実験のようにただプレイバック、録画してたものをただ動かす一方的なインタラクションだと、赤ちゃんはそれに満足できないし、それに気づくことができる。ということを示している。だからリアルタイムのインタラクションっていうのはライブなやり取りが大事で、適切なスタイルと適切なタイミング、やり取りっていうのがあるということがわかります。これは同じように生物にまた戻っちゃいますが、鳩と鳩同士でやった場合に、ちょっとオスのその時の反応が、興奮したりしなかったりということが時間遅れによって違うということが示されてもいます。でですね、これに対して、さっきはプレイバックって一方向的なものだったんですが、ここではもう一度、相互のインタラクションの、話に戻ります。で、
2人簡単なゲーム、最小限のインタラクションでやるんですが、こっちにプレイヤー1、プレイヤー2がいてですね、マウスとその時の感覚刺激を受ける、トゲのようなものがあります。で、これが、プレイヤーのアバターで、アバターが左右、空間上一次元をマウスを動かすことによって左右に動くことができます。なんか物体にぶつかると、その時の刺激がズーって手に入ってくる。こうぶつかってズズってやるんだけれども、その時のタスクとしては、お互いのプレイヤーのアバターを見つけてください。これ当然、この状況は見えないんだけど、その時の運動と触覚だけで相手のアバターを見つけてくださいというタスクです。で、何が難しいかというと、ここに影オブジェクトというのがあって、この人が右に動くと、この人も右に動く。この人が左に動くと左に動く。この中で、こっちも同じなんですが、この中で、この影に騙されることなく、このアバターを見つけられるかという問題です。で、重要なのは客観的に見て、この物体はこの物体と全く同じ動きをするので、その動きそのものからでは区別することができる。なんだけれども、ここのアバターとここのアバターがお互い見つけられますかという問題です。皆さんちょっと考えてもらったらいいんでと思う。そんなの不可能じゃないかと思う人もいるかもしれないけど、これ可能なわけですね。お互いがお互いをアクティブで探すことによって、影オブジェクトに触っているときは、相手は何も感じないので、別なところを探し行っちゃうから、相互作用が成立しないんだけど、相互作用が成立するときだけ、相手を探すことができる。こういうミニマルな運動と知覚の中で相手らしさということを、探す研究も行われています。これですね、我々がちょっとやったのは、じゃあそれだったら実際に相手が人かどうかっていうのは、この仮想空間の中でどうやって考えられるんだろう。ミニマルな運動と知覚の中でどう考えられるんだろうということをやってみました。そうするとですね、実験としてはこれ動画があるんですが、ちょっと飛ばします。10組やると4組ぐらいしかできないんですけども、その4組はどういうふうにやってるかっていうと、最初なんだかわからないので、これプレイヤーの横軸時間で縦軸がプレイヤーの位置。で、この時はそれは触覚刺激を示した。何やってるかわからない時はただダーって適当にランダムに動くような動きをするんだけども、最終的に出来上がったのは相手が止まって自分が触って、自分が止まって相手が触るというようなターンテイク、役割の転換というものがダイナミックに行われていることが分かりました。つまりこのターンテイクを使うことによって情報交換がなされている。でターンテイクをちゃんと評価してやると、タスクがうまくいったペアではそのターンテイクを作り上げているということも分かりました。で、さらにこれをコミュニケーションに使ってやってみようって言ってやってみると、これちょっと説明ちょっと飛ばしますが、ここでも同じようにやっぱりターンテイクが起こるということが分かっています。だからそのロボットとインタラクションしたときになんかうまくいかないなって思うときには、やっぱりターンテイクがうまくいかないと、なんかこのロボットなんか、もっと所詮ロボットだなっていう感じが生まれてしまうんではないかということが分かります。で最後にですね、ちょっと生物が没入できる仮想世界ということでですね、この実際に生物をありえない仮想空間の中に突っ込んだときに、あり得るでもいいんですけど、あり得る仮想空間の中に突っ込んで、脳の活動を計測しながら、その時の反応と運動を調べるという研究が行われています。そうすると、今仮想空間の中で移動してて、その時の頭の中の細胞を調べると、場所細胞がどうなっているかということは、調べることができると。我々も似たようなことやって、視覚映像とその時の運動情報を学習してやると、同じように頭の中に場所細胞のようなものが生まれて、視覚予測が成立するということが分かっている。でこれは、一つ前に話した鈴木さんの行われたことなんですが、ドッペルゲンガー実験といって、360度カメラで撮っておいて、ビデオ視する、HMD を使って外の世界を見ます。で、被験者の人はそれをつけるとこうやって、現実の空間を機械を通して見ることができるんだけど、その時、ある時突然、録画していたものに入れ替える。そうすると、自分が入ってきた時の映像を録画してて、自分はただリアルな世界をビデオシースルーで見てると思ってるんだけれども、いつの間にか録画に書き換えられてて、自分の姿を見る。そうすると、こういう精神疾患を持っているような人たちが、精神疾患を持っていて、こういう体験をしてしまう人たちが、どういう認知状態なのかっていうことを、体験することができるような人が没入できるハイブリッドシステムを作っています。あれね。進まないです。はい。でちょっと今日僕が紹介したかったのは、その生命と機械を融合した、ハイブリッドな研究を行っていくことによって、新しい人工生命の世界を作っていこうという話です。はい。これで終わりにします。ありがとうございました。面白かったです。今、質問は受け付けますか？後でしますかな。Okay, so shall we move on to the last talk? Okay. じゃあ、そうしましょう。
見えますか? Can I see my screen? Can you see my screen? Okay. So thank you. It was very interesting. I think I'm going to talk about a little bit about the hybrid artificial life and also the real world. So far, that's very interesting introduction to the artificial life from the past to the quite recent work. So I'm going to talk about the robots in the real world. So this one is about yes, okay. So I think one of the interesting branch of research in artificial life is creating a robot in the real world. And I think the founder of this line of research is by William Gray Water in UK. And he, back in 1950, he made two interesting but very simple robots called Elma and Elise with two radio tubes, two sensors, and two actuators. And he tried to understand those robots not stay at the same position, but it just, chaotically moving around and playing around with each other. So that was the beginning of how to make a robot which imitates life. And also these machines can learn something. For example, like there is a stimulus, then he tried to remember the stimulus. And after that was 1950, and back in 1990, one of the hero of this field, artificial life, is Professor Rodney Brooks, and he opened up the new paradigm in robots in the real world. So I can show you some of his experiments. Robots are what I do. I like to build robots. I like to program them. To me, a robot is something that's a machine, and it somehow senses the world. And then it computes, thinks about what the sensors tell it, and then it acts in the world. For a number of years, building robots to operate in unstructured environments, we've been building them with three different levels of control. A primitive level where the motors and sensors operate. A skills level where they have basic sort of skills. And then a behavior level which gives them behaviors like, going through a mountain pass, finding some dirt on the floor to clean up, etc. No, you're not to do that. No. Not appropriate. No. We are mechanism. If we are machines, then in principle at least, we should be able to build machines out of other stuff, which are just as alive as we are. So this was, I think it's a very interesting introduction by himself. So how we can make a new kind of living systems using different types of materials, right? Then at the same time, there was another new stream came up from Italy, and then also from Switzerland. The Stefano Nolfi and then Dario Floriano, that they studied called evolutionary robotics. So so Brooks with his he designed how the electric circuit within a robot by hands. Is a carefully designed electric circuit is within the robot.
but by Stefano and Dario, they coded in, for example, like a binary sequences of the connection of the neural network inside the robot, then using a genetic algorithm to evolve them by putting by giving some adequate fitness functions, so that the robot, because of this genetic algorithm, and then artificial Darwinian evolution, that robots can achieve very interesting behavior, we can call autonomously, without human assistance. One of the interesting points is like they invented the robot called Kepler. So the Kepler is a very simple, cheap robot with a circular body, but he can do some psychological experiments like cats. When the cat was brought about without seeing any stripes by moving herself, then she will never understand vertical stripes, which was also reproduced with this experiment with the Kepler. So that's, as I said, not the biologist, but also theoretical physicists, computer scientists can do a psychological experiment if you have this kind of simple small robot. And at the same time, was year 2000 that Hodo Lipson and Jordan Pluck published papers in Nature. This is also another example of evolutionary robots. The Dario and Stefano was mainly interested in the internal structures of a neural network, how it's connected to which one, right? But this Hodo Lipson and Jordan Pluck did how the morphological structure, the shape of the robot can be evolved. So he also, they also simulated in a computer, but at the same time, he can translate those vertical creatures, structures, and shapes into the real world. And that was a very interesting part. For example, like on the left-hand side, you can see the real world realization of the virtual creatures evolved in a computer. On the right-hand side, you can see these vertical creatures, and on the left-hand side, you can see corresponding realizations of those robots in the real world. And then also with Olaf and myself, that we simulated creatures which can making a swarm, organizing swarms in a computer. So first of all, the agent does nothing, but the internal neural network can evolve so that the creatures can get together and make a swarm. So that's how was this simulated. So that's another version of evolutionary robotics, but within a computer. We haven't realized these creatures in the real world yet. And as Keisuke introduced to us in the previous session, previous talk, that Martin and myself did a chemical experiment using oleican hydride in high pH water, so that almost 100 micrometers droplet was organized, self-organized. Then they start to move around by itself. So I thought it was very interesting. So the robot is not only a hard shell robot, but this, what I call robot, is a soft shell robot. And sensors are self-organized also, and then motors are also self-organized. That's a very interesting part of it. So we don't have to put sensors and motors from without, but they are self-organized at the same time. And then there's different types of chemicals that I can create those self-assemblies of the droplets. And as you can see, there's different colors and different shapes has a different movement, which is also interesting. So you don't have to put the parameters to control speed or anything, but they only control by the interaction with others, and then also internal chemical compounds. And again, that as I said, the Olaf's work was not translated into the real world, but the drones that we know you can see everywhere, right? And then this is the
robot, these the self-assembly. It's not self-assembly, by the way. This is the collectives of the drones moving around, and also there is a kilobot. That there's a thousand of simple robots shows collective behaviors, which is also very interesting. And then they call it collective artificial intelligence. And then also the EPAC, which was initially started by Stefano Nolfi and then Dario Florano. There's many numbers of the, Kepler is now making a collective and moving around, making self-organizing self-assemblies. So at this point, I think one of the big concern to me is, well, science is, people say science or war, right? But as you see, those drones and many, Keplers and even kilobots, once they are making a collective, we feel like very fair, right? We are afraid of, these autonomous robots may, start to attack us, or maybe sometimes those drones are killing people, right? So I think the people have been very much worried about this, and one of the institute called the Future of Life Institute in the United States, they proposed Ashiroma AI principles. They all care about not only the intelligence, but care about autonomy of the robots. So I pick up some of the interesting claims in the Ashiroma AI principles that they say autonomous systems, we do have to be very much careful about this, because they can autonomously, decide on when to attack us, right? So that's why the AI ethical problems came up. So as Mizuki said, what's the difference between AI and artificial life? That people say whether that's the automation or autonomy. So why the people think it's autonomy is dangerous, because they don't care about us, because they can decide everything by themselves. So that's the issue we have to think about. But again, there's a third direction, as we see, like not only science or war, but we also have art. The art can help science not to go to the wrong directions, which is war, but maybe we can direct the direction of science towards the original interesting theme. So when we made a humanoid robot called Orta 3 since 2016, this robot basically does nothing, right? They cannot attack people. They cannot attack, they cannot keep something, but they just, imitate people, and they try to develop himself. Well, of course, there's a worry that one day that he can come to have a free will and do something, but at this moment, we don't know this. But this author was used by Keiichiro Shibuya, the artist. He did an opera called Scary Beauty in 2018, where we hosted Artificial Life Conference. And then also there's a artist group called Kodact. They invented Niloid, the big, creature-like robots. That's nothing, but they just move around very much violently. That's so that the people feel like there's the big monster is in front of him, but actually he does nothing. But the fairness brought about by this machine is the major aspect of living systems also. So I think that's a quite interesting example of artificial life. And also, as many of you may notice this, that Theo Jansen, the physicist in Netherlands, he started to make artificial life creature by using PET bottles and using wind as an engine, as an fuel. So the strand beast is moving around on the beach of Netherlands, and he will never kill people, or he never start war, but just coexist with people as a new kind of living system.
So I still think that, the interesting point is that in the field of self-organization or orthopoiesis of artificial life or consciousness research, what we are doing and what we're going to do is, I think it's to understand what is life, what life is after all, right? So that's a big message from studying robots. We're not, trying to make killing machines, but making a robot in the field of artificial life to understand what life is. And that's, I think, it's a big message. So when I invited Rodney Brooks in 2018 Artificial Life Conference, the message, the question I asked him was, what is Brooks' juice? Because the Brooks says, no, many of his interesting robots never become life at all, right? And then he said, we need the final drop of something to make a robot into living systems. So the mission of artificial life is searching for what is Brooks' juice. And we still don't know the answer yet, but that's a very much proper scientific questions. So in order to maybe those the Brooks juice can be deep learning, or maybe interacting with human, or maybe some other things that we are still seeking for this juice. Thank you very much. Okay, so we can you see? Yes. So if we still have questions, have time, then we can take questions on the slide. So we still have 4 minutes. It's very short, but we can start some small conversation by ourselves. So I think AI is represented by deep learning right now, and then artificial life is also as a big advantages by using deep learning, right? And so as I said in my talk, that the question is what is Brooks' juice, and then what's the direction of artificial life, not as a Earth, but as a science, the field area of science, I think. So I just want to know opinions about that. 日本語でももちろん、ディープラーニングが A-Life も助けてると思うんですけども、どういう方向で A-Life を成長させるかとか、あるいはそのアートっていうのは戦争に行かないためのもちろん一つのエクスキューズでもありますが、サイエンスとしても生命とは何かを考える非常に面白い材料だと思ってもちろんやっています。ですので、そのことについてはなんか一人ずつ意見をもらってもいいですかね。So, can I have your opinions about this? Within each one has like 1 minute or something. Okay. So, can we start? Olaf, can you start? Yeah. Well, I don't know, for recommendation, maybe for reading, it's it's very vast. I think reading in science fiction actually helps. Something like Permutation City is actually opening your mind to different ideas. Or I think maybe Life 3.0, since you talked about the Future of Life Institute by Max Tegmark. He wrote this book, A-Life 3.0. It's very dreamy, but I think it refers to a lot of concepts from A-Life. So it's pretty exciting. Okay, good. So, Keisuke, you have any comments on this? 池上さんが言ったそのディープラーニングをどう人工生命つなげていくかって話なんですけど、はい。確かになんか今のディープラーニングって基本的に最適化が多くてゴールが人間が決めてっていうところを人工生命がどう変えていくかみたいな、その自律的なシステムを作るっていう意味で、そこで逆にディープラーニングの方にも A-Life からコントリビューションがあるんじゃないかなっていう気がしているんで、そういう方向でなんかできればいいなっていう。素晴らしいです。じゃあ、飯塚さん、何かありました？僕も大体似たようなものですけど、でももう少しそのディープラーニングが発展してきたので、
普通にやっぱり脳の分かる道具としてのディープラーニングの使い方はまだまだ役に立つところがあるんだとは思うんですよ。なんか今いろいろ作ってる人もいますけど。でも最終的にこの問題になってくるのはやっぱり生命の問題とかエージェンシーの問題が、人工知能に乗っているのかっていうことを考えると、おそらくそこで、壁にぶつかったときに、人工生命の研究とかが、なんか一つ、やっぱ事故について考え直す必要があるんじゃないかっていうことになるんではないかと思ってます。ありがとうございます。そういうわけで、ALIFEっていうのは、古くて、でも新しい分野で、生命とは何かっていうのを、今こそ、ディープラーニングを使い、新しいマシンを使い、解明するときに差し掛かっていると思います。なので、ぜひ、いろんな人がこの分野に参入してもらってですね、この分野を、非常に大きく発展させていただけたらと思います。じゃあ、最初のセッション終わります。ありがとうございます。はい。池上さん、磯勝さん、鈴木さん、ウィトフスクさん、どうもありがとうございます。では、続きまして、朝のトークセッションのオープンエンデですに行きたいと思います。それは30分からですので、5分ぐらい皆さん休憩をとって、で、その時に、クロスラブスの、リーサ・ソロスさんと、ソニー CSL のラナ・シナパイアンさんと、クロスラブスのオラブ・ウィトフスクさん、そして、モデレーター私の、アランヤ・クラウスで、オープンエンデの性についてお話しします。それは5分後で始めますので、そこまでに皆さんぜひご覧ください。OK?
では皆さん、これから、人工生命研究会のワークショップ001を、続けます。これからは、モーニングトークセッション、オープンエンデッド性。で、このセッションは英語で行いますので、これから英語で話しさせていただきます。質問とコメントがある方は、SIG-ALIFEとこの QR コード、あるいは、YouTube チャットを使ってください。So I would like to invite for our session, Olaf from CrossLabs, Lana Sinapayan from Sony Computer Science Laboratory, and Lisa from CrossLabs. Hello, everyone. How are you? Hi, Klaus. How are you? Hi. Okay. Hello. Lisa, it's very nice to have all of you. So in this session, we are going to talk about open-endedness in many other sessions. How this session will happen is that first we'll have a brief opening statement from each of you of up to 5 minutes. And then we're going to have some talks between ourselves. And finally, after that, we're going to ask questions from the audience. So questions from the audience, if you are watching this on YouTube, you can submit the questions on chat, or you can submit questions on Slido. In the chat, there will be a link for the Slido if you want to submit questions there. So without further ado, I would like to first call on Lisa Soros from CrossLabs to give your opening talk or your opening statement on open-endedness. Sure. So this might be a little bit short, so my apologies. But so I'm Lisa Soros. I'm a postdoc at CrossLabs since last year. And before that, I was a postdoc at the NYU Game Innovation Lab. So you'll kind of see that in a lot of the things I think I'm interested in. And along with Olaf and Lana, I'm also on the board of directors for the International Society for Artificial Life. But my research basically focuses on open-ended evolution in virtual worlds. So we can look at open-ended evolution, not just open-endedness, but open-ended evolution in artificial life. So that can be worlds where you have a lot of little creatures running around and interacting with each other, but also open-endedness in video game worlds. So that could be things like Minecraft, SimCity, Roller Coaster Tycoon, anything where there's a lot of sort of creativity that you can have mechanics or game players expressing in their games. So open-endedness to me is, I guess, the continual process of innovation. So can we come up with new things? Can we come up with new kinds of things? And can we come up with new kinds of things that are both creative and increasingly complex? Maybe that part we're not really too sure if that's the most important part or not. But to me, I still find that kind of interesting. So I focus in particular on the evolution side of it. So you can have things that are open-ended and creative, but not necessarily requiring evolution. But I'm very interested in evolution and this idea that you can have things like biology on Earth, basically, where we have some set of things that reproduce. They might reproduce with variation. They might become more complex as they reproduce, things like that. So I guess the main point that I want to make sure is sort of known is that there's a difference between ways we can think about evolution in terms of survival of the fittest or survival of the fit enough. And I think that last part, survival of the fit enough, is really, really important for open-ended evolution and making sure we don't get processes that, I guess, converge or just only do one thing, or it's not always about optimization and being the best, but a lot of times just doing sort of good enough might give you enough flexibility to do the really fun things that make evolution or open-endedness really interesting. All right. Thank you very much for your opening statement, Lisa. And next, I would like to ask Lana Sinapayan from Sony CSL to give her opening statement about open-endedness. Lana, it's with you. Okay, so I'm sharing my screen. I hope you can see. Oh, that's my screen. How about now? Now it's so fine. Okay, so I'm Lana. I work at Sony Computer Science Labs in Kyoto. And my research is a bit all over the place, but basically it's these topics. I do AI with the flavor of ALIFE. I'm interested in everything that is unconventional intelligences, for example, bacteria or plants. You can maybe see behind me, there is this mimosa plant that I think has some form of intelligence. I do a lot of research on artificial perception.
trying to reproduce perceptual flows in machines. And I'm also very interested in civil automata. So I only have one slide, this slide. Basically, what I tried to do here is to find the harshest possible criteria for open-ended evolution. So there is a lot of research that will be very interesting and not meet these conditions. But if you could meet these conditions, I think I would have no choice but accept that you have made open-ended evolution. The first one is that open-ended evolution is not about evolving forever, but being interesting for a reasonable amount of time. So for me, even if it's not forever, if it's a long enough time, I would be satisfied. Second condition is you must start from reasonably far. What I mean by that is if you start with a simulated world that is extremely complex from the beginning and you have small human beings doing stuff, and then you say I have open-ended evolution, that's not very interesting to me. The third criteria is evolution must invent other evolutions. For example, cultural evolution, or we also know that the immune system has a form of evolution baked into it. Like if your T cells are very effective, those that are not effective will die, and those that are very effective will basically, your body will make more of them. So if your simulation can invent other types of evolution, that's very impressive. And the last one is, I think, a really good open-ended evolution simulation must invent learning, basically. So evolution is already a kind of adaptation, but it's an adaptation on the scale of generations. And I would like to see the simulation also invent adaptation on the lifespan of one agent. That's all. Thank you very much, Lana. And finally, I would like to invite Olaf from CrossLabs to give his opening statement about open-ended evolution. Sorry about that. There was a ringing in the room, so I had to mute myself. Yeah, so I'm showing just a video as an illustration. It's by Slackermans from Twitter to show a slightly open-ended pattern, and that's the kind of pattern I'm interested in general. So I already talked a little bit about open-endedness earlier, so I can be rather short. I agree with what Lisa and Lana said about deep learning is a way in which we push things to converge nowadays, and actually in open-endedness we want things not to converge, which is kind of the surprising bit. And for sure we don't want that to be forever. We don't need that, as long as things are open-ended in a scalable way, so that if you make the system larger, it becomes scalably more interesting. And I think there are so many techniques that try to achieve real open-endedness, but they are not doing it yet. So I would be lying if if I was naming a set of open-ended techniques, because those are just on their way. They are just shooting for this open-ended goal. But I think we are not quite there yet, which makes it a very exciting topic. And since I'm showing this video, this represents for me what Alife is. So we are trying to represent in the very simple box laws of fictitious physics, the world as it could be, and where Alife or living systems emerge as a parasite of those laws of physics. So if we understand how those parasites glide on those laws of local physics, we may understand how that works in general and extract those principles maybe of signals or information patterns, recognizing which paradigms are really underlying there that would constitute the quote-unquote maybe laws of life, which are to me
the laws of open-endedness. So if we can apply that, that would be most interesting to me. If we can have, I guess, machine learning not converge instead of converging, we'll get very creative, I think, kinds of technologies that would be very exciting in their applications, but also in pure scientific interest as well. Thank you very much. Thank you very much, Olaf, Lisa, Lana, for your opening statements. And now we are going to go to the second part of our discussion, where we have I will put some questions for us to discuss, and also the four of you can also put questions to each other. Before we begin, I just want to remind the audience that you can ask us questions. So you can ask us questions by writing them on the YouTube live chat that should be showing up to your right, or you can share them on the Slido. There is a link to the Slido on the description for YouTube, and I think that the Alife-Japan account will also share a link. So very soon. Okay, so I would like to open this because to put a little bit together what Lana and Lisa were doing. So Lisa was saying that she wants to study open-endedness in the realm of video games like Minecraft and SimCity, etc. And Lana was talking about the conditions for open-endedness. And one thing I was thinking about is like, so what about the limits of, can the limits for the video games serve as like the rules that the video games have to serve, the mechanics, can they enable or limit the development of open-endedness? So what do you think about this, Lisa? Sure, absolutely. I mean, some of the questions that I know I've looked at in some work that is not published yet, but fingers crossed, is if things like resource limitations in games can make the gameplay more open-ended or not, which is something that we would then look at like in artificial life research as an actual research question, right? Can I have one question for you, Lisa, too, actually? Because I really like that you said survival of the fit enough. I think it's very important, and we don't hear about it a lot. And I was wondering if you could expand on that. Sure. So my dissertation work was with an artificial life world that we made called Chromaria, where we were trying to test some hypotheses about kind of what you were more interested in, which is what's necessary for open-ended evolution. Not the specific framework that you proposed, a different one, but that was kind of the point, was to make this world where anything that did something, and like the something is very complicated, and people feel free to bother me about that later if you're interested, but it's like, okay, can you match, like, you're a certain color, can you match like the colors around you to a certain degree? And like that percentage and how strict it was, like, do you have to match very exactly, or can you just match a little bit? And like, what kind of dynamics do you get if everything is like varying degrees of just good enough ends up having really profound impacts on like how much the evolution converges, how fast the evolution goes, and stuff like that. And I just think that like if we look at the real world, like none of us are perfect. Like there are so many things that are just very imperfect in what evolution does. And a lot of times those idiosyncrasies that we get and those things that are not perfect end up being the things that are really cool. And that might even end up enabling like further evolution and allowing evolution to branch and not converge and things like that. It's these happy accidents that evolution finds that are the stuff that makes like open-endedness really possible. That's really cool. I really like the idea of happy accidents. I would like to push a little bit on that. Maybe Lana or Olaf could talk about any like happy accidents that you saw, or like either on research or on biology that you find it really interesting to talk about. I think Olaf will have more examples. I just have a funny story. When I was in university, I didn't know about Alife at all, but one of my professors was doing Alife research, and one morning he showed up in class and said, sorry, I'm late. I was running a simulation of a spider, and because of an error in my code, the spider actually walked off the screen. And that was my first contact with Alife, and I thought that was so cool. What about you, Ella? Do you have any spiders going off your screen as well?
I think, I think there are two approaches in A-Life and in science in general, right? So either you are designing something in your head and you're trying to demonstrate that theorem, or you're trying to make that work, which is the engineering process. And then there is the discovering process, I guess, like very creative, just letting things happen and then being letting yourself be surprised by what is happening on the screen or in the tube. I think both are very important. The second one is perhaps less regarded as very highly in science. It's like, oh no, but you just got this by accident. This is not very valuable. But actually, this is how a lot of great discoveries have been made. And I think serendipity should be considered, like those accidents should be considered very seriously. If I could just say a word about something that Lisa said about branching off, like having different things happen. I think there is a very difficult problem when you try to obtain this, which is, so you have, say, a minimal criterion for survival, so that agents above this criterion can just stay there and continue evolving and maybe become interesting. And I think the hard question is, what is the minimal criterion? You know, survival of the good enough. Where do you put the good enough so that agents can branch over this? That's a very good question. One thing that I want to spring from that question is, when you watch the minimal condition, what are the minimal conditions on, for instance, the environment that are necessary for us to observe? Because we talked a little bit about rules, like there are rules for video games, there are rules for the world. I know that Olaf does some simulations that are very, very minimal. So what would be the minimal environment that we needed to have something open? What's the lower bound for open-endedness? I think that's a question of motivation, really. Oh, because okay. if you're very motivated, you should start with something extremely minimal and have a big bang, and then the planets evolve and stuff like that. But what we do, because we don't have that much time, and maybe we want to see a result and see if we're on the right track. So we put the bar a little bit higher and put more stuff into the simulated world in hopes that that gives it a push. But really, I think there is no minimum criterion. You can go as low as you want. There is no guarantee that you will succeed, but it does make your simulation more interesting. Lisa, I guess, yeah, in terms of, I was thinking about, you were asking for this biological example, and this made me think of the finches and munias, so the birds that were domesticated here in Japan. And those are studied in the evolution of language, because somehow selecting for their niceness, the color of their feathers and so on, has somehow stopped selecting them for the survival. And this switch has actually so there's this hypothesis in the evolution of language that this has relaxed the selection pressure and allowed them to be more diverse in terms of other things. So they became very creative in terms of producing interesting grammar. And I really like this example. Somehow relaxing something produces this diversity that we need to be creative. So this balance, I think, between this selection and drive versus this diversity and creativity is what we're really looking for, and that's what this is making me think of. This is, I really like this example because it's completely the opposite of what we were talking about. We are saying that maybe humans try to optimize for something, like we have this stimulation and we optimize for this goal, and we shouldn't be doing that. And in your example, nature was optimizing for something, and then humans said, no, not this. And so it became more creative.
Yeah, I think this idea of almost like goal switching in nature is really interesting too. I know in some previous conversations we've talked about this idea of acceptation, and what that is something becoming useful for a purpose other than the purpose it was designed for, insofar as anything is designed for anything. But one example from biology is like bird feathers, which are used primarily for insulation, but then turned out to be really useful for flying, which is now what birds kind of primarily do. But that kind of gets it back at a question we had a couple minutes ago about like, what do we want to put in our simulations? Do we want to say, well, we're going to focus on biology and we're going to assume that we already have like individuals and agents and this world that they're in, or is chemistry the right place to look, or physics, or like how much can we assume about the world? How much of it can we abstract away? Like it's a pretty big open question, I think. I would like to move, since we're talking about open questions and we're talking about previous, I know that there is like an open-endedness challenge. Can you talk a little bit about it? Was it the one in Minecraft? I don't know. That it was before the one in Minecraft. I think it was like not the one in Minecraft, like a more general one. It was here, like in my notes. But the one in Minecraft was super interesting. So if you could. So maybe you want to talk a little bit about the one in Minecraft. Sure. Okay. I mean, maybe I can just talk about that one since I was one of the judges for that. But I think the three of you were judges. Oh, Lana was too. Sorry, I'm sorry, Lana. I didn't mean to exclude you from that. I forgot. But you can begin, Lisa. Go ahead. How was your experience with the open-endedness challenge in Minecraft? Okay, so the goal with this was basically that Minecraft is this game where we would consider it to be sort of open-ended because there aren't really goals. So maybe it's a good environment for testing out algorithms for open-endedness. And what I found interesting was the person who ended up winning it did some things with like how can we evolve circuitry and how can we evolve things that do interesting things in the world. So if you haven't played Minecraft, there's this idea that there's blocks and then you can somehow connect the blocks with this like circuit wiring kind of, and that makes pistons and it makes things move and it makes these machines that can interact with each other. And I just thought that was super, super interesting. I think it's a little bit different from the goals that we're talking about for open-endedness, but I really like that intersection of artificial life in games myself. So maybe I'm a little biased towards that. What do you think about that submission was so first it gave us something to judge. There were figures and they were like, oh, my submission is good because this, and you could actually see a number to judge it. But also it had something that I didn't see really in other submissions, which was modularity. I think it's a very important thing for open-endedness, in anything, not only evolution. For example, if you take cooking, when I make some eggs in the morning, everything I use comes from far away, from a very complex process, but I don't pay attention because I just have the module and I just have to learn how to use it. And maybe I can use this module to make something more complex and more complex. And I think that's really, really one of the most important elements in open-ended evolution. What about you, Olaf? How was your experience judging the Minecraft competition? So I wasn't a judge on that competition, but I've seen the results, yeah, which are really nice. I think there is some interesting subjectiveness in judging, which I find really interesting. So when you look at those open-ended worlds, there is something that you will capture and someone else might not capture the same thing. So when you discuss those with others, you notice that you don't consider something creative in the same way someone else does. So we're not interested by the same video games. We're not interested by the same kinds of science. Maybe I think that is the most interesting thing for me in that. But subjectivity, that's a good topic because it's also a source for diversity, right? If we all have different criterion, then we all select for something different. Do you think we could have subjective laws of physics or something like that in a simulation? Interesting. We could actually create a feedback loop on the world and adapt the physics law
and somehow live. Maybe by the way each of us predicts how a situation would evolve, and you can make it reactive to that. I haven't thought about that case in particular, but that would be very exciting. Right, because one of the problems with simulation that we have is that there is often one or two goals, and because the laws of physics are the same for everyone, basically there usually is a best way to solve the task. Maybe some subjectivity would prevent this early convergence. I would also be very interested in reading a book or seeing a movie where in this world, the laws of physics are subjective. Like you have that gravity, I have another gravity. That's very interesting. Is that subjective, or is that like individual laws of physics, like they are local and different for each person? I'm not sure if there is a difference. I mean, normally you said subjective for agents, and the laws of physics aren't agents. So maybe that's not the right word. Yeah, no, I was just wondering like if there was a difference. But okay, I would like to bring some questions from the audience. We have 2 questions that were submitted. So the first one is from Tanner Lund, and he asked, can you think of some ways to make happy accidents more likely? Going back to the idea of happy accidents in nature, happy accident simulation. So how can we make a fertile ground for happy accidents? Yeah, I guess it kind of depends what your goal is. Is your goal more engineering-like? Because then we can do something like novelty search. If you want to just talk about let's make an algorithm that makes it more likely to find these things, which mostly means relaxing your goals and not having as many. I think the more interesting and harder problem is how do you make a virtual world where you're likely to find something that's going to be surprising in the same way? So it's how do you set up your domain to find these things independent of the search algorithm? And I'm not sure yet. I think maybe exaptation might be a way to exploit these happy accidents. If you have a world where you have so many ways to interact with the world that when you evolve a property for a specific goal, it might be useful for a different goal just because there are so many things to interact with. Yeah, I think this interaction is very important, isn't it? The sort of it made me think of. So apart from the engineering, the pure engineering, you could even design that in an engineering kind of setup. But some kind of communication, I was thinking, would be the right way to introduce this kind of interesting, what is it? I guess creativity-inducing noise. So if you have any kind of communication, sorry? Do you mean like a telephone game? Basically a telephone game. So I'm thinking if anyone in the game has any of the agents participating in solving the problem have to use language to solve it, somehow to establish a protocol that is evolving. They will misunderstand each other part of the time at least. And that will allow for this kind of cultural layer on top that keeps you moving, which is actually how some evolutionary algorithms with the cultural layer work. So I find those very interesting for that reason. So I think there is such thing as I think Daniel Polanyi calls it constructive misunderstanding. I think that there's real value in there. All right, thank you, everyone. And there's another question from the audience. So the second question is, I'd like to ask your opinion for Ikegami-san's statement at the end of the last about the 3 directions for ALIFE: war, science, and art. So Olaf, do you want to begin answering that one? What was the first something, science and art? I will the question on the screen. Give me a second. So his statement was about the 3 directions
of artificial life. So war, science, and art. And yeah, it's an interesting way to phrase that. The way I see it, they are all intrinsic somehow to human society. War maybe in the larger sense of competition and economics. So those kind of dynamics. Science in the pursuit of knowledge about ourselves. And art is this maybe creative bit. Maybe that's the open-ended part. I kind of wonder if it's missing something about just play, and if that is different, or if that's part of science, or if that's part of art, maybe, I don't know, or if that's something different. But that seems like something that is a bit important to a lot of us that do ALIFE research as well. To me, it looks like you could rephrase it as competition, collaboration, and a wild card. War is competition, science is more like collaboration, although there is also a lot of competition in it. And art is more this happy accident thing. You don't know you don't know what this person is going to do. They could discover something completely independently of the other ones. All right. Any more opinions on this? Okay, Others, you can take the question off. If anyone else in the audience has questions, you can send up on the link that you can see on the screen right now. You can click it on chat as well. And while we wait, we just got another one. So the question that we got is from an anonymous author. And the question is, I think Stuart Kaufman acquired in terms of adjacent possible that evolution cannot be described by deterministic dynamical systems, open-ended evolution as well. So do you agree about that? I agree, I think. I don't think you can get something like open-ended evolution with a completely deterministic system. Even in this world, we have a kind of enforced randomness through mutations. I would say oh, sorry. Go ahead. I was going to say I would probably agree at least with the part about the systems being deterministic. As far as them being dynamical, I'm not sure so much whether I agree or disagree, but yep. Yeah, I was just going to say the same. Maybe there is a counter. I was going to say, if everyone agrees, maybe there is a counter example, and I will be like giving the counter example. Bert Chan's linear, I think it's pretty deterministic, and it has so many interesting features and creatures, moving around and interacting. Yeah, exactly. So there is a confusion sometimes that I see that the system should be infinitely creative and creative forever. And I think Lana said that in her opening statement that maybe that's a bit pushing it too far. I think it's enough to have a scalably open-ended system. So if you make it larger, it will, or have it run longer, then it will be enough for it to create new patterns and surprising ones. And I think the infinity of it is not required. So for I guess there are two parts also in the question. There's evolution, open-ended evolution. Maybe I could even say that maybe there are no deterministic dynamical systems. Even when you run a simulation in your computer, there could always have something happening, like a bit that flips or an error or something. I wonder, though, Lana, if if we're talking non-deterministic, if we're not confusing it with complex, wouldn't the randomness in your computer still be quite deterministic? Randomness is stochastic, right? It's not deterministic. But in a simulation, it's done by deterministic functions. Yeah, but
I wouldn't call that randomness complexity. For me, randomness is not complexity. Mm-hmm. All right. Okay, we got a new question here. I will put it on the Slack channel. Oops. So what is the usefulness of pressures? For example, pressure to survive or pressure to cooperate for open-endedness evolution or open-endedness, or better, just let the system evolve freely without pressure. So the question here is about pressure. Is pressure needed for open-endedness? That addresses nicely what Lena just said. I think a random system is not open-ended, and it's just like producing noise is not getting me this property. Although it's perhaps a necessary condition. You need to have a source of information for your system, but that's definitely not enough. And maybe the example of finches, the birds that I gave earlier, is addressing some of that. So you would require the constraint at first, so that you can balance it with the relaxation to be creative. But if you have only one or the other, I think that doesn't quite work. Yeah, I think a lot of times, depending on what sort of space you're in, there's just a lot of junk, and we don't care about the junk, right? So to take that away from biology, and again, to go back to this, like some experiments we've done with like Chromaria, this artificial life world, if there's not even a minimal criterion, let alone like pressure to like adapt in some way that optimizes, like you just have these creatures like running into walls, doing absolutely nothing, like, because there's just a lot of things that just do nothing in the space of like whatever genotype space you're in. So I guess if you somehow could construct like this perfect environment where everything's really interesting, maybe you don't need strong pressures, but then I'm not really sure what you're sort of studying to begin with or how to do that. I would say that pressure is necessary to create innovation. And even more than that, I think limits are necessary to create evolutionary pressure. So as Lisa said, imagine a world where not doing anything is fine and you still, there is no penalty for just being there and doing nothing. Then you're just there and you do nothing. There is no reason to evolve. There is nothing to push you to innovate. But if you have a limit, for example, you're born as a terrestrial agent and there is some water and you cannot go into the water, just having these limits creates an evolutionary pressure for the agents to, because the agents that are able to swim, for example, if they happen to go near to the water and realize that they can swim, they will be selected for. Without this limit, there is no selection for anything. Mm-hmm. Yeah, you can have, I think, even internal selective pressures also are sufficient, right? So you could have, you could have any population that has, for example, competitive dynamics emerging within itself because maybe of, even if they're just replicators, at some point you expect them to be selected for something. If you have any kind of symmetry breaking within the system, that might be sufficient. But if you have none of that, everything is kept symmetric, then I think it's pretty safe bet that you won't get any of this open-endedness. I would even add that nature just likes eventing pressure. Like if you have, if you take the example of the birds, there are a lot of birds that are very, very beautiful, and there is no selection pressure just from. The pressure actually comes from the fact that randomly the females prefer some kind of pattern on the males. And this pressure is not necessary. There is a book that really explains this well called The Evolution of Beauty that shows that feedback loops just appear even if there is no reason for it. And when a female decides, oh yeah, I like red, well, all the guys that don't have red, they don't reproduce. And so the guy that has red
prospers. So even when even when the pressure is not that useful, still it can have a very strong effect. All right. So we don't have any questions on right now. So I'd like to go back to maybe the idea of creativity. So you were mentioning, like Lisa was saying, that like nature can be creative, but what about creativity in the agents themselves? So what can we see this already in some of the works, or do we know what would be necessary to have like agents that are creative? What do you think about that? I feel like there's this whole research field of things like computational creativity that I am just not going to do justice by saying anything about it. Oh my God. So during the talk where we guys were talking about like randomness and like the different requirements for open-endedness, I think we kind of talked a little bit of many different systems, like very simple systems and very complex systems, environments. Is there any sort of like structure to this study of open-endedness that we can, I don't know, because when we're talking, for example, in the game of life or other sorts of cell automata, we have like level 1, level 2, level 3, level 4, like complete chaos or complete randomness, complete period. Do you have some sort of like theoretical description of not quite open-endedness, but maybe half towards open-endedness that can help if someone is studying in this area? Maybe I can talk about complexity, because I did a lot of work on measuring complexity. So I think there is often a lot of confusion about what is complex and what is not. For example, randomness might seem complex to some people because you can't predict it, and so it feels like it's complicated. But you can describe randomness very easily through, say, a simple function. And so the computational complexity of randomness is not that high. And on the other hand, there is everything that is completely predictable, like periodic stuff or completely deterministic systems. We already feel like this is not complexity. And everything that is a mix of the two has a higher level of complexity of either one or the other. So some deterministic components, some periodicity, and some stochastic elements. For me, that's really the most complexity that you can get. And I think that it's linked to, there is a very strong link with open-endedness, because if you have, it's hard to imagine life evolving in a world that is completely random, for example. And it's hard to imagine something interesting evolving in an environment where everything is always the same. Yeah, I think my favorite measurements or ideas that I've seen about this is like, some people have tried to come up with specific measures of open-endedness, like activity statistics, for instance, which I don't like because they're focused on adaptation, and that maybe that's not the full story, but that's okay. But I would point people towards an article by Emily Dolson and a few other people called "What's Holding Evolution Back from Open-Endedness," where the question gets flipped from what is open-ended evolution to like what is not open-ended evolution, and they define a number of these like barriers. And the question is like, well, can we at least recognize if something is not open-ended, even if it's hard to like tell for sure if we know when we see it. Right. Thank you very much, Lisa, Lana, and Olaf. And we actually have so let's see here. We are almost running out of time. We got one last question, and
I think that this is a very good question to close this session. So I will put this question and I'll get a comment from each of you, and then we are going to finish our discussion today. So open-endedness is not achieved yet. So how can we get the complexity of the real world to achieve open-endedness? So what is missing? The question here is, what is missing for us to achieve open-endedness in our artificial systems? I disagree with the question. Okay, go for The it. question says, I think that we need the complexity of the real world for such things. I think it's a bit of a defeating statement because it makes it seem like we can't really obtain that in a simulated environment. But I think that simulated environment free us from a lot of constraints, and on the opposite, it really stimulates creativity. I don't think we necessarily need the complexity of the real world. Okay, very good. Olaf, what is your take on this? Yeah, I think, well, yeah, in engineering terms, we already talked about constraints being helpful, and I think there is part of that answers this question. But I think in artificial systems, there are different things that we don't understand yet about the emergence of goals within entities. So those living entities, we can just point at them and this looks like it's a living entity, and there is no actual mathematical unique definition of living entities, which is very interesting per se. And I think once we understand better what goals are in a mathematical way, and why those entities seem to also be seeking knowledge or information, right? Like they are very information hungry in those. We need to understand why that happens. We actually don't know. So this kind of subjectivity, this seeking information, this goal formation, I think those are things that if we understand better, I think that will lead us to next steps in open-endedness. All right. Thank you very much, Olaf. And Lisa, what is your final take? Sure. So I think that, again, open-ended evolution doesn't mean forever. It can mean something really cool happening on a smaller time scale. If we look at things like viruses and RNA world and stuff like that, we might even see a lot of these features we're interested in much simpler systems. So I also would disagree and say that we don't need all of the complexity of like the entire world, probably just some parts that are important. But that does invite us to think about just, what parts of life are important, how could life be different, and it's an opportunity for imagination. All right. So thank you very much, Lisa. Thank you very much, Lana. And thank you very much, Olaf. And this is the end of our discussion on open-endedness. Thank you for the audience for all the questions. And I will see you in the afternoon. So can you show the... Okay. では皆さん、これで、朝のディスカッション、オープンエンデッド性については終わりました。では、これから、ランチ休憩になります。12時15分から、14時までは、休憩で、その間に、人工生命研究会の、ウェブページをビジットして、あと、レモっていうソーシャルスペースで、今、開いてます。レモにログインすると、研究会の参加者、それとも、他の見てる人たちの、ディスカッションとかできますので、ぜひ、レモを試してみてください。では、皆さん、これから、14時に、午後2時から、エージェンシーについてのトークセッションをやります。そこまで、じゃあ、今しばらく、ありがとうございました。
皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。これから、人工生命研究会のワークショップ001を再開します。朝のセッションはいかがでしたか？では、午後から、これからアフタヌーントークセッション、ダイアログセッション、エージェンシーについてを始めたいと思います。エージェンシーのダイアログセッションの中では、東京大学の増森敦さん、北海道大学の鈴木圭介さん、名古屋大学の鈴木玲二さん、そして、このセッションのモデレーター、北海道大学の飯塚博之さんがいます。ちなみに、このセッションは、前のセッションと同じように、質問やコメントがある方は、スリードを使ってください。スリードのリンクは YouTube のチャットに、います。では、飯塚さん、よろしくお願いします。はい、それでは始めたいと思います。このセッションではエージェンシーって言って、よくわかんないと思うんですが、エージェンシーっていうと、簡単に言うと主体である感じとか、その個体である感じっていうのを、一人称的にそれ自分が主体であるっていうことと、相手がその主体を持って主体なんだという三人称的な観点からあると思うんですが、そもそもエージェンシーって何を議論したらいいか難しいところなので、まず3人の発表者の方に、簡単にエージェンシーの考え方について説明してもらって、それを足がかりに、議論を始めたいと思います。ですね。じゃあ、まず最初は、鈴木玲二さん、お願いします。はい。聞こえてますでしょうか？はい、大丈夫です。はい。スライドありがとうございます。では最初に名古屋大学の鈴木と申します。私は、いわゆる進化のモデルを使って、いろいろな適応行動とか、あと、形態とかいろんなものの進化のモデルをやっています。で、その点から、適応進化の観点からエージェンシーということについて、少しお話ししたいと思います。それで、ちょっと待ってくださいね。はい。それで、いろいろなものの進化モデルを扱っているんですが、その中の、取り組みとして、工事の認知機能をスクラッチから進化させたいという気持ちがあります。で、直接、エージェンシーではないかもしれないんですが、自己主体感というものが、外界に対する認知を基盤にして生まれてくるとすれば、心的な表彰、つまり外の世界を内部で表現するということの進化というものを理解することが大事じゃないかというふうに考えます。で、これに関しては、心的な表彰は、学習能力の学習の進化によってもたらされるっていうような、考え方を僕たちは持っていて、これは今、僕たちの研究グループはしばらく前に卒業して、今、信州大で助教されているソルビ・アーノルドさんの基本的な考え方なんですけれども、2つのレベルの認知のシステムと環境との間の対応というもので考えたいというふうに思っています。ちょっと説明しますと、これが概念図ですけれども、これ今認識されるべき環境の状態というのがちょっとどっかで見たような風景として描かれていると。で、いろんなオブジェクトがあると。で、これが入力になって、で、ここで認知する仕組みがあるわけですけど、実際認知するってうまくいけば、このような、ちゃんとその通りに認識されると。だけれども、この認識する仕方として、仕組みの実装として、例えばこんな風に大雑把にパズルみたいにして、パズルみたいなものを組み立てて認識する場合と、僕たちがやっているように、オブジェクトをちゃんとそれぞれごとで認識している場合とあると。で、この世界が今これ全然変わらなかったら、これどちらもこの認識した結果は同じなので、どっちに関しても適用性っていうのは変わらないので、どっちでもいいわけですが、認知っていうのはブラックボックスと言われるように、中でどうなっているかっていうのの影響っていうのはこのままだと出てこないと。じゃあ、なぜ、こちら側がですね、出てくるのは、どういう状況かというふうに考えると、僕たちは環境の変化によるというふうに思っています。例えば、今、世代間でですね、世代の間でこういうふうにちょっとずつ環境が変わるっていうような状況を考えると、その場その場でこの状況を学習しないといけないと。なんで、学習する能力っていうものが進化的に生じるだろうということはわかるんですが、それを下支えするというか、効率化するという、力も働いて、でそれは何かというと、環境変化によらないような特徴とか構造とかが、この生徳的なレベルで、取り込まれるだろうと。これのことを生徳的な対応と呼んでて、例えば、これは絵ですけれども、重力があるとか、ブロックが下の方にあるとか、そういう普遍的な、知識ということです。でもこれはその生徳的なものなので、僕たちが考えているその心的表彰、アドホックに獲得されるようなものではないので、じゃあそれがどういう状況で出るかというと、じゃあこれ、
環境の変化が、例えばある一生の中でたくさん目まぐるしく起きるような場合、それは自然だと思うんですが、そういうような変化の状況を考えると、例えばこれに関して学習したことを、さらにこちらの場面でも活かさなきゃいけない。活用されないといけない。これを学習の学習というふうに呼ぶんですが、そういうことが生じないといけないというふうに考えられると。で、これがうまくいくには、例えばこの差分がわからないといけないということですね。つまり環境の特徴や構造が学習の学習能力の知らさえとして、獲得されるだろう。で、ここは、アドホックに獲得される環境の構造っていったものが、ちゃんと環境との対応関係ができているだろうと。これのことを僕たちは、この心的表彰だというふうに呼んでいます。で、実際じゃあこんなものが今度出てくるかという話なんですが、取り組みとして、ニューロエボリューションというニューラルネットワークの構造と重みの更新の仕方が同時に進化するという枠組みを使って、実際にこういう、認知地図に関する、トルマンメロ問題という、ラットとかによく使われる問題を解くようなエージェントを、進化的に探索しています。例えば、こんな風に毎回ですね、異なる構造の迷路にエージェントが置かれますと。で、その中を探索するっていうフェーズがあった後に、スタートからゴールに到達するタスクっていうのを繰り返します。で、これが、最短経路を通れば適用高いんですが、迷路が途中でブロックができたりして、変化しても最短経路をすぐ取り続けるようなものほど適用できると。こういうエージェントは認知地図、つまりこういう環境の構造が分かってないとうまいことできないので、そういうタスクが重ねていれば、いいだろうということです。で、実際やるとですね、これが実際にその進化実験をして出てきたネットワークで、見るとですね、探索中に迷路の構造をですね、例えばこの部分に発火パターンとして写し取って、で、障害物ができても最短経路を即座に取るようなエージェントが進化しました。で、ポイントは、認知地図自体が直接選択されるっていうわけではなくて、適用コードの、ある種の副産物として出てくると。でつまり、どういった環境構造への適用構造の、産物として、副産物として、どういう形で、こういう認知構造、つまり自己主体感のようなものが総括するかっていうことを、考えたら面白いんじゃないかなというふうに思っています。でもこれは人一人の話ですが、でも実際自己主体感っていうのは、他人っていうか、相手のこともありますので、そういう環境を考えるには、ひょっとしたら、自分で引き起こす変化と、他の人によるものの区別とか、そういったことが議論できる必要があるのかもしれませんと思っています。で、そういうそのコミュニケーションみたいな話では、また違ういろいろ取り組みをしていまして、ちょっと動かないですが、そうか。すいません。こうか。すいません。ちょっと動きが良くないですが、コミュニケーション能力をスクラッチから進化させたいということもやってて、で、言語やコミュニケーション能力の、行動ですね、行動するときに生じる発生してしまう音が起源になって進化するというシナリオを研究しています。で、どういうことかというと、捕食とか呼吸などの、適応行動に伴って必然的に生じる、動いちゃうノイズが、コミュニケーションの進化の起源だということを考えていて、そのシナリオを検討するために、ちょっと見にくいですけど、小さいバーチャル生物の進化の枠組みを使って実験をしています。で、この上に黄色くぴょこぴょこ出ているのが、これがその音が鳴っているっていうか、彼ら体があって、体が地面とか体同士がぶつかると、ぴょこぴょこ音が出るというふうになっていて、で、耳も持ってて、それをうまく使うと適応行動が進化すると。で、今お見せしているのは、ここにスピーカーみたいな、目印になる音源があって、その周りにある資源をうまいこと探索するっていうか、取り合うように、進化させる実験をした時の、様子になっています。ちょっとビデオの動きが悪くて申し訳ありませんが、実際進化させると、その資源の周りに生物が寄るっていうのは、それはある種当たり前なんですけど、ここで資源というか目印を取ってしまって、やることをなくしてしまうとですね、そうすると、彼らはグループになってごちょごちょ集まるんですね。ある意味、雑談しているような、そんなような状況が生まれてきます。で、むしろこういうふうに、適用行動そのものではなくて、副産物的に出てくるような行動基盤みたいなものにこそ、面白みがあったりとか、僕は自律性とか主体性を感じたりします。そんな風で、まとめると、進化の副産物として生じる認知基盤っていうのが重要なんじゃないかということと、
あと、選択の特設の対象である適用行動そのものというよりも、いかにして多様な副産物みたいなものが生まれるかっていうことにこそ、最初の午前のセッションでいうところのオープンエンドな進化の理解の鍵があるんじゃないかというふうに思っています。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、A-Life 的なシミュレーションのお話をしてもらいました。A-Life の研究だと、認知科学とか他の方で聞いてる方いるかわかんないですけど、どちらかというと A-Life の人たちはやっぱり一元論的な世界の中からいかに自律性が生まれてくるかとか、さっきのコミュニケーションでいうとこのコミュニケーションが生まれてくるのかっていうことを考えているので、あえて直接的にはそういう、エージェンシーの感覚には触れずに、いかにエージェンシーを作り出すかという説明だったと思います。はい。で、次、増森さん、お願いします。はい。よろしくお願いします。東京大学とタンティンマシンの増森です。僕は、エージェンシーを持っているシステムっていうのは、どういうものなのかっていうことや、それを実際にどういうふうに構成していくことができるのかということに興味があって、研究を進めているので、それに関連することを少し紹介した議論につなげれればなと思います。でまず、エージェンシーをどう定義するかということで、ディパウロさんたちのチームが、書いている論文があるので、ちょっと簡単に紹介したいんですけど、ここではエージェンシーっていうのを3つの要素から定義していて、一つはインディビジュアリティで、これは自己っていうのは外から与えられるようなものではなくて、自己と環境の境界っていうのを自ら、区別して規定していくようなものであるということ。もう一つはインタラクショナルアシンメトリーで、これは環境に対してある種の、振る舞いを通して、その環境との関係っていうのを自ら、調整、レギュレート、モジュレーションしていくようなものである。で最後はノーマティビティってやつで、これはそのようなシステムの振る舞いっていうのが、目的や規範に沿っているというものです。ここでは3つ挙げられていますが、個人的には特にインディビジュアリティというのは重要かなと思っていまして、特に、基本的には多くのシステムではそういう、ここで言ってるようなインディビジュアリティを構成しようとしたときに、多くのケースでは、残りの2つっていうのは付随してくるようなケースが多いかなと思います。で、さらに、そのようなインディビジュアリティを、情報理論的に、形式化しようとするような流れが最近いろいろあると思うんですけど、そのうちの一つのインフォメーショナルクロージャーというのがあるので、ちょっと簡単に、ご紹介すると、ここではインフォメーショナルクロージャーというのは、環境からシステムの情報量がゼロになるっていうものとして定義されていて、それはどういうふうに実現されるかというところを直感的な説明として挙げると、大きくは3つここに挙げられていて、1つはすごいトリビアルなものですけど、環境とシステムが完全に独立しているっていうときに実現できるという。で、残り2つが、トリビアルモデルで、1つはモデリングと言われるようなもので、これは環境のモデルをシステム内部に持つということで、環境と相互作用しながらも、外からのインフォメーションフローを、下げていくことができるという。もう1つはコントロールで、それシステムが環境をコントロールすることで、相互作用しつつも、外からの影響を、減らしていくっていう、そういうことができると思います。このように、A-Life の分野でも、今もまさにその AJC の定義であったり、いかにして形式化するかっていうようなことが、今でも議論されているというような、現状があると思います。で、さらに、ここでちょっと一つ、そのようなエージェンシーというようなものを、いかにして構成するかっていうところで、一つちょっと自分の研究を紹介したいなと思うんですけど、ニューラルオートポエースっていう論文をちょっと前に書いているので、ちょっと詳しくはそちら読んでいただければなと思うんですけど、簡単に言うと、神経回路が、SDDP というシナプス活性を持っている場合に、外からの刺激を避けるように振る舞うということが、分かっていて、その刺激の避け方に、大きく3つのものが実験的にも、バイオ神経とスパイキングニューロンを使った実験から示されていて、もう一つはアクションで、これは外からの、刺激が制御可能な刺激である場合は、環境に対する行動によってそれを避けるっていうの。で、二つ目はプレディクションで、これは予測可能な刺激が入ってくる場合は、その入力ニューロンの発火を予測して抑制してやることで避けることができるっていう。で、最後はアイソレーションで、このような制御とか予測もできないような刺激が入ってくる場合に、その入力ニューロンを切り離すっていうことになります。そのように、刺激を避けられるかどうかみたいなことで、自己と非自己っていうのを自ら規定していくようなダイナミクスとして捉えられるかなと、思うんですけど、さらに先ほどの見たようなインフォメーショナルクロージャーを構成するため
出てくるある種のビヘイビアみたいなものとのコントロールとかモデリングとか、ちょっとこれ間違いですね、インディペンデンスと、結構きれいに対応するんじゃないかなというふうに考えていて、今整理しようとしているところです。で、なんで、これは結構シンプルなエージェンシーかなと思いますけど、ボトムアップにこう構成できる、一つのきれいな例かなと思います。で、他にも、もう少し、そういうシンプルなエージェンシーから、人間に近いようなエージェンシーを、どういうふうに構成できるかっていうのを、オルタシリーズっていう、ヒューマノイドロボットを使って、池上研究室で、何年前からみんなで研究しているっていうのがあります。で、人間と同じようなエージェンシーっていうのを、どう考えるかということで、最初のエージェンシーの3つの定義にちょっと照らし合わせながらちょっと考えてみると、インディビジュアリティに関しては、人間代謝系とか免疫系からなる、自己みたいなのもあると思いますけど、それと別にまた自己イメージの獲得みたいなのが、できていて、それはある種の、インディビジュアリティをもう自己認識しているようなもの。もう一つは、環境との関係性が、インタラクションのアシンメトリーになっているっていうだけではなくて、その時の環境に対する行為、どういう行為をするかっていうような選択を、自らしているっていうこと。で、他にアクティビティの関係でいうと、そのような目的や規範っていうのを自ら、設定して上書きすることができるっていうようなことが、例えば挙げられるかなと思います。で、そのようなものをどうやって構成しようかっていうと、ある種の、メタ的なレイヤーっていうのが、どうしても、出てくる必要があるかなというふうに思います。で、今、具体的には、オルター3を使って、オフローディットエージェンシーというような形で、人の動きを模倣しながら、人のある種の、エージェンシーを自分の中にコピーしていくっていうようなプロセスを基本にベースにしながら、ちょっと拡張して研究を進めているところです。で、この今のベースのシステムにも、セールスシミュレーターがあったり、メモリがあることによって、ある種の行為の生成とか自己イメージの獲得の、種みたいなものが入ってきてるんですけど、でそこから、目的が外から与えられても、模倣し続けているっていうようなことがあったりするんですけど、そういう目的を自らこう書き換えて別の目的を設定して、自ら自律的に意図的に行動していくっていうところまで、うまく拡張して発展できたらいいなということで、まさにどういうある種のメタ的なレイヤー、どういう、機能だったり、を、組み込めばいいかっていうようなことを議論しながら、今発展を議論しているところです。時間なくなってそうですが、そのように、僕は個人的にはそのエージェンシーって言ったときに、ある種の生命の原理みたいな、もうちょっと、根源的なものに、生命をたらしめているのはどういうものかっていうような観点から結構、興味があって、なので、個体だけではなくて、個体の集合である群れのエージェンシーというのをどう考えるべきかとか、もうちょっと大きなスケールの進化スケールとか、種のダイナミクスとか、適用じゃない、ニッチコンストラクションとか、ある種のアクションとしてみたときの、エージェンシーというのを、どう捉えるかとか、さっきの最初の方に説明した情報理論的な、アプローチから、これぐらい大きな、いろんなスケールを含めたエージェンシーというのを語ることができるのかとか、そういうところに興味があって、今、検討しているような段階です。ちょっとまとめのスライドとかないですけど、ちょっと議論につながればということで、いくつか紹介させていただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。ちょっとシンプルにそのオフローデッドエージェンシーの言った時のエージェンシーっていうのは、もう少し説明してもらえますか？どういうエージェンシーだったのか。そうですね。ちょっとここで言ってるエージェンシーは、ちょっと僕が最初の方に説明したようなエージェンシーとはまたちょっと違うものも含まれていて、ちょっと自分の中でも説明が結構難しいところもありますけど、ここでは、割とそのエージェンシーの、立ち現れ方というか、もしエージェンシーがさっきみたいな定義で表されるとして、その環境との相互作用の形とかっていうのはまたいろいろ別のものがあり得ると思うんですけど、そういうものが、人間との、行動を通して、その人間のそのエージェンシー、生命らしさみたいなものをコピーしていくようなイメージですね。だから、例えば、狼に育てられた子供が、人間の子供が狼っぽく振る舞ってしまうみたいな、そういうようなイメージでのエージェンシーをあそこでは言っています。じゃあさっきのロボットの前にいた人のエージェンシーが、ヒューマノイドのロボットの方にエージェンシーに移って、ロボットを動かしている人がエージェンシーを感じてるっていう状況だっていう理解でいいですか？そうですね。はい、わかりました。はい。
じゃあ、ちょっと次、鈴木圭介さんに行きたいと思います。お願いします。マイク入ってないですよ。すいません。で、午前中に引き続き、北海道大学の鈴木です。で、エージェンシーについてなんですけど、僕は最近は A-Life の研究というよりは認知心理科学の研究を多くやっていまして、そっちの方向からまず話していきたいと思います。エージェンシーって言ったときに、心理学ではどちらかというとセンスオブエージェンシー、つまり自分自身に感じるエージェンシーですね、の方が基本的にはよく扱われます。つまり自分が意識経験の能動的で主体であるという感覚ですね。であるいはもう少し狭い意味で言うと自分の運動が自分のものであるという運動制御感覚で、例えばバーチャルリアリティでこういうふうに手を動かしていっても、それが自分の手だというふうに感じるっていうようなことですね。で、もちろん、心理学だと、それが予測的な運動指令から作られているのか、あるいはそれが、もっと環境と、なんていうんですかね、そのコンテクストの中で現れてくる、推論みたいなものが出てくるのかっていうところで議論が相変わらず続いています。で、その自己主体感と関係して、他者のエージェンシーっていうのもあるんですけど、ここではちょっと、趣が違って、センスオブプレゼンス、他者の存在感みたいなものも心理学、認知神経学で扱われていて、他者がそこにいる感じですよね。で、もちろん、本物の人間がそこにいたらそこに人を感じるんですけど、実は、いわゆる変性式体験、例えば入眠時の幻覚っていうのは、金縛りの時とかですけど、ある種のその幻覚患者の中に、そこに何もいないのに、誰かがそこにいる感じがするっていうのを、幻覚というか錯覚というか、をすることがあると。で、実はそれ、脳のどこの位置でこれが起こるかも分かっていて、左側の TPJ っていうのは頭頂側頭連合野っていうところですね。そこを電気刺激すると、患者さんは背中に誰かがいる感じがすると。でそういう意味で他者の存在感の錯覚もちろん他者がいたら、他者の存在感感じますけど、いなくてもそれが出てくるっていうのは、人間の脳どこをいじれば出るかっていうのは分かっていると。で、この TPJ っていうのは実は、他者視点の取得とか、自他の区別とかをやっている場所なんで、ある種自分自身のエージェンシーを外に帰属してしまっていることで、他者のエージェンシーがあるんじゃないかっていうふうに、この認知神経学では考えられています。で、そこから、今のどっちかというと心理学的な、自分の中でじゃあエージェンシーがどうして、起きるのかっていう話だったんですけど、人工的なエージェンシーを考えると、まず、最初に思いつくのは、これはもうちょっと心理学の話ですけど、アニマシー知覚っていうのがあります。で、この三角形とか丸が、遊んでいるように見えますけど、これはもちろん誰かがアニメーションで作っただけで、これ自体は生きてはいないですけど、我々人間は簡単にこれに、エージェンシーを貼り付けてしまいますよね。こういう研究はもう昔からずっと続いています。で、これの、最も進んでいるものはもちろん、阪大の石黒先生とか、一見でやられているようなアンドロイドとかヒューマノイドの研究だと思うんですけど、こういうふうにじゃあ見た目を作っていけばエージェンシーになるのかっていう研究とともに、先ほど増森さんが話してたエージェンシーの定義のように、そういうオートポエティックな自分の存在自体を自分で定義し続けるシステムとか、その自律性を持っているシステムがエージェンシーには必要なのかっていうところについては、僕自身も答えは出てないですけど、この2つの方向性があるっていうのをちょっと話しました。で、これとエージェンシーどうアプローチするかなんですけど、増森さんがもうすでにいくつか紹介してたように、情報理論的なそのインフォメーションクロージャーみたいなアプローチが確かに最近よく出ていて、一個は僕の前の留守のところから最近出たダイナミカルインディペンデンスという論文なんですけど、これはもうまさにその情報理論的に、システムのある特徴として、性質としてエージェンシーを捉えようというものです。で、もう一方で、チューリングテストみたいに、観察者が中に入ってしまうような定義の仕方もあると思います。チューリングテストっていうのはもともとチューリングがやってご存知の方も多いと思いますけど、コンピュータチャットを使って相手がインタラクションを相互作用している相手が人間なのかコンピューターなのかを見分けるタスクです。で、
僕としては最近はこっちの構造主義的なアプローチの方が面白いんじゃないのかなっていうのをエージェンシーに関しては思っています。で、例えば、飯塚先生、チェアされている飯塚先生が、午前中も紹介されてましたけど、パーセプシャルクロッシングタスクっていうのは、これはある意味でその行動を使ったチューリングテストになっています。で、というのは、チューリングテストっていうのはなんでコンピュータータッチチャットでやったかというと、そういう見た目とか人間がコンピューターかどうか見たら分かっちゃいますね。特にその1950年代のコンピューターは人間かどうかは見た目ですぐ分かってしまうんで、そういうトップダウンの影響を排除して、あくまでそのボトムアップの情報だけで人間か人工的なものかを判断するというものをやりましたので、飯塚先生たちがやられていたパーセプシャルクロッシングタスクっていうのも、相手が見えないまま、すごい身体的な相互作用だけを通して相手が人間かどうかが判別できるかというタスクをやります。という意味ではそういう、なんていうんですかね、ある意味Android とかとは逆のアプローチで見た目とかを、完全に排除した上でも、エージェンシー的な、そのミニマルのエージェンシーというものは取り出せるかっていうアプローチになります。で、逆にもちろん増森さんがやられているようなオルタみたいなアプローチもありだと思うんですけど、飯塚先生、これも朝ちょっと紹介してくださいましたが、僕は理研にいた時に作った代替現実装置というのがあります。これは、バーチャルリアリティの一種なんですけど、バーチャルリアリティ、一般的なバーチャルリアリティと違うのは、実際の360度の動画を使って、あたかも本当にそれが現実のかのように本人に思わせることができるシステムです。で、僕らの実験でも実は、自分が登場したりも、自分じゃなくて、実験者として僕が、登場したりしてるんですね。で、その時にもう記録した映像を流して僕が話しかけてっていうのをしてるんですけど、その時に被験者さんはみんな僕の問いかけにやはり答えてくれるんですね。で、本人はもちろん僕がそこに存在してないって気づいてないんで、話に、僕なんか言ったら、頭痛くないですかって言ったら答えてくれるんですけど、そこで感じてるエージェンシーっていうのはある意味、なんていうんですかね、インタラクション全くない、完全にビデオを見てる状態なのに思い込みだけで作られてる他者の存在感で、そういうのはある意味でその究極のアニマシー知覚実験になってるんじゃないか。で、その方向っていうのもありかなと。そういう意味では、だからボトムアップのやり方とトップダウンの方向っていうのは両方あり得るっていうふうに考えている。で、ちょっとまとめると、自分自身の最初エージェンシー、これっていうのと他者のエージェンシーっていうのがあると。で、そこにいろんなアプローチがあるんですけど、認知心理科学的にはもちろん、このエージェンシー、自分のエージェンシーに立っている他者のエージェンシーが感じる脳の方を調べる。自分側を調べるっていうアプローチがあると思うんですけど、それに対して情報科学的に、今度は、その全く反対方向ですね。システムの性質としてエージェンシーを定義できるかというアプローチ。で、最後に、この行動主義的と今ちょっと読んでみますけど、観察者とその対象がループになっているような形で定義できるエージェンシーっていうのがあるんではないかっていうので、この3つのアプローチを逆に言うと組み合わせていくことで、なんか今まで分かんなかったエージェンシーのことが分かってくるんじゃないのかなっていうふうに最近は考えています。以上です。はい、ありがとうございます。神経科学の観点も入れて鈴木圭介さんに紹介いただきました。で、やっぱり正直言うとよくわからんなっていうのが、よくわからんっていうのはエージェンシーの意味がよくわからないなっていう気はするんですが、ここからちょっとざっくばらんに話していこうかなと思います。で、もし聞いてる方、質問があれば、YouTube かスライドの方に質問してください。気軽に質問してください。僕らこうやってると4人しか映ってないから、他の人のエージェンシー全く何も感じないで4人だけでやってる感じになってるので、できるだけエージェンシーを表明してもらえると助かります。で、まず最初に、何の話からしようかなと思ったけど、オフローデってエージェンシーって考え方ちょっと面白いなと思って、自分のエージェンシーを向こうに飛ばして、で、向こうがそれをコピーして、それをまた感じてしまうっていう考え方はいいなと思ったんだけれども、なんか今ある世界のエージェンシー、さっきの神経科学とか議論するので、今あるエージェンシーについていろいろ考えるのは、いいかなって思うんだけど、やっぱり ALIFE で考えるとすると、なぜそれが進化してきたかとか、やっぱ必要だったのかどうかって思うじゃないですか。
だからコピーするのもいいんだけど、コピーする最初はじゃあどうするんだみたいな話がやっぱりあって、そこからちょっと話を進めたいなと思って、もし自分が一人だけ、やった、俺世界に一人俺いるぜって言っても、誰もエージェンシーいないから喜ばないじゃないですか。なんか意味があるのかどうかよくわかんなくて、なんで一人称的に、俺がここにいて、俺は今世界に対してアクティブに動いてんだっていう感覚が必要だったのかっていうことと、それを他の人が見て、あいつ動いてるから俺食おうとしてるとかって思ってるかもしれないけど、そういうのを分からなくちゃいけないのか。でまず最初に一人称的になぜエージェンシーが生まれてきたかっていうのを、A-Life の中で、世界の中で考えていきたいっていうのは最初の質問で、どうですかね、誰か意見ある方いますか？なんでエージェンシーが必要だったのかとか、なんで生まれてくる必要があったのか。一つは例示したのは、認知機能としてメタラーニングみたいなのが出来上がると、それで餌がたくさん食えるっていうか、進化的に有利だったっていうのは一つの考え方ですけど、その時にエージェンシーである必要があったかどうかっていうのはちょっとわかんないなと思って。誰かあります？何か。最初にちょこっとお話ししてた、僕は心的表象の進化の話をしたんですけど、基本でも動的な環境への適応っていうことで、なんていうか、エージェントの内部に何かを作っていうことは、かなり議論できるんじゃないかなって思うんですけど、でもただ内部に構造を作るだけではなくて、もう一歩先、さっき増森さんが自他との区別っていうか、そういうことをおっしゃってましたけど、そういう境界とか、つまり、例えば自分も何かして、外側でも何かが起きていて、もしくは誰かが何かしてっていうような、そういう複雑さみたいなものが環境にあると、そこの対処、自分がやったことなのか、他がやったことなのかっていう、そういうセンサーみたいな役割として、その適用性っていうかを、下支えするような、そういう仕組みっていうのは、として出てきうるのかなっていう、今、今回のスライドを準備してて、ちょっと頑張って考えたことですけれども、そんなふうに思ってます。なるほど。僕のちょっと言い方がよくなかったのは、いきなりエージェンシーがドンって出来上がるような言い方しましたが、やっぱり進化的にも徐々にそれらしいものが出来上がってきてって、で、社会性が生み出されて、その中でっていう話ですよね。レジさんと今おっしゃってくださった中。そうですね。実際、こんな階層みたいな形に出していたりするけど、本当はでもその順番っていうわけではなくて、むしろ上の力が働いて、要するに最初は邦画的かもしれないけど、もうちょっと社会性が高まると、またさらに下支えするものがあって、多分こうなってると思うので、そう簡単に順番っていうのは言えないかもしれないんですけど、ただ、でもある種の僕たちって構造みたいなものはあるようにも思うので、それが多分、そういう構造そのものは、多分環境のある種の反映、構造自体が、とも思うんですけど。そうですね。誰がやったっていう因果関係が、一元論的に考えるとそこには物理システムしかなくて、なんかぐちゃぐちゃぐちゃって動いてるだけにもかかわらず、そこに対してお前はやったとか、俺がやったっていう、因果関係を、知覚できるようになるっていうのはやっぱり大事ですよね。っていうか、そもそも因果関係っていうのを考えた瞬間に、そこに背後にはやっぱり主体性みたいなのがないと、因果の意味がないですよね。分かることの因果ない。まずそういうところから確かに生まれてきたのかもしれないし、罰を与えるときにもやっぱり因果関係必要です。責任とかっていうのもそうでしょうね。お前が悪いんだみたいな、いう言い方があるような気もしますよね。スケさんとかどうですか？ごめんなさい、まさぴさん、どうぞ。はい。そういう意味で言うと、今ちょっと面白いなと思ったのが、さっきの僕のニューラルオートポイエースみたいなやつって、STDP からボトムアップに構成されていくようなものなんですけど、STDP ってまさに因果関係を強化していくようなダイナミクスになっているので、そういうとこからプリミティブな、まずはある種のインディビジュアリティみたいなのが構成されていって、そこで、生命は、何よりまず、自己を維持しなきゃいけないっていうのは結構、重要な問題としてあって、でそういうプリミティブなインディビジュアリティみたいな構成しながら、まずはもうちょっと、例えば膜みたいな物質的なインディビジュアリティであったり、免疫系みたいなものが構成されていって、でその上にさらにどんどんインディビジュアリティを拡張していこうとすると、さっきのオルタの時に話したみたいな、やっぱりもうちょっと上の、自己を認識するようなレイヤーみたいなので、生まれてきて、そういうのが生まれてくると初めて、ある種の今言ってるような一人称的な主体性みたいな、そういうのに繋がっていくんだろうなっていうのを、僕もまさに同じような感じで感じています、ね。
今の因果関係を STTP で強化されるっていうのは、スティミュラスが入ったらレスポンスっていう意味での因果関係ですか？それとも起きてる現象に対する因果関係ですかね。A が B を殴ったみたいな。STDP って普通にニューロン A と B があったら A が発火して B が発火するみたいな。そういう、はい。因果関係。そういうもっと、下の方のプリミティブな因果関係。そういうところからもしかしたら今言った議論してたような因果関係につながっているのかもな、みたいなことをちょっと、はい、今、ふと思って面白いなと。なるほど。圭介さん、どうですか？そうですね。やはり自分のエージェンシーももしかしたら他社のエージェンシー見てからじゃないと進化しないのかもしれないですよね。そういう意味では。外側にエージェントがいて、それをエージェンシートだと認識した、なんていうんですか、因果関係を自分にも当てはめると、自分もエージェントだっていうふうに気づくっていう過程なのかなっていう気はしますね。で、もうそれ誰が最初っていう言い方したらよくないかもしれないけど。だからプレデターみたいなエージェンシーを持ち上げ、エージェンシー、そこで結局自律性とかにつながると思うんですけど、自律的な自分の目的を持って行動しているような生き物が周りに出始めて、もちろん自分も含めて、それにエージェンシーを感じた方が、つまりそれを、なんていうんですかね、他の自然現象と同じようなルールではなくて、これはゴールオリエンティッドな、いわゆる何でしたっけ、テネットが言ってたインテンショナルスタンスみたいなものを取った方が進化的に生き残りやすくなるっていうようなものを経て、エージェンシー、他社エージェンシーの方がもしかしたら進化的には先なんじゃないのかなと僕は感じますけど。なるほど。他社エージェンシーを近くするのが最初だったっていうことで、それを自分に飲み込む。一個なんか質問出てますけど。はい。ごめんなさい。エージェンシーは不可避的にコピーされてしまうと思う。社会的な動物にはエージェンシーが生まれると思う。人を狼取り、しかし適応的意味はあるのだろうか。社会性が先だと思うが。出てますね。今ちょうど我々が議論していたような感じで、やっぱり社会的な動物にエージェンシーがあって、社会的に、それが相手が持ってるっていう知覚かどうかわかんないですけど、社会の組織として、そこから生まれてくるだろうという考え方ですね。コメントですかね。僕らもそう思います。なんかもしあればお答えいただいてもいいですが。大丈夫ですか？人間以外にも動物にもエージェンシーはありますかっていう話は、圭介さん。どっちの意味ですかね。なんていうか、動物もエージェンシーを感じることができるかっていう意味なんですかね。両方、じゃあそれからいきましょう。なかなか難しいですね。人間にエージェンシーがなんで感じられるのかもまだ分かっていないんで、そもそも僕はだから意識体験とエージェンシーってかなり近いものじゃないのかなと思っているんで、動物に意識があればエージェンシーもあるんではないかなっていう気がします。そうですよね。だから例えば昆虫まで行った時に、昆虫に意識があると思ってる人がどんぐらいいるかわからないですけど、昆虫がアダプティブに振る舞ってて、でその時に昆虫が本当に自分自身の行為を認識してるかどうかっていうと、そこになんか疑問点ありますよね。だからそういう意味でやはり意識、なんていうんですかね、自分の行為を意識的にアクセスできるかどうかっていうのがどの動物から生じているのかっていう、結局意識の問題になってしまいそうな気がします。でもっていうか、僕は社会性動物っていうのであれば、そこにはやっぱり何らかのエージェンシーみたいのが、誰が先に餌食ったんだみたいな、そういうのが生まれるだろうし、なんか、あって叱るべきかなって思いますよね。だからそれがなんか小さいものになってった時にどうするかって、いいか。他なんかありますか？レイジさんとか、増森さんとかも。そうですね。誰が餌食ってるのかっていうのは、いや、なんか、誰だ俺の
食べたやつって、なんかせっかく隠しといたのに、あなんか、それに対しては、やっぱズルに対しては制裁したいみたいなのが社会的にもあるような気がして、で、その時に、ただ物がなくなったっていう理解よりかは、あいつだとか、自律的に動いてるあいつがやったんだみたいな方が、まあ社会的にはなんか有用なんじゃないかっていう考え方もあるかなと思って、どうかなと。そういう考え方だよね。逆にこの単独っていうか、あまり、他者みたいなものがいなかったとしても、でも、それ、なんていうか、自分が聞く、なんだろう、自己主体感なので、まあ、自分がやった感っていうのは、なんか、それなりに何か適応性はありそうな気もするんですけど、自分がやったことを。だから、進化のパスとして社会性よりも先に、みんな自分がやったっていう感じだけはみんなそれぞれなんかわかんない答えを持ってて、で、その方が有利だったっていう状況が考えられるかってことですよね。どうですか？なんか意見ある方いますか？まあ僕も結構そういうもんかなっていうのを最初は想像してて、だからなんか他者みたいな、社会性とかがなくても、まず、まあ、変わりゆく環境で生き抜かなきゃいけないわけじゃないですか。だからまあ自然っていうのがある種の、まあ、他者みたいなものとして存在していると思うんで、常に。まあそいつと、まあ自分を切り分けて、るっていうのがまず、っていうか、適応性が高まると思うので、そういう意味で、まず最初にそれが生まれてきてもおかしくはないなというふうに思いますけどね。いや、で僕はね、僕は意見持ってて、その時に別に因果として捉えるのはなくても、適応的なシステムっていうので、まあ話は乗り切れるんじゃないかっていう気はするんですよね。やっぱり社会性があってっていう中で、自分なのか他人なのかっていう中から生まれてきたんじゃないかっていう気は僕はなんとなくしますけどね。圭介さんとか、どうですか？リーさん。どうぞ。それって、定義みたいなことで、それって他者前提で、他の人じゃない僕って考えるとすれば、もうそれしかないっていうか。だからまあ、ソニーさんが言われているのは、まあ、その他者でも他者である必要はなくて、っていうことなんですよね。そうですね。自分以外の、まあ、何かしらのシステム。まあ、一個のオートポエティックシステムの中にエージェンシーが生まれるかっていうのは生まれないような気がしますね。確かに自他の区別がまず必要な気がしますよね。何かと区別。で、自他の区別の時の他を単なる環境を認めるかどうかっていう問題があるような気がしますよね。なんか。多分そう認めないかなっていう。はい。3段階あって、その物理的世界って意味の他者っていうのと、自分と同じようなエージェントがいるって意味の他者、2つ意味があって、環境とまずそうじゃない、なんか意図を持ったやつっていうのをまず見分けなくちゃいけなくて、それと、その見分けるのが多分他者のエージェンシーで、それと自分と環境を分けるのもやっぱりエージェンシーで、それがどうも重なってるのか違うものなのかっていうのところはちょっとわからないですけど、面白いところ。質問いくつか挙げてもらってるんですが、ちょっと時間限られてるので取るやつを僕が選ぶ、一つ取ると、人間は予測できないことを予測しやすいように空間情報を脳で統合し、時間感覚として感じれるようになった。そこから意識やエージェンシーが生まれたという考えがいかがでしょうか。これはどちらかというと社会性抜きっていうか、まあ社会性の中でっていうコンテクストも考えられますが、まあ議論しやすいように考えると、社会性とか考えなくても時間感覚として感じられるようになったところから、エージェンシーが生まれたんじゃないかっていう、まあ、意見だとして、どうですか？確かになんか意識を考えるとある種のそういう時間感覚みたいなのからなんか生まれてきそうな感じもして、ある種のその意識的なレイヤーがまあそれで立ち上がったんだとすると、まあそこからある種の、一人称的なエージェンシーっていうのは、まあ、そのままストレートにできてきても、なんというか、おかしくはないかなという印象はありますけど。これ、最後に話そうと思ってきた話題なんですが、話題って考えてたものなんですが、これはやろうと思えば深層学習、まあ深層学習じゃなくてニューラルネットワークと、まあいろんなシステムでも可能なわけですよね。
時間感覚として感じられるようになったっていうのが難しいですけど、時間的タスクはうまくこなすことができるようにはなってるわけですよね。感覚として感じてるかっていうのは微妙ですが、どうですかその深層学習とかっていうのも、ある機能として考えれば、ある程度人間と同じぐらいの機能は今実現できるようになってる中で、エージェンシーを感じてると考えるべきなのか、そうでないのかっていうと、いかがでしょう。ケイスケさんが早そうなんで、ケイスケさん。なんかディープラーニング、最近こういうのを考えると、やっぱり、ガンみたいなものを考えたくなるんですけど、そういうふうに、ディープラーニングでできますよね。なんか大体こういうふうに言ってた。例えば、人間じゃない、エージェンシーを、物理空間の中でどれがエージェントかどうかっていうのを見分けるシステムは多分作れて、そういった時にそのシステムがじゃあエージェンシーを本当に感じてるのかっていうと、そこにやっぱりまだギャップがあるような気がするんですけど、そのギャップが何なのかっていうの、何なんでしょうね。そうですよね。結局、意識の問題になるのかもしれないんですけど、そう言っちゃうとあんまり面白くないんで、どうぞすいません。レイさんどうですか？やっぱ学習できたとしても、なんか使い道がないっていうか、それ自体、やっぱ、それ自体にやっぱり主体性がないっていうか、っていうところじゃないですかね。なるほど。使われないことには主体性も何も議論できないっていうか、なんか僕たちはなんか、ちゃんとエージェンシーは、抽出できてるかもしれないなって思うけど、でもそれってこちらがさせてる、よくある学習させてるって言った話かもしれないですけど。じゃあそれが例えばなんかもっと適応的な振る舞いの中に埋め込まれて使われるようになっていれば、もしかしたら。そうですね。だからといって、じゃあそういう深化エージェントのモデルみたいなものが出来上がってそうだったとし、でも僕らのアプローチはどっちかというと進化的にもうちょっとボトムアップにやるっていう話だと思うんですけど。松森さんとかどうですか？そうですね。僕もレイジーさんに近いかもしれないですけど、ある種、なんですかね、外からそういうファンクションを作っても、ある種、それがなんか、意味もなく機能してなかったら、ある種なんていうか、外物的な感じがどうしてもすると思うんで。はい。すみません、その程度。はい。いや、深層学習は、僕としてはやっぱりなんか、自己の感じっていうのは、やっぱり境界が揺らいでる、物理的にも境界が揺らいでるような状況で、自己を維持し続けなくちゃいけないっていうのが効くんではないかと思いますね。今、社会性っていうのは今考えてないですけど、物理的に危うい状況に追いやられた時に自分は今危ういとか自分の境界はこの辺にあるんだっていうのがある中に自己を考え出すんじゃないかって。で、それがない今深層学習は、確かにプログラム的な入力を受けて出力を出すっていうことはできるんだけれども、それは仮にロボットに搭載されたとしても、やっぱり彼にとってはまだタスクでしかなくて生き残るための、何かにはなってないんじゃないかっていうのは僕の意見ですけど、他は何かありますかね。そろそろ時間なんですが、すいません、質問取れなかったやつもあるんですが、最後になんかメッセージある方いらっしゃいますか？皆さんで選んで頑張って自律性じゃないや、エージェンシーを作ってですね、もう見るからにエージェンシーを持ってるとしか言えないとかって、それを作ったら誰も文句言わないと思うんですよね。人間だってみんな持ってるって思うし、だったらもうそれをロボットで作っちゃえばいいっていうことですね。それを目指して皆さんで頑張っていきましょうというところでいいですかね。はい、皆さん、参加していただいた観客の皆さんもプレゼンターの皆さんもどうもありがとうございました。これでこのセッションを終わりにしたいと思います。ラーニャ先生、いいですか？ありがとうございました。はい、飯塚さん、あと鈴木玲二さん、鈴木圭介さん、松森さん、どうもありがとうございました。とても素晴らしい、ディスカッションでした。では、皆さん、これで、ダイアログセッション1、エージェンシーが終わりました。あと10分ほどの休憩をとって、皆さんちょっと歩いてきて、3時から、次のセッションが始めます。
次のセッションがダイアログセッションに人工生命 Alife と社会です。Alife と社会のセッションが、笹原和俊さんと、東工大の笹原和俊さん。で、北海道大学の、田口茂さん。で、荒谷株式会社の金井ヨッタさん。で、モデレーターは、早稲田大学のドミニク・チェンさんです。では、それは3時から始めますので、その時に戻ってきてください。
はい、皆さん、こんにちは。これから人工生命研究会のワークショップ001を再開します。これからアフタヌーントークセッション、ダイアログセッション、A-Life と社会について、お話しします。このセッションの参加者は、東工大東京工学の、笹原和俊さんと、北海道大学の田口茂さんと、荒谷株式会社の、金井亮太さん。モデレーターは、早稲田大学のドミニキ・チェンさん。では、ドミニキさん、よろしくお願いします。はい、すいません。こんにちは。聞こえてますでしょうか？大丈夫ですか？はい。皆さん、こんにちは。早稲田の、チェンと申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、人工生命と社会、ライフ&ソサエティということで、笹原さん、金井さん、田口さんに、それぞれのご活動、研究のお話を聞いて、その後にですね、3社の、研究というのはどういうふうに交差しつつ、その人工生命研究というものが社会への実装であったり、社会のインパクトというところにつながるのかというディスカッションを、していきたいと思います。ただ、時間がとても限られていますので、皆さんにはですね、7分ほどで、お話をしていただいた後に、すぐにディスカッションに移っていきたいと、思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは早速、お話をお願いしていきたいんですけれども、まずはですね、最初にそうしましたら、田口さんからお話をいただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。田口と申します。よろしくお願いします。スライド映ってますでしょうか。はい、見えてます。ですね。はい、じゃあ始めます。まず、ちょっと簡単に自己紹介しますと、北大で教員をやってまして、人間知能 AI 研究教育センターという北大のセンター、チェインというふうに呼んでますけど、こちらでセンター長をやっております。で、専門は哲学で、現象学を中心にやってて、最近は神経科学の方とか、ロボットや AI の研究者と共同研究をいろいろやっております。で、ちょっと今日、最初に、ご紹介したいのは、このチェインでGST リステックスのグラントを取ってやってます、人工主体の倫理っていうプロジェクトで、これ新たに申請中なんですけども、続きのプロジェクトを申請中なんですけど、どういうのかというと、近い将来、その人工主体と呼びうるような存在者が開発されてきたときに、そういう存在者と人間社会との間にどういう関係性が生まれてくるのか、でそういう関係性を我々はどういうふうにデザインしていったらいいのかと、そんなような問題を考えています。で、近年、その自律的な主体性を持った人工知能を強く警戒するような論調もあると思うんですけども、例えばシンギュラリティ論とか、こういうのを自律的な AI に怖さを感じているということだと思うんですが、そういう自律的な AI の一体何が怖いのか、でその背後にどういう心理があるのかということをちょっと考えてみると、近代においてもいろんな便利に使える機械っていうのが発明されてきたと思うんですが、道具の発明以来、その蒸気機関とかコンピューターとかこういうの、いろいろなものの発明を通して、この世界でより便利に快適に暮らしたいという人間の欲望にこういう機械が奉仕してきたという面があると思うんですね。でそういう機械っていうのは人間の欲望に奉仕するサーバントみたいなものだと思うんですけども、人工知能っていうのもこういう便利な機械の延長とみなすなら、そういう連中が何か自律的な主体性を持ってしまうっていうのは、ある意味不都合というか、困ったことになるという考えの人たちが出てくるのも、わかる面があると。で、そういうわけで、ちょっと岐路に立ってるようなところが我々あると思うんですけど、これからも AI をそういう人間に役立つサーバントの地位に留めておきたいのか、その場合には自律性というのは余計になるのかもしれません。それとも人間とは異なる自律的な存在者として AI を認めて、それを他者として認めて、いわば AI とのある種の人格的関係の中に入っていきたいのかと。こういう2つの全く異なる選択肢があるんじゃないかなと思うんですけど、でもそこには決まった答えはないと思うんですね。我々がどっちに進むか決めていかなきゃいけないと。
ですが、個人的にはおそらく自律的な人工主体を開発していくっていう動きは止められないんじゃないかなと思ってまして、で、そこでそういう主体の主体らしさっていうのを考えてみると、そこにはやはり生命的なものっていうのが関わってるんだろうと。特にその予測不可能性とか制御不可能性といったもの。で、こう予測制御できないものとどういうふうに付き合っていくのかっていう問題がここにあるのかなと思います。で、考えてみると、人間にとって他の人間っていうのも予測制御できないところを持ってるわけで、しかし、それこそが他者を他者として尊重すべき理由の一つだと思うんですね。自己からは見えない、わからないと、そういう他者独自の個性的経験こそがある意味貴重なんであって、他者の独自性と他者のわからなさっていうのは、表裏一体のところがあると。で、そういう独自のオリジナルな経験を持つっていう点で自分と他人は相互に重なり合うという面があるんじゃないか。しかし、オリジナルだっていう点で重なり合ってるわけなので、オリジナルだから中身はわからないということになるわけで、そのわからなさを含み込んだような重なり合いといったようなことがここにあるんではないか。で、これは生命とも深く関わり合うテーマで、生命っていうのを見るときには我々は何か自分の主体性とその生命的に見えてくるものと重ね合わせている。生命同士がダイレクトに響き合うようなことがあると思っていて、虫が飛んできて首にピタッと止まるといったような時に、気持ち悪いというふうに感じるのも、いわば分からないけど自分と重なり合う主体性みたいなものを感じるからなんじゃないか。でこれはフッサールの意識論とか慣習慣性論と重なってくるところがあって、フッサールは差における合致とか多性における重なり合いなんていうことを言ってるんですけど、私はこういうのが意識の基本形態じゃないかと考えているんですね。その自他の意識が重なり合ったような状態なんですけども、その単なる個でもないし、その全体主義みたいな超個体的な統一でもなくて、自己と他者が重なり合っているんだけども、その自己でもあり、その他でもあるような状態。こういうのが意識の基本状態じゃないかと。で、他人と話し合っているときに、我々は例えばこういう意識状態にあるんじゃないかと。で、そこから意識が意識自身を反省的に自分で自分を対象化したときに、こっちは自己であっちは他者っていう切り分けが初めて行われる。そんなようなことがあるんじゃないかと思うんですね。この辺はフッサールの現地画論とか西田の純粋経験論とかを下敷きにしてるんですけども、これは量子主観性と呼んで量子状態になぞらえて解釈するっていうようなことも試みてまして、これは量子認知で知られるピーター・ブルーザさんとか数理物理の研究者である西郷隼人さんとの共同研究なんですけど、これ意外に奇妙な例外状態じゃなくて、現実の基本に即しているかもしれないと。量子状態っていうのも物理的な現実の中では、決して例外状態じゃなくて、そっちの方が基本だと思いますので、そういうことがもしかしたら言えるんじゃないかと。人工主体の問題にちょっと戻ると、人工主体っていうのを主体として扱うとき、そこで人間との重ね合わせっていうのが生じているはずで、逆に言うと、人間との重ね合わせが生じるような人工物を作れば、そこには主体としての意味が生じるはずだというふうに思っています。でそれとちょっと関連する研究を先ほども登壇されていた飯塚先生と、それからチェインの元博士研究員の野口渉さんとやってまして、自他の重ね合わせメカニズムっていうのを AI に実装して、仮想空間中で、仮想環境中で視覚的予測学習を行わせるというようなことをやりました。でそうすると、その学習結果は何か重ね合わせみたいな状態になるんだけど、それをデコードしてみると、そこにちゃんと他者視点からの視覚的表彰が含まれているというようなことが分かって、そのパースペクティブテイキングとかミラーニューロンみたいな仕組みがそこに自然に生まれてきているということが分かったという、そういう実験結果なんですけど。すいません。あと1分でお願いします。はい、わかりました。これ自他の重ね合わせみたいなものを AI に実装することは決して不可能ではないということを、ちょっと示唆しているのかなというふうに思っています。まとめですけども、生命にとって主体間の響き合いとか重なり合いっていうのは本質的だと思うんですけど、こういうのが人工的に実現されたときに人工的な主体のようなものが生まれてくるんじゃないか。そこから出発して人間と人工主体との形作る社会みたいなものを考えていけるんじゃないか。こういう意味で人工主体を考えていく上で人工生命的なものは非常に革新的なんじゃないかなと。私、人工生命は素人ですけど、そんなことをちょっと考えております。はい、以上です。ありがとうございました。
はい、田口さんどうもありがとうございました。この後ですね、笹原さんには、SNS におけるそのフェイクニュースであったり、エコーチェンバーのお話をしていただくと思うんですけども、今、田口さんにおっしゃっていただいた、その主体の重なり合いというものが、ネットワーク、情報ネットワークの上で、起こっていると。で、それは必ずしもポジティブなことだけではなくて、いろいろと社会問題にもつながっているというところで、接続していただけるかなと思っていますが、笹原さん、それでは続きましてお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今、画面映ってますでしょうか。はい、見えてます。はい。それでは、多様なつながりと社会の生命性というようなタイトルでお話をさせていただきたいと思います。先ほど、自己と他者の、重なり合いというようなことをおっしゃってたんですけども、これをもしマクロに考えたときに、自分たちっていうのと、他人たちというか、イングループ、アウトグループみたいな区別ができたときに、これが混じり合わないっていう現象が起こるんですね。で、生命性を社会に持たせようと思うと、その問題ってやっぱ避けては通れないので、そういうことをちょっとお話していきたいなと思います。で、我々の社会っていうのは、実は、我々の認知自体が偏っているがゆえにですね、放っておくと、同質化するという癖があります。で、例えば、見たいものだけを見るとかですね、これ確証バイアスって言いますけども、あるいはつながりたい人とだけ、つながるっていうのは同類原理という。で、ある意味その進化的にそういう能力があることが、ある意味最適化というか、効率よく、関係する情報だったり人だったりつながるために必要だったんだけども、SNS のようなプラットフォームとか技術があることで、かえってこういうのが悪化してですね、分断を生んでしまっているということがあります。で、今問題になっているのはこういうエコーチェンバーって言われるような現象で、これは2020年のアメリカの大統領選の、いわゆるそのバイデン派とトランプ派の、ツイッター上でのその、リツイートの流れが分断されているというものを可視化したものですが、別にその、政治的なものに限らずですね、いろんなところにこういう分断とか、イングループ、アウトグループのものすごいとんがった、極端なその、対立っていうのがあちこちに見られます。でこういったものがどういう仕組みになっているのかっていうのをですね、最近研究をしておりまして、これはその、ALIFE 的なエージェントシミュレーションを作ったものですが、仮にこういうソーシャルネットワーク上でつながったユーザーたちがいますと。で、色はその人たちの意見を表していて、で、自分がつながった相手からその意見だったり情報だったりがやってくる。で、自分と近しい意見の相手からは、多少影響を受けて自分の意見をちょっと変えると。でそうじゃない意見を言うような相手は、もうけしからんので、アンフォローしてまた別の人をフォローし直すというような社会的つなぎ替えっていうのを、起こすと。そういうことをですね、繰り返しやっていくと、どうなるかっていうことを、シミュレーションしているんですけれども、これはいわゆる、シリングモデルって言われるものの、ネットワーク版なんですが、ご覧の通りですね、青い人たちはより青いなり、赤い考え方の人たちはより赤い考え方になり、そこの2つがグループを形成し、で、異なるイデオロギーの間のやり取りっていうのはどんどん層になっているというようなことが、その、認知バイアスだったりとか、ホモフィリーだったりとかっていうことをちょっとでもエージェントが持っていると、自然とこういうものが起こってしまうということを示しています。で、なんとかこういうものをですね、いわばそのテクノロジーを介して上手な人と人のつながり方とか情報の流れ方を作ることで、生命性を持つような社会っていうものを作っていけないかなっていうことを考えていきたいわけです。で、どんなことをですね、最近考えているかっていうと、うまくテクノロジーは使いたいと。で、多様なつながりっていうのがやっぱり大事なんじゃないかというふうに、思うわけです。多様性とか、包摂性、インクルージョンですね。そういうものは重要だっていうわけなんですけども、じゃあどうやってそういうものを作っていくのかという話です。で、一つの考え方は、人間って別にいろんな属性というか特徴を持っているので、どの特徴とかどのチャンネルを使っても、人とつながる可能性っていうのはあるわけですね。袖触れ合うも多少の縁なんていう言葉があるぐらいなので、何か共通点があると、そこを使ってつながれるはずだと。なので、仮に、どういう方法かわかりませんけども、アルゴリズムが似てるけどちょっと違うっていう異質なユーザーを発見してですね、そういうものが最大限自分の意思でですね、つながれるっていうような仕組みを埋め込んであげて、そうすると、大概の推薦は失敗するんですけども、ネットワークレベルでは、多様な情報が
こう、多様なつながりができて、それで多様な情報が流れるような、社会的ネットワークになるんじゃないかなということを考えています。実際にそういうものをですね、作ったのが、こういう、ポリフォニーっていうシステムで、これは、音でつながる SNS ということを、一つスローガンに掲げて作った、システムです。で、投稿した内容がですね、Amazon のサービスを使って、テキストが音声に変換されます。で、なので投稿内容が聞けると。これちょっとした遊びなんですけども、で、それ以外にもですね、人から他者から影響を受けすぎるのが良くないっていうことが、先ほどの理論的な研究で分かってきたので、社会的影響を弱めるためにですね、例えば誰かがいいねしました。ここではブックマークというんですが、そういうものは何回とか誰がっていうのは見せないっていうことをするわけです。その代わり、こういうふうに誰かがブックマークしましたっていうことを言うことで、そういうことをポストしたいっていう気持ちは損なわないようにする。それから、こんな人もいますっていう形で、先ほどのその異質なつながり、異質な、こういう人がいいんじゃないっていうのを、推薦じゃなくて紹介するみたいなことをすると。ちょっとこれは、音が聞こえるといいんですが、どうでしょうかね。ツイッターとリンクしたシステムなんですけども。操作的定義を知らない大学院生音声です。聞こえますかね。土日はバイトと家の用事で1日が終わるんだよな。グリレルとかやっててやばい。激辛カレーお腹痛くなってきてはろうか。オアシス21にスケートリンク、アイススケートみたいなのある。天の川。で、こんな人がいますよっていうわけですね。で、相性がですね、音で表現されます。こんな感じで、音によるナッジを使うわけですね。私とお日様の相性が、こういう相性ですって言われます。それを聞いて、つながりたいなって思うかもしれないし、そうは思わないかもしれない。だけど、そのぐらい弱い介入をして、多様なつながりが生まれるようなことをちょっと後押ししてあげよう。技術的に後押ししてあげようというわけです。で、まとめですけども、社会に生命性を入れると。いろんな考え方があると思うんですが、ここではその多様性とか包摂性みたいなものがあって、もう少し混じり合うような、多様な人たちが混じり合うような仕組みを作りたい。で、持続可能性っていう言葉がありますけども、やっぱりもっと大事なのは進化可能性で、やっぱり多様なそのつながり、そこからまた新しいものが生まれるっていうサイクルがないと、やっぱり社会はすぐ死んじゃうと思うので、そこは大事だろうと。でその時に何もその人間だけが頑張る必要はなくて、テクノロジーがうまくそれをアシストしてあげるようなものができたらいいんじゃないかなということを考えています。以上でちょっと私らの話題提供でした。はい、笹原さんどうもありがとうございました。実際にサービス設計の裏側も紹介していただいてとても興味深かったんですけど、その声を使うっていうのもね、つまりテキストだと重なり合わないんだけど、声を使うことで重なるように感じるっていうところを、その人間に再び気づかせてあげるみたいな、そういう設計思想なのかなと拝聴してたんですけども、その人間の意識っていうものが、そのテクノロジーによって、どういうテクノロジーと触れるかによってその変わってくるっていうメディア論的な発想も、中にね、見て取れるのかと思ったんですけども、それでは続きまして、金井さんにですね、お願いしたいんですけど、金井さんは人工意識を作るという、長期的な計画のもと、様々な人工知能、人工生命、そして人工意識の、ご活動をされているかと思うんですけども、ぜひお話を聞かせていただければと思います。それでは、金井さん、お願いいたします。ありがとうございます。はい。じゃあ、僕はちょっとスライドなしで、思っていることを、話していきたいなと思います。今、ご紹介いただいたように、活動として、意識を理解するっていうことを、ある種ライフワークみたくしていてですね。で、人工意識っていうことを言っていて、それは何かというと、結構人工生命の分野と一緒だと思うんですけど、なんかそれを意識を作ることで意識の理解を深めるということをやろうとしていますと。で、今日、スライドとか持ってきてないんですけど、なんか話そうと思っていたこととしては、人工意識、人工知能、人工生命って、その間になんか結構深い関係があると思っていて、で、その問題意識をうまく
共有したいなっていうのが今日の目標です。でですね、少しすでに言ったように、なんか僕自身はなんか意識っていうものが本当ずっと興味があって、で意識の問題って一番よく言われるものは何かというと、ハードプロブレムって哲学者が言ってるものなんですけど、それは脳っていう、脳の中の仕組みっていうのは、我々にとって基地の物理現象だけから成り立っているはずなんだけれども、そこからなんで意識とか、もっと平たい言葉で言うと、心とかそういうものが生まれてくるのかって、それがすごく科学にとってすごい大きなミステリーであると。で、それをなんかどうやったら解けるんだろうって結構やっぱ難しい問題なので、それに割と脳科学の観点からずっと興味があって研究してました。でですね、その意識の研究自体が、割と最近になって結構考え方にが変わってきたというか、新しい潮流があってですね、それは何かというと、一つはトノーニっていう人が提案している統合情報理論っていうのがあるんですけど、それは意識っていうのは情報のあり方である。情報があれば意識があるっていう、すごい極端なことを言うと、意識イコール情報なんですけど、そうすると情報って何だろうっていう、またちょっと別の問いに進んでいくと思います。あともう一つはですね、結構その人工生命の分野でも、話題になることあるかなと思うんですけど、カール・フリストンっていう人が、自由エネルギー原理っていう理論を提案していて、それはなんかもともとは、脳は、いわゆるそのベイズ推論みたいな方法で、そういう動作原理に基づいて動いているんではないかっていう、そういうアイデアなんですけど、そこから発展させたもので、生命、自己保存的なシステムであれば、認識、外界のモデル化みたいなことは必ず起きてるんではないかって、そういう提案をしてるんですね。でそのあたりは、なんか非常になんか人工生命の研究をやっている人たちにとっても関心が深いんじゃないかなと思います。で、僕はなんか最初に、今日提案というか、問題提起したかったポイントとしては、この意識と知能と生命っていうのが、3つとも別々の概念であると、当然違いはあるんですね。例えば知能と意識でも、コンピューターで全然意識なさそうだけど、すごく知能が高いとか、その逆も、意識はあるけれども、全然知能がない動物とかもいっぱいいるわけですよね。だから、なんかそこはもちろん乖離するし、あるいは生命と知能ってどういう関係にあるんだろうって、それも面白い問題だと思うんですけど、僕は今思っているのは、なんかこれに統一理論みたいなものがあると思っていて、でそれは生命っていう、いろいろ生命の定義いろいろあると思いますけど、自己保存的なシステムであれば認識を持つことが必要であるっていうことは、あるんではないかなと、多分僕はフリストンの証明には納得してないんですけど、なんかそこは証明できるんじゃないかなと思っていて、でその外界のモデルを持っていれば、意識が生まれるんではないかなっていうことも思っていて、そういう意味では、なんかこう生命、知能、意識っていう、なんかその連続性みたいなものがあって、なんかそれってなんか我々の元々の感覚にも結構合ってるんではないかなと思ってます。っていうのは、なんかこう生きてるっていうのは結構なんか意識を持ってるっていうのと、なんかその子供の頃の気持ちを思うと、なんか木は生きてるのかとか、なんか虫は生きてるのかって、なんか子供がそういう質問をするっていうのは、なんか心があるのかってことを聞いてると思う。だから、なんか生命が、あるないみたいなのって、結構その意識あるないっていうことと、結構クリティカルにつながってるんじゃないかなと思っていて、そのあたりを全部情報の観点から統一的に理解したいっていうのが、日々の研究活動のモチベーションです。はい、ちょっと時間的にこんなもんかなと思いますけど、どうでしょう。ありがとうございます。まだ2分ほど所定の時間があるんですけど。じゃあ、もう1ポイントだけ言いたいことあったので、ちょっとそれを言ってみましょうか。はい、ぜひぜひ。さっきその意識っていうのは、情報、イコール情報だみたいなことが、その統合情報理論の話から出てくるっていうところがあるんですが、なんかその観点で、その情報があるっていうのはどういうことかっていうのが、なんかものすごく興味のあることで、なんか情報って我々の知ってる情報って、この
なんだろう、このベクトルは何を表しているとか、これは何を表している、何が何を表しているみたいなものを、この外側からの、観測者の視点で意味付けをしていることが多いんですけど、なんかその脳の中で、あるニューロンが発火したら赤を感じるっていうのは、そのニューロンが持っているそのすごい複雑なネットワークの中で、それがなぜか赤っていう立ち位置になっていて、それはそのシステム自体の特徴ですよねっていう、なんかそれは、そういうのなんかそのイントリンシックパースペクティブとか、ある種その意味が、外側の観測者に依存しない、それ自体で成立している意味みたいなものがありますよねっていうことで、これって意識だとすごく重要な問題なんだけれども、なんか実はなんか、例えばなんか生命がその目的を持っているのかって、目的とか、あとモデルを持っているのか、このシステムは外界にとってのモデルを持っているのかとか、なんかそういった、あと動機を持っているのか、なんか自ら意図を持って行動している。時々、なんか今日の他のセッションでも、なんか主体性とか、自律性とか、そういう概念出てましたけど、なんかこの目的を持って行動するっていうのが、今、さっきのその情報が存在するっていう考え方と同じように、そのシステムの、イントリンシックな特性として存在するんじゃないかな。つまり、なんかこう力学系が与えられたときに、この力学系は目的を持ってますか、持ってないですかっていうのを判別する式を作ることができるんじゃないかなと思っていて、なんかそういう意味では、そのシステムの持っている、その外から与えられた解釈じゃなくて、システム自体の特徴として、なんかなんでしょうね、なかなか普通の物理に乗りにくい目的論的なものを載せることができるんじゃないかなと思っていて、なんかそういうことにも、それも結構大きな問題かなと思っていて、興味を持っています。はい、金井さんどうもありがとうございます。すごく大きな問題提起を最後にしていただいたところで、おそらく田口さんと笹原さんも、すでに金井さん、この、セッションの皆さん、すでに相互作用を過去にも現在進行中で起こされていると思うので、いろいろと実は会話が続いていると思うんですけども、今改めてご参加方からいただいたお話を、一度整理してみると、まず田口さんから、その現象学の観点からですね、その人工的な主体におけるその重なり合いっていうものが、つまりはその生命的な、条件と呼んでもいいんですかね、その、生命的なものというのは予測不可能であって制御不可能である。で、それがその人間に当てはめた場合は、人間の、お互いの分からなさっていうもの、というものが実はとても大事な価値を持っているんじゃないかということをおっしゃっていて、でその分からないながらも、その分からなさをある種乗り越えるための手法として、その重なり合いっていうものが提案されているのかなというふうに伺いました。で、笹原さんはまさにその人間同士の分からなさがバーストしている現代の SNS という環境において、同じようにですね、その逆に生命性をそこにどう挿入するのかという、だからそのある意味に人間がこう機械的に、その少し金井さんのイントリンシックという言葉を援用すると、そういうシステムに放り込まれると、そのある種機械論的に分断が起こってしまうと。でそれはその他者の分からなさというものを許容できなくなってしまうっていう。なので、だからそれは生命システム論的な対極的な視点になったときに、結局それはだからそういう構造になってしまうっていう、ある種の蓋然性がそもそもその生命的なものが持っているイントリンシックな特性なのか、それともそのテクノロジーというものに人間が寄っていってしまうという別問題なのかという非常に面白い問題も内包しているというふうに思ったんですよね。で、その金井さんはその情報、統合情報理論であったり、その FEP、自由エネルギー理論というものから、ある意味物理学的な定義というものが、その知能、意識、生命という今別々の研究分野になっているのを串刺しにできるのではないかというお話を最後にしていただいたんですけども、まずこの金井さんの問題提起に対して、田口さんと笹原さんに、ご感想というかご考えをお伺いしたいんですけど、最初に田口さんいかがでしょうか。はい、金井さんのお仕事は前から拝見してて、私もすごい関心持っていて、あらやのページの中にも情報生成理論と、氷や空間と
っていう、もう一つなんでしたっけ、3つのね、原理からこう意識を考えるっていうのが上がってて、で、その全部を串刺しにしていくっていう金井さんの壮大な構想には私も非常に関心を持ってるんですけど、生命と意識っていうことで言うと、なかなかやっぱり完全に重なるかどうかっていうのは難しい問題で、その意識を持ってないように見える生命っていうのはやっぱりかなりいろいろあるように見えて、例えば植物に意識があるのかっていうのは非常に微妙な感じになってくるし、バクテリアとかなってくるともっと微妙な感じになってくると思うんですよね。でだけど少なくとも言えるのは生命的なものがないと意識的なものも出てこないんじゃないかっていう方は確実に言えるんじゃないかと思うんですね。少なくとも意識にとっては生命性は前提になってるだろうと。そっちの方は多分かなりはっきりしてるんじゃないかなと思っていて。ですから生命が意識を包括しているということですかね。生命的なものが条件となって初めて意識が生まれてくるのであって、生命が条件となってないところで意識を生み出そうとしてもそれは無理なんじゃないかと。そういうわけで何らかの仕方で生命性っていうのを導入していくことによって初めて人工意識みたいなものも生まれてくる可能性が出てくるのかなと思っていて、で私はそこでさっき申し上げた重ね合わせみたいなことが何か関連しているのかなと思ってて、重ね合わせはその分からなさをなくすんじゃなくて、分からなさをなんか生かす方法だと思ってるんですよね。分からなさをうまいこと取り込む方法だと思っていて、でその意味では笹原さんのおっしゃってたようなそういう社会の中に例えば SNS の中に生命性を盛り込んでいくっていうのは分からなさを排除するんじゃなくて分からなさをうまく取り込んでいくようなものなんじゃないかなというふうに思いました。とりあえずそんなところで。はい、ありがとうございます。はい、続けて笹原さんいかがでしょうか。はい。意識や知能や生命を情報理論的な感じで記載するってすごく野心的だし、私自身も面白いなと思うんですよ。一方で、今これ社会のセッションなんでちょっと社会って要素で考えるときに、自己保存的なものが主であるようなシステムが、より社会的な複雑さを持つためには何かまた足りないような気もしていて、それは自分が死んじゃわない程度に生き残るっていうだけではなくて、多分次の世代、世代を超えて残すみたいな、種の保存みたいなことになったときには、やはり、集団っていう考え方も出てくるし、それ自分以外ですよね。で、メイティングのパートナーっていうのが出てくるので、そういう社会的な複雑さを、包摂するようなシステムになるためには、その意識プラスアルファの部分が必要なのか、あるいはやっぱりそれはそうじゃなくて、情報論的な存在ができたら、もう自動的にそこまで自動的に同質されちゃうようなものなのかっていうのはちょっと気になっていて、もしそこに断絶とはないんですけど、なんでしょうね、理論的なスムーズさが足りないものがあると、その後はやっぱ進化論的な扱いになってしまうのかなというのは、そこを、ジャンプはどうするのかなっていうのをちょっと思ったんですけど、その辺ご意見があったら伺いたい。じゃあちょっとコメントしてもいいですか。なんでしょう。我々社会に対して進化的なものを当てはめることもできるとは思うんですけど、なんていうんだ進化の話ってたまたまうまくいったものが残っているから、今あるものがうまくいくとは限らないっていうパターンが結構多いと思うんですね。だから、いろんな社会がある程度独立にたくさん存在していたら、その中でいい社会の仕組みになっているのは残りやすいかなとか思うんですけど、必ずしも今ある社会が滅びないとは限らなくて、なんていうの、今ちょっと思ったのは、ご存知かもしれないけど、デネットって、知性の進化みたいな話で、4段階ぐらい提案していて、3段階ぐらい目になると、ポパー型みたいな言い方をするんですけど、要は自分で社会というか、世界のモデルを持って、それで自ら
その空想というか想像の中で、より良い世界を選んでいくみたいな、ことをやると思うんで、なんか、社会規模になってくると、多分、なんだろう、なんか自然淘汰ベースでなんか良くすることが難しいから、なんか、シミュレーションみたいなことがすごい必要になるんじゃないかなとは思ったりするんですね。で、一方で、なんか、我々、なんか人間のレベルだと、なんていうんだ、なんか社会の規模よりも、なんか情報の統合ってやっぱなんか脳の中の方がまだ大きい感じがしていて、で、なんていうなんかこの社会にとっての主体みたいなものが、なんかないことが結構なんか恐ろしいなみたいな感じがするんですよね。なんか、我々なんか一人一人の人間が、わかんないけど、結構今いろんな本当分断があるなっていうか、ワクチンの話とかでもすごい意見が分かれてしまうし、オリンピックのことでもあるかもしれないけど、なんか我々なんか政府とか、そういうなんか全体をまとめる役の人に期待してしまうんだけど、なんか実はなんか人間のキャパシティを超えていて、人間が少々頑張っても、なんか個人の頑張りでダメなんだけど、でもなんか全体として何とかしないといけないみたいな、なんかそういうものになんかどうやって太刀打ちしていったらいいんだろうみたいな、なんか、結構ね、政府批判とかよくあると思うんですけど、なんかでもなんかもし自分が政府でいろいろ決めれる人でも、なんか全ての状況を把握して、なんか適切な判断するのすごい難しいだろうなとか思ってしまって、なんかだからなんか多分昔のなんか村で100人ぐらいやってた時はなんかいけたのかもしれないけど、なんか何億人を束ねるとかって、なんかもはや人間の能力を超えていて、で、なんだろう、なんか、それこそ温暖化とかそういう話でも、なんかこうね、国家レベルとかそういうので、本当に人類をいい方向に持っていけるのかって、結構なんか難題だなと思っていて、なんか実はそこは割とテクノロジーの、をうまく活用する余地があるんじゃないかなみたいなことを思ってたんですよ。そこが金井さんのモチベーションにもなっているっていうことですね。そうね、ただあんまりこれ主張しまくると、なんか逆に不安に思う人がいて、それはなんでかっていうと、なんかもう政治家とか全部もう AI にして、解決を任せる方がいいんじゃないかっていう考え方もあるし、なんかある意味フェアだなと思うんですよね。だけどなんか、それってでも、それはそれですごいなんか、新しい社会主義みたいな感じで、それは本当にうまくいくのかとか、簡単にそういうふうに世の中変えられないし、なんか結構、ね、国家を覆すのは大罪だらしいから、あんまりなんかうかつに言ったら逮捕されちゃうかなとか。昔からのね、SF の想像力ですよね、それもね。だから、そこも最初に田口さんがおっしゃったような、その人工知能というものを、ある種の奴隷とみなしたり、もしくは人間が奴隷に転換してしまうみたいな想像力っていう、なんか古くて新しい想像力っていうものから僕たちはなかなか抜け出せていなくて、それがこう科学研究の道筋とかにもこう悪い意味でのね影響というか、その悪い意味でのこう縛りになってしまってるんじゃないかっていう、なんかそんなことを思ったりもしてるんですけども、なんかそこでもう一つちょっと観点を導入すると、最初に田口さんが紹介していただいたその GST リステックスでのご研究で、その人工主体の、倫理ですよね。その倫理というものを探るご研究の、中で、その痛みとかケアっていうものについても田口さんは調べられていて、その一環で、金井さんにもお話をされているっていう報告書を拝読しまして、でなんかどうしてその痛みとかそのケアっていうものを今ここで持ち出すかっていうと、やっぱりね、先ほどの笹原さんの研究にもつながるんですけども、例え話をすると、そのテキストで相手をジャッジするっていうのと、声を聞くっていうのは全く違う主観的経験なんですよね。で、テキストが金井さんが何かそういうね、統一理論についてテキストで書くのと、金井さんの声を聞くっていうのでは、全くその経験として違うと。で、おそらく後者の方が、田口さんの言葉で言うと、わからなさ、金井さんの言ってることのわからなさを、僕という他者は受け止めやすいという、いろいろ自分自身の想像を重ね合わせていくことができたりとか、でそれは今、リアルタイムでお話ししてるっていう、そのコミュニケーションの特性も関係してるんですけども、でそのことと、ケアをする。で、
ちょっとここで田口さんにお聞きしたいのが、そのケアともう一つ好奇心ということが書かれていたかと思うんですね。そのケアと好奇心というのは、最近僕もずっと考えていて、ミシェル・フーコーがですね、その、ケアのにはキュリオシティが入ってるんじゃないかみたいなことを、インタビューで言っているのを僕はなんかすごく気になっていて、で、やっぱりね、その人工主体が、はい、ちょっと今聞こえなかった聞こえにくかったんですけど、ごめんなさい。ケアには何が入ってる？キュリオシティですね。好奇心。キュリオシティ。はいはい。だからその好奇心なきケアっていうものもないし、ケアなき好奇心っていうものも暴力的なんじゃないかみたいなことを言っているのが、なんか不思議と僕の中でずっと1年ぐらい引っかかっていて、で、そのことを実際にご研究で調べられている田口さんに、今だからその非常にマクロなスケールで、その人間社会っていうものをより良い方向に、どうやって導いていけるかっていう、非常にこう対極的な話を、金井さんから、問題提起としていただいたと思ってるんですけども、なんかその、よりミクロなところで、例えば1対1とか、先ほどおっしゃった虫が首に止まって、その重なり合わせをお互いに感じるみたいな、非常に微小なレベルでのその生命性の話というところを、なんかそこを結びつけないと、僕としてはその生命の統一理論というものも、うまく結びつかないんじゃないかなというふうに少し思ったんですが、なんかその痛みとかケアっていうところが、その人工主体と人間がうまく付き合っていく社会というのを作り出す上で、どのように関係していくというふうにお考えでしょうか。ちょっと非常に難しい問題で、すみません。ケアっていうのはそんなにやってないんですよね。その報告書に書いてありましたっけ？ありました。そうですか。そんなにケアっていうのは、扱ってないんですけど、好奇心、そうですね。ケアっていうのは確かに、今日ちょっとお話した重なり合いという、重ね合わせというのにも関わってくるんですけど、好奇心っていうのも、やっぱり分からないものに向かって、こう、進んでいくような、動き力だと思うので、そういう意味では、こう、分からないものに向かって、好奇心によって分からないものの方に動いていくっていうことがないと、そのケアっていう形で他人に関わるということができない。で、その他人に関わるっていうのは、何らかの仕方で他人の主体性と自分の主体性を重ね合わせているような、分からなさを包み込みながら、重ね合わせてるっていうことですけど、つまり他人のことが全部分かってるっていうのは非常に傲慢な態度ですよね。分からないんだけれども、でも何か重なり合っていて、無視はできない。だからそこでどうしてもケアっていう関係が発生してくるという。なんかそんなような感じの、非常に緩い重なり合いしかまだ、関係しかまだ言えないですけど、そんなような関係があるのかなってちょっと今思いました。はい、ありがとうございます。結構その分かる分からないっていうことの緊張関係っていうのは、先ほど金井さんの問題提起にも関わってくる部分かなというふうにも少し思うんですよね。で、子供は心があるのかどうかっていうのを結局知りたがってるんだっていうふうに金井さんがおっしゃってるんですけども、そこの、だから、その生命的な好奇心とでも呼ぶんですかね。それ自体も、数式に落とせるとすれば、それはどういう社会的なインパクトにつながるんだと、金井さんは思われますか？そうですね。なんかそれが多分、なんか物理の、なんか理論で、なんか世界を理解するみたいなことに結構似てるのかなと思うんでね。世界がどういう成り立ちで、多分なんかこの生命とか、意識とか、知能って、なんか物理で、古典的っていうのは変ですけど、なんかもともと物理学で扱っているところで、うまくカバーできていない、なんか残ってしまったちょっとミステリアスな部分みたいなものかなと思うので、でもなんかそれをやっぱりこの物理の枠組みとつないで理解したいっていうところが意味かなとは思います。で、あとなんか他の生命になんかそれは本当 AI を作ったときにそれに意識があるかとか、
動物に、この動物にどれくらい意識があるかとか、なんかそういうことを判断するのにも、プラクティカルには使えるものに、いつかなってくるんではないかなとは思います。で、多分、この辺に関する好奇心って、多分なんかインターネットでなんかみんななんか猫を見てるみたいな、なんかそれと結構似てるのかなと思って、なんか多分人間動物見るの好きじゃないですか。あれってなんか人間とは違うんだけど、なんかこの生き物たちにもなんか考えたりとか、なんか失敗したりとかしたりして、なんか心みたいなのありそうだなって、多分なんかあれなんか不思議ななんか喜びがあるんじゃないかなと思う。そこも情報統合理論でね、計測できたらめちゃくちゃ面白いですよ。なんか結構昔の人っていうか、なんか行動主義みたいな人って、なんか動物意識あるのかみたいな議論をすぐ言ってくると思うんですね。なんで、なんかそれはなんかサイエンスの態度として証明できないから、できるまではないと言いましょうみたいな、なんかそういうことかもしれないんですけど、なんかネットに出てくるいろんな動物の行動を見ても、これの絶対意識あるなってすごい思うようになって、なんか多分その辺のなんか生命に対する意識感みたいなのって結構なんかネットで出てくる動画で結構全世界的に変わったんじゃないかなと思ったりします。そうですよね。だから本当になんかある記事で読んだんですけど、インターネットの帯域を一番使ってるのはキャット画像だというのを聞いたことがあって、それはすごく本質的で巨大なね、象徴的な出来事。すいません、ちょっと時間が来てて、笹原さんに、ちょっと質問がしたいんですけども、だからその生命的なものも人間は、なんていうかな、自然と追い求めてるんじゃないかっていうふうにも、今、金井さんのしていただいたお話を受け止めるかなというふうに思ったんですけども、ツイッターとか SNS とか私も結構、問題意識を持って観察していて、ついつい悪い現象ばっかり目が行くんですけど、今、金井さんにおっしゃっていただいたような猫画像とか、普通に、猫画像を見ると癒されますし、で、その分断だけではなくて、そういう偶発的な重なり合わせ、これは田口さんの言葉を使うと、そういう予測不可能なつながり合いというものがね、たくさん起きていると思います。その中で先ほど笹原さんが見せていただいた、ALIFE を使ったシミュレーションモデルで、現状の、なんていうかな、そのシミュレーションを、そこにそのパラメーターとしても設定していると思うんですけど、ああいうシミュレーションを使って、逆に、より偶発的なつながり合いが、起きるネットワークを生成するための、何かそのパラメーター設定を探索するみたいな使い方ってできるんですか？そうですね。それを、経て着想したのが先ほどの SNS なので、社会的影響が強すぎるとかですね、社会的なつなぎ替えの頻度が高すぎるっていうのは一つ、大きな加速させる要因になってるんですね。SNS があろうがなかろうが分断は起こりうるんですけども、SNS みたいなプラットフォームがあると、それが加速されちゃうっていうことを示したものです。で、先ほどの皆さんのお話聞いてて、ケアってすごいいい言葉だなって今ちょっと思っていて、システムケアないんですよね。で、ケアって自分に向かえば自己保存ですし、他者に向かえば、弱いものを守らなきゃいけないっていう感覚ですね。それってジョナサン・ハイトの5つある基盤のその重要なものの1個なんですけど、ケアっていうのは。なので、ケアできるロボットができると、それはひょっとしたらすごく生命的で、しかも結構社会的な生命性を持ったものなんじゃないかなと、今ちょっと思って。だとすると、そういうものを作るにはどうしたらいいのかなっていうのをちょっと今考えようかなと思ってます。ありがとうございます。私も本当にそう思っていて、本当はあと6時間ぐらい皆さん続けたいんですけども、しかもね、対面で話すのと、ネット越しで話すので、また全然メディアが違うので、話す内容もね、変わってくるかなというふうに思うんですが、とても包括的に、田口さんの、哲学の立場からの話だったり、笹原さんのネットワークの分析と設計の話、そして、金井さんの知能と意識と生命というのを、一軸で、串刺しで考えていくという、壮大な問題提起もいただいて、ここからたくさん具体的な実装だったり、より長期的な問題設定だったりということが、すごくたくさん含まれているセッションだったなというふうに思います。本当に短いですね。
すいません。スライドで、質問いただいたんですけど、ごめんなさい。僕がすっかり皆さんとの話に、夢中になってしまったので、ちょっと司会の、クラウスさんに、これは一つほど、皆さんに聞いてもいいかという許可を得てから投げてみたいんですけども、いかがでしょうか。OK いただきました。ありがとうございます。どうしましょう。91の方を読み上げさせていただきます。がんなどもコンピューターに、ありがとうございます。自分、機械の生命、疑似的に用意するの存続を有利にするように働くようにすれば、人間から見てもコンピューターが意識を持っているように見えるという考え方についていかがでしょうか。そうしましたら、まず金井さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい。そうですね。なんかこれ自体研究になるかなと思いますけど、GAN に限らず、いろんな AI で、特に生成モデルを持っているようなもので、それを使ったエージェントを作ると、生命的だったり意識を持っているような、意図を持ったように見えるものがまさに作れるんじゃないかなと思うんで、こういう研究どんどんやったら面白いかなと思っています。ありがとうございます。笹原さんいかがでしょうか。これってもうズバリ GPT-3 みたいなものですよね。なので、十分可能ですし、役に立つ道具っていう意味では私はすごい興味があるんですが、この方向の延長に、我々のような生命があるのかはちょっとよくわからないなという感じです。ありがとうございます。田口さんいかがでしょうか。私は人工知能の専門家ではないので、技術的なことについては何も言えないんですけど、なんか素人ながらそういうことはありそうだなっていうのと、先ほどの金井さんのお話とか、今の佐々さんの話を伺って、なるほど、そういうのはあり得るなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。では、9に行きましょう。時間的感覚、人間の脳での最上位の情報を持てると、機械が持てるということですね。未来を予測して準備したり、結果の見えているものには飽きるといったことができるようになり、それらが人間のモチベーションを決定づける。それらは自分の生命の存続に有利に働くように活用される。これは質問というよりはコメントなんでしょうかね。ありがとうございます。これについて、それでは再び金井さんいかがでしょうか。そうですね。これは、僕は自分で提案している情報生成理論っていう言い方があるんですけど、それは、未来の状態を、想像することが、意識の機能だと思っていて、で未来の状態を想像する、これ予測するのもそうですけど、今起きてないけど、未来こういう状態っていうことを想像できるから、目標にしたり、モチベーションになったりすると思っていて、そういう意味では、全てのものがただ連鎖反応で、ただ反射的に生き物が反応しているだけではなくて、目的を持って行動するためには、こういった未来を、ここで予測してって書いてますけど、想像したりとか、想像ですよね。さっきのGANの話とか、そういう仮想的な状態を内的に作り出すことが、非常にこれ重要なんじゃないかなと思います。時間感覚多分そこから生まれてくるところあるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。笹原さんいかがでしょうか。この中のコメントだと、時間感覚を作ることよりも、むしろ飽きるシステムを作る方が難しいんじゃないかと思っていて、飽きるためにはやっぱり学習だったりとか、何か普通の学習とは違う学習がないといけないと思うので、むしろこっちの方が難しいのかなと私は思ったりします。ありがとうございます。高度ですよね、飽きるっていうのはね、実は。はい。ありがとうございます。それでは最後に、田口さんいかがでしょうか。はい。飽きるっていうのは、退屈っていうふうにも言えると思うんですけど、金井さんたちのチームが退屈できる AI エージェントを作っていて、で、その話すごい私大好きで、自分のいろんなトークをするときにしょっちゅう引き合いに出してるんですね。退屈できるっていうのはすごい重要なんじゃないかと思っていて、で、退屈できるエージェントの方が実際環境を探索したりするのに有利というか優秀だということなんだと思うんですけど、人間が退屈するっていうのはすごくネガティブだと普通思ってしまうんだけど、あなた秋っぽいねとかっていうふうにネガティブに見られてしまうんだけど、実は退屈できるってことはすごい人間にとっても重要で、とすると退屈できる能力がなければ人間はここまで進化してこれなかったんじゃないかというようなことを想像するので、なんかそういう退
退屈っていうのはすごい、私は重要なんじゃないかというふうに、金井さんの研究から思った次第です。ありがとうございます。最後に素晴らしいリンクを、提示していただいてありがとうございます。そうですよね。もしかしたら、そのレコメンデーションエンジンに回収されないためには、人間もちゃんと退屈するっていうことが大事なのかななんて、聞いてて思いましたけども。はい。というわけで、2つの、質問およびコメントに皆さんからお返事いただいてありがとうございました。はい。そろそろ司会の方に怒られてしまうので、セッションをクローズしたいと思うんですけれども、改めて田口さん、金井さん、笹原さん、ありがとうございました。また、ぜひどこかでこの議論を続けさせていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、笹原さん、田口さん、金井さん、ジェンさん、どうもありがとうございます。とても興味深いのセッションでした。では、皆さん、次のセッションが、パネル、A-Life 人工生命の可能性です。このパネルが、16時から始めます。このパネルが、東京大学の、池上隆さんと、そして、メティの、前田康弘さんによって、お話を聞かせていただきます。そして、筑波大学の岡水木さんがモデレーターになります。このセッションが、4時から始めますので、少々お待ちください。4時で、このセッションに戻ります。ありがとうございます。
では、皆さん、これから、人工生命研究会のパネル、人工生命の可能性に参ります。このパネルでは、経済産業省の前田康弘さん、東京大学の池上隆さん、そしてモデレーター、筑波大学の岡瑞希さんによって行います。皆さん前と同じように質問やコメントがある場合にと、チャットにあるスライドのリンクを使ってみてください。では、岡さん、池上さん、前田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、今回の第1回人工生命研究会、最後のセッションとなりました。最後は人工生命とその可能性ということで、文化庁、すみません、中小企業庁の前田長官と、あと東大の池上隆さんにお越しいただきまして、いろんな話を聞いていきたいと思います。聞こえてますでしょうか？大丈夫です。ありがとうございます。今回、その人工生命というタイトルで、1日10時から話してきたわけですけれども、質問の中にもやっぱり多くあったのが、人工知能との違いであったりとか、すごく人工知能のブームを作った深層学習が、こんだけ技術を上げる中で、意識を持った、機械が、人工知能の先にはあるのではないかとか、そういった議論だったと思うんですけれども、まず最初に池上さんにお伺いしたいのは、そうした、ディープラーニングのようなすごくキラー技術のある人工知能に対して、人工生命の面白さというんですかね、とかどういうふうなところだと、この分野に30年いらっしゃる、ご経験をもとに思っていらっしゃるか、まず教えていただけますか？はい、ありがとうございます。池上です。今日は楽しいセッションをいろいろ、来て久しぶりに、楽しめました。ALIFE のいいところっていうのは難しいですが、AI、特に今のディープラーニングと比較した場合にはですね、コンピューターの中に閉じない、その向こう側を見つめてるということですね。誤解を恐れないで言うならば、新しいコンピューターとか、そういうのを目指す、チャレンジなんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。そうですよね。で、特に知能に限定していないっていうところが人工生命の一つの、可能性なのかなと思ってまして、で、じゃあ生命的な、前のセッションでも何回か出てきましたけれども、じゃあ生命的な現象って一体、どういうところに大きな特徴があるかってことを考えてみると、やはり自己複製するですとか、進化する。で、そのための自律性っていうものを持っていることだと思うんですけれども、なぜそうした、自己複製とか進化っていったものが、非常に今後重要になってくるというふうに考えているか、など、もしありましたら教えていただけますか？そうですね。なかなか難しい質問ですが、私、この間ですね、駒場の、講義で、獣医師とか、自律性が必要だと思われるような職業は何があるかっていう質問を、レポートを学生に聞いて、で、多くの学生が、責任を取らせるために必要だっていうようなことが 80% ぐらいであって、で、僕はそれはあんまり面白い答えじゃないなと思っていたんですが、いくつか面白い答えもありまして、でそのまず一つが、私はちょっと講義中に、裁判官っていうのは自由意志とか自律性はいらないんじゃないか。むしろ法律にのっとってやるから、非常に精密な機械があって、規則にのっとってやるっていうことでいいんじゃないか。責任の問題というよりはって言ったんですが、そしたら一人の学生がですね、絶対的正義ってものは存在しないからこそ法律はあるんだと言ってまして、なので、非常に選挙で選ばれた公正な、民意で選ばれた裁判官が、判断をするというところにしか解がない。そのために自律性とか自由意志っていうのは必要なんだというふうに答えました。私はその意見、結構面白いなと思います。で、もう一つはありまして、文化人類学を専攻している学生が講義取ってまして、その人が言うにはですね、昔哲学者のベートソンとミードっていう人がバリ島に行って、
ローカルな人々の生活を、記述して書くということがありました。で、そういうものを、例えば AI とかに置き換えられるかどうかっていう話の時に、普通だったらばですね、その人の個性が、バイアスが入っちゃって良くないから、客観的な記述を求めるのであれば、そここそ、機械が、やるべきなんじゃないかっていう意見もありそう。で、実際そういうふうに答えた学生もいたんですけども、その文化人類学を専攻している学生はですね、そのミードっていうのは、もともとノンバイナリーで、それで、バリの人たちは、非常に先行した、性に対して非常にもっと開放的な、いわゆるその当時の先進国よりは全然開放的で、で、進んでるとか遅れてるっていう一方的なものとは違うんだって話をして、それはかなりインパクトがあって、で、ところがですね、最近調べてたら、バリの女性が別に性的に解放されていたわけではなくて、むしろそのミードがですね、自分の立場があったから、それを言うことによって言ったんじゃないか。で、しかしその結果として、今で言う LGBT の運動とか、いうことがどんどん進みまして、だからむしろ自分のバイアスで言ったことが、かえってその後に社会的に運動を起こしたことに非常に成功があったと。なので、客観的に主観を排除した、観察などというものがあったとしたらば、文化人類学の力が弱まっちゃうじゃないかっていう意見がありました。で、私もそれは非常にいい、面白い意見だなと思いまして、で、結局、その2つの例が示していることっていうのは、何かというとですね、AI っていうのは、どっかに普遍性があって、どっかに正しいのと正しくないのっていう、きれいな線引きができるっていう世の中に関して、適用可能なように思うんですね。でところがですね、現実世界とか、さっきの話だった社会の中の生命とか知性っていった場合には、そんな線引きできないですよね。で、そういう線引きができないときに、あえてどういうような決断をしたり、物事を決めていかなきゃいけないというときには、それなりに確固とした自由意志とか自律性というのが必要で、そういうことを提供できるのがA-Lifeの研究なんではないかというふうに考えているということです。ありがとうございます。まさにちょうど前のセッションでも、エージェンシーにおける主体性であるとか、他者との重なり合いで、そこには分からなさを持ち合いながら、他者と自者を重ねることで、そこに生命性が宿るし、そこを大切にしていかなければいけないっていうところが、非常に私も個人的に面白い意見だなと思ったんですけれども、そうしたことと自分が持っているそのバイアスっていうところと分からなさっていうところがつながっていますし、そうしたものを技術的に作りながら理解するってことは、非常に人工知能ではあまり扱っていない新しい文化であったりとか、技術の作り方の方向性なのかなというふうに感じました。で、前田さんにぜひお伺いしたいのは、2018年に東京で、人工生命国際会議を行った時から、人工生命に注目していただいていると、こちら、解釈しているんですけれども、人工生命のどのあたりを面白いと思っていただいているのか、あるいは、どの辺に可能性を感じていただいているのかというところをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫ですか？声の方は。はい、聞こえてます。今、岡さんの方から中小企業庁長官ということでしたけども、私、7月1日からですね、2025年の関西万博の、総括責任といいますか、そっち側の方の仕事に、携わるようになりましたので、まずそのご質問される前に、私が今日、池上先生、あるいは岡さんとセッションする目的をまず明確にしたいと思います。私どもはこの万博で、単にその企業パビリオンを作って世界から集客をするというリアルな万博もあるんですが、まずバーチャルな万博を仕掛けていきます。で、その中で日本から、前の万博は成長というドアを開けたわけですけれども、高度成長にですね、今度は成長というものをどういうふうに我々は咀嚼をしてですね、新しい文明観を作っていくのかというところが今回の万博の肝になろうということで、これから議論が本格化していきます。で、その中に、AI とかデジタルとかカーボンニュートラルとかいろんな SDGs とかあるんですけれども、一言で申し上げますとですね、もう飽きました。そういう議論に。それで、
その万博で発信しなきゃならない問題というのは、多分そういうことを超えたもの。だから、そこで例えば人工生命の可能性という今日議論ですけれども、我々が多分思っている、すごく合理的で効率的だけども、人間の本能的直感的に何か信じられない AI というものが存在をし、それをもっとより我々がある感覚的なものとして、あるいは、わからないんだけれども、信頼していいもんなんだというふうなものに近づける作用というか、作用というものが A-Life の中にはあるんじゃないかと。つまり AI というものはあまりにも頭脳のところに偏りすぎて、人間そのものを生命体としてのホリスティックなアプローチをしてないもんですから、その偏りの歪みというものについて、我々人類が、すごく疑いを持ち始めているようなこの状況の中で、我々がそのトータルの生命体としてもっと信頼のおける、ものが出てくるということが必要なんじゃないんだろうかというのが私の問題意識がありまして、それを前提にどういう政策を打っていったら、この世界のためにといいますか、人類のために、本当になっていくのかな。デバイドじゃなくてですね、もっとそこのところについて、身体機能、頭脳だけじゃなくて身体機能全体が、いわゆるアルゴリズムを使いながら、バイオリズム、いわゆる体調管理といいますか、バイオリズムがうまく回るような組織を作るとか、地域を作るとか、そういうふうなものも、実現せしめる一つの有効な方法論として、人工生命というアプローチがあるんじゃないかというのが、一番初め池上先生とお話したことです。その問題意識に現時点で変更はございません。それを今回は、私は今の、お仕事の関係で申し上げれば、少し具体化し、あるいは実装し、あるいはある程度わかるような形にして、2025年の万博にぶつけたいと。1970年の万博も言っていれば命ですから、今回の万博は命輝く地球のデザインということで、命そのものです。従いまして、これを人工生命だということについては、万博のテーマとぴったり整合するわけですね。そういうことをちょっと狙っていきたいなというのが問題意識でございます。ありがとうございます。非常に大きな期待を人工生命にかけていただいているということで、我々研究者としても非常に身を引き締まる思いですけれども、今のようなその視点で、どのように人工生命が貢献できそうかということに関して、まず池上さんいかがですか？はい。まずですね、今まさに前田さんおっしゃられたような生命とか命っていうことを中心に据えた世界観というものをみんなでシェアできる、そういうことのためにいろんなことで貢献できるんじゃないかなと思っています。で、例えば人工生命に関してはですね、一つは今日私の話では午前中したんですけども、どうしてもやっぱり戦争の方向に向かいやすいんですね。で、自律的なシステムを作る。A-Life のポイントとして2つあって、1つが進化論、ダーウィンの進化論というのをアップデートして、それをシステムの中に組み込もう。それでもってシステムを育てようということが1点で、2番目にその自律性ってことがあって、で生命は我々がこうしろああしろと言わなくても、自分で決定して行為していくと。でそういうその2つの進化と自律性ってことがあるんですけども、進化と自律性は非常にアドバンテージもあるんだけど、ディスアドバンテージが言われるのは、今のドローンでどんどん攻撃するような、つまりその兵器としてやっぱり使えるんじゃないか。で、実際多分進化アルゴリズムも、今言ったその自律性も、多分アメリカの例えば、DARPA とか、軍務では非常に考えられていることだと思うんですよね。それの平和利用みたいな、むしろその平和の方に引っ張っていきたいっていうのはもちろん考えていることで、例えば物理学会とかも、日本の物理学会とかは最初からその戦争にはタッチしないんだっていうことを言ってますけども、逆にアメリカはその戦争に行くということでお金をいっぱいもらってるところがあって、それで科学が発展してる。日本は、僕はそれいろいろ考えたのは、だから戦争と科学っていうやつに対してアートもあって、で、アートの方向を作っておくことによって、戦争へ行くようなことに対するそのバリアを作って、それでもっとそういう形から科学を引っ張ることもできるんじゃないかというふうな話を今朝ちょっといろいろしたんですけど。はい、もちろんです。岡さん、私、少し質問があるんですけれども、
はい。質問させていただいてよろしいでしょうか。はい、もちろんです。お願いします。少しも私も聞きかじったぐらいの知識しかないんですけれども、AI っていうのはトップダウンなんだと。で、A-Life っていうのはボトムアップなんだという比較をされることがあります。割とそういう文献をよく見受けますけれども、このトップダウンと、ボトムアップ、AI と A-Life の仮に単純に対象化した場合ですね、それは具体的に何を意味をしているのかというのが一点ですね。それともう一つは今、池上先生がおっしゃいましたけれども、平和利用の議論なんですが、これは基本的にですね、DNA としては、そのものが戦争に使われても平和に使われても構わないように DNA 設計されてるから戦争に使われるわけでして、倫理というものを外側に置いてですね、倫理コードを外部化させることによって抑制するというアプローチを人類は取ってきたはずなんですけれども、そのいわゆる人工生命の中の DNA の設計図の中にですね、戦争だとか争いだとかいうものをある程度写生したような形でのそもそものデザインというものは設計可能なのかどうなのかということですね。人類はそもそも殺し合うために生まれてきたわけじゃなくて、それなりに生存ということを繰り返してきてるわけですから、基本的にはそこは欠陥だと思います。人類の。そういうようなものの欠陥を埋めるような形で人工生命の設計が可能なのかどうなのか、これについて私は今まで、私の勉強量なんてビビたるもんなんですけれども、それについての研究がなかったもんですから、そのあたりの可能性もありましたら教えていただければと思います。これは岡先生でも、池上先生でも、どちらでも結構ですけど、いかがでしょう。はい、わかりました。じゃあ、まず私の方から簡単に、お答えさせていただいた後に、池上さんにぜひ補足いただければと思いますが、最初に、AI がトップダウンで、A-Life がボトムアップっていうことは、非常にその通りで、特に、AI は学習っていうことを、主なアプローチとしているんですけれども、それにはデータあるいは正解を与えて、その正解に合うように、機械を学習させるっていった意味で、正解が与えられているので、それに対して、トップダウン的なアプローチを取るのに対して、先ほど池上さんの話にもありましたけど、A-Life は基本的にその進化のメカニズム、進化のアプローチを取るので、進化ってその何か、結果的に進化させた後に何かいいものだけが残る、環境に適応したものだけが残るっていう意味で、ある種その淘汰は環境に任せようっていう意味で、ボトムアップっていうような一つ見方ができるかなと思います。なので、アプローチとしてやっぱ学習っていうアプローチを取るか、正解データを与えて学習っていうアプローチを取るか、環境に入れてあげて、その中で自律的に進化させるかっていうところの大きなメカニズムが、そのボトムアップとトップダウンの言葉に表れているのかなと思います。で、二つ目のご質問に関してはまさにその通りなんですけれども、一つ、まだ人工生命としてそういうようなものはできていないんですけれども、アプローチとしてあるのは共進化っていうことがあるかなと思っていて、共に進化する。何かここのエージェントと環境が共に進化することを使うと、例えばこれは池上さんとこの前議論した中で、ウイルスが細菌と戦うっていう中で、細菌との共進化によって、どんどん細菌を殺すウイルスっていうのが自然の中でうまくできてくるっていうのが最近ファージ療法として注目されていますけれども、そういったすでに自然の中に存在する共進化のメカニズムをうまく取り込むと、そうした戦争によって自己が、自分の種がなくなってしまうような、行為っていうものは抑えるような免疫システムっていったものを一緒に取り込むことによって、そうした、人工生命的なテクノロジーっていうのを実現できるのではないかと個人的には思っています。池上さんいかがですか？ちょっと声が聞こえないみたいです。大丈夫ですか？これで聞こえますか？聞こえてます。大丈夫ですか？はい。多分普通に言うボトムアップって原子や分子がアトムとかモレキュールがあったときに、でも生命に行くやつと非生命のやつも両方とも同じものができてるじゃん。という意味で、なんで、どういう場合に生命に行って、どういう場合に非生命に行くかっていうことを考えよう。こいつはボトムアップなんですね。同じ材料なのに、なんでどうして分かれんねんっていう、もう非常にで、こっちの道を作ってるのがオートポエスとかの膜を作るとか、囲いを作るとか、そういう。で、トップダウンっていうのはですね、生命とは何かって言ったら、自己複製するとか、あと、
今言ったそのホメオスタシスがあるとか、あと、そうですね、まあ、例えば進化するとかっていう、で、自己癖って言ったらホメオスタシスとか進化って、ここにはないんですよね。で、これはだから人間が生命を見て考えたもんで、その、まあ、人間が特に人間を見た場合に、まあ、エージェンシーっていうものがあるんです。まあ、エージェンシーっていうのは意識があって何かをしようとしてるとか、あと、それこそ、まあ、愛情を持ってるとか、憎しんでるとか、そういうような人間の言葉、シンボルっていうのは、みんなその、原子や分子ではないんですよね。不条理な化学反応ってないじゃないですか。間違った化学反応もないですよね。で、そういうのはまあ人間が上から押し付けた意味なんですよね。で、そういうのを元にして生命を理解しようっていうアプローチをまあトップダウンというわけです。それで AI っていうのは、だからむしろ人間が考えたもんだから、このトップダウンのアプローチの言葉っていうのを大事にして、いやどうやったら自己複製があるんだっていうことか、どうやったらそのエージェンシーがあるかとか、どうやったらそこに不条理性があるかってことでもう一生懸命見るんだけど、でも必ず原子や分子は何もないので、なんか足さなくちゃいけないじゃないですか。まあ、足した部分がまあ研究になってるっていうことです。で、一方、トップダウン、それがトップダウンなんですけども、ボトムアップはそうじゃないから、ここから出発してすごいピュアにですね、どうやったらこういう言葉が生まれてくるかというのを考えようっていうのがボトムアップ。で、この場合は、本当にこれが出てくるかどうかってものすごいチャレンジングな話で、で、このボトムアップの中に、こういう上の方の言葉が出てくることをシンボルグラウンディングって言うんですね。つまり、この部分とこの部分をこうどうやって結びつけたらいいか。で、これを、まあ、シンボルグラウンディング問題と言って、AILIFEのものすごい大きなものの一つとして、まあ、ずっと考えられているということです。だから、まあ、そうですね。ここから上は全部嘘だっていうふうに考える科学者もいるわけですよ。なんでかっていうと、それはみんな人間がやったもんだから。で、まあ、以前の国際会議でも、そのバイオケミストリーの専門家が来て、意識とは何かとか、生命とは何かっていうのを自分に質問しないでくれと。で、自分はもう生命の下にある、バイオケミカルなプロセスはすごく分かってるし、脳の中で起こってる化学反応のことも分かってると。でも、何が意識だとか、何が生命だとか聞かれた瞬間にもう何も答えられないと。だから、ここで留めてくれっていう科学者もいるわけです。でそれが一番誠実だっていう考え方もまあありますよね。ちょっとでも上に行くと、もう全部嘘だ。っていうことがあって、だからこの戦いがあるわけだけど、まあ、こっちから攻めたって、こっちから分かんなかったら意味がないだろうっていうのが、まあ AI の人たちのまあジレンマで、でこっちは、でもここそが信じられるところで、20世紀の科学っていうのは、物事がつぶつぶからできている。原子や分子からできているってことが分かったのが20世紀なんですよね。で、20世紀はそれが中心の科学なんで、そこを外して、新しいものを作るなんて愚かなことに違いないと。だから、ボトムアップをやるんだっていう、その2つのすごい対立があって、で、それがもうそのまま AI と ALIFE になってるんですよ。今のお話でよくわかりました。ちょっと私なりに、感想めいたことを申し上げれば、今、先生がおっしゃったこのトップダウンの方の、トップっていうのは、どこかに到達点が存在をし、そこから引き算をして、何か目標というか、何かがあって、そこからトップダウンになりますよね。そのトップの設定の仕方、いわゆるトップの出発点そのものに対して、多分人類は何かしかの違和感を持ってるんです。で、ボトムアップっていうのは、確かに非生命に行くのか生命に行くのかわからないけども、どこに行くかわからないっていう到達点はわからないはずなんで、そこについて何かしかのものが変化したり蓄積しながら、どこかに行っていくだろうと。そこの中に何らかの変化を伴いながら、そのいわゆるアトムではないものを作らせていくんであろうという、いわゆるそのものすごく難しい予測不可能性のところに、多分私はロマンがあったり、なんかその、なんていうのかな、イマジネーションが生まれてきたり、なんかアローアンスが出てきたりというものが、むしろプラスに働いているとも考えられるわけですから、このトップダウンのアプローチとボトムアップアプローチというものが、どういうふうにマージするかというよりも、どちらかというとボトムアップアプローチの方が、私は今求められている、今我々が何か感じていることに対して適合的なんじゃないのかなという感想を持ちました。それでここでちょっと先生お許しいただければ、私どもがちょっとチームで今まで生命文明というものをずっと5年ほど勉強してきたチームリーダーが今日来てくれてますんで、ちょっと彼に譲ってですね、どんなことをやってきたかというのを5分ばかりやらせていただきたいと思いますが、岡先生よろしくございますか。はい、もちろんです。安川さんでしょうか。はい、安川喜一郎さんです。どうも。
飛び入りで声聞こえてますでしょうか？大丈夫ですか？聞こえてます。こちら。はい。たまたまですね、前田さんと、経産省で産業政策を担当されているところでの勉強会等をやっていたときに、当時、やはりその、IoT とかビッグデータとかの、いわゆるインダストリー 4.0、第4次産業革命という中の、勉強会で、私も IT 業界長かったこともあって、いろいろな意見交換をやっていたんですけれども、前田さんの中では先ほど言った違和感ですね、その 4.0 なので AI で最適化を求めていて GDP をさらに日本も増やしていくのだという議論に違和感があるということで何人かの議論をしてた中で、最初は第5次産業革命って言ってたんですけど、僕がなんとなくこのコンセプトとして第5次というものに違和感を感じて、前田さんこれやっぱり5とか3があって4があって5があるっていうこっちのですね、だんだんと最適があるはずだって言っても、これはじゃあ6なのか7なのか。やっぱりなんか僕自身は議論の中でやっぱり200年ぐらいの産業革命自体の大きなうねりの中でなんか原点に帰らなきゃいけないっていう動きがあるんじゃないかと。で、その原点というのは何かわからないけれども、一つは生命とか、そういう存在そのものみたいなもの。で、それを例えば、0時とかどうですか？当時からもなんとか 2.0 とかなんとか 3.0 っていう、それをラベリングしたらちょっと分かったような気になるんだけど、やっぱり 0.0 に戻るべきじゃないかっていうところで、5年前か4年前ぐらいに勉強会始めたのが一つの大きなきっかけで、今日私も参加させていただいているのも、その時にちょうど、たまたま同じタイミングで、ベンチャーとかいろんなことやってる中の関係で池上先生を、聞いてですね、まさにその人工生命ということでテクノロジーは使っているんだけれども、それの研究対象が生命そのものだっていうので、これはなんかすごく我々の産業政策とか、社会実装と言われるもうまさに経済の世界で生きている人間にとってものすごく参考になるんじゃないかというのをご紹介させていただいたのが、2018年の1月だったかなということで、私自身もお二人の先ほどの議論もそうですけれども、非常に刺激になってですね、なかなか抽象的な議論でメタな議論が多いんですけど、今日全体もそうなんですけど、なんか本質をついているような、感じがするというふうに思ってます。で、その後私も学会参加させていただいて、先ほどの議論もありましたけれども、やっぱりこの200年間産業革命を一言で言ったり、人間が我々が頑張ってきたことっていうのは、人間を限りがなく機械のように近づけることによって豊かにしようと。工場の労働者もそうですよね。機械のようにできるだけ分業して動いていく。で、学校では、その優秀な知識を頭に入れて、できるだけ記憶をして、機械のようにこれを吐き出していって、いい会社に勤めてっていうモデルで200年来たんだけれども、どうも5年前ぐらいから AI が来たことによって人間はもう、ひょっとしたらこの人間が作ったものに勝てないかもしれない。で、シンギュラリティっていうものも予言されてきて、こういう時代が来るかもしれない。じゃあ自分の存在は何なんだっていうのはですね、その後ホモ・サピエンス全史のハラリの、著書だとか、いわゆる人類史から大きく俯瞰してみるビッグヒストリー、ビル・ゲイツとか言ってるような、そういう流れが来たんだと思うんですけど、やっぱ人間が機械に置き換えていく200年を一回ゼロリセットしていいっていうふうに世界が同時的に発想し始めてるから、池上先生の人工生命っていうのが、人工知能学会の中で生まれたり、岡先生の研究会が生まれたり、先ほどドミニク、チェンさんとかでも僕も一緒にウェルビーイングの財団理事やってるんですけれども、別のアプローチがやっぱり人間の幸せを考えるときに、この人工生命的な、生命文明的な文脈っていうのは欠かせないようになっているのかなというふうに、僕は見てました。はい。ありがとうございます。はい。ちょっと復元しますと、その通りで、我々が議論すると、すぐに昔へ戻れとかですね、そういうふうな、いわゆる時間軸を戻すような議論になりがちなんですが、多分その議論は極めて、ある意味で危険であり、単純すぎると。それをですね、前に向きながらなんとか解決をしていくところに人工生命の、私は大きな可能性を感じておりますので、ぜひ勉強させていただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。池上さん、何か見てらっしゃいますか？じゃあちょっとすみません、このホワイト。ここでさっきのちょっと岡さんの話の、2番目の問題についてが結構難しい話だと思うんですよね。それで、
それってちょっと聞くと、あれですね、エヴァンゲリオンの人類補完計画みたいな本で、まあ、人類ってのはもともとそんな不完全なもんだから、もう一個別の種類のあれがいて、で、自己複製がなくて、一子相伝みたいな流れがあってっていう話なんですが、それと同じように、人類の、さっきのおっしゃったやつが悪い、いいやつだけを入れる遺伝子として生命を育てられるかっていう話なんですが、それに関しては、まあ、ガイアってことを守っていくことが本質的で、ガイアっていうのは地球も含めて生命体の全体の生態系ということなんで、人類だけのためっていうのを作るのは、やはりそれは難しくて、むしろ AI が人類だけのためにっていうのを始めた結果、でもこの国だけとか、この組織だけになってると思うんですよ。で、A-Life はそもそも、アメーバから人間までを分け隔てなく大事に考えようみたいなところがあるので、そこに関してはですね、むしろ平等性っていう意味で A-Life はすごく強いということですね。ただ私が一個、例えば、まあ、採用されなかったですけど、ムーンショットとかで絶対研究すべきだって言ってたのは、まあ、インターネットみたいなものっていうのは、まあ、人工生命化すべきであると。なぜかというと、生命の持ってるさっきのホメオスタシスとか自律性っていうのは、まあ、一言で言うと、他のものに、飼いならされたり、他のものの奴隷になるのを嫌がるっていうことなんですね。で、インターネットに例えばさっきのセッションの後にフェイクなニュースが流れたり、あるニュースだけにバイアスがかかって投げたり、例えばワクチンはすごくひどいもんであるっていうのの信頼性がないニュースがものすごく拡散したりするんですけども、そういうことっていうのは送ってる人間の悪さが出て、そういう情報が拡散されるんですね。でも、インターネットがもしも生命であれば、そういうことに関する、フィルタリングとか、自分自身を保つためにちゃんと情報を得るので、人類の悪さっていうものをフィルタリングすることができると。なので必要だって言って、まあ落ちましたけど、そういう研究はすごい重要で、中立性とか例えば最近のブロックチェーンとかビットコインも全くそうで、昔はでっかい立派な建物があると信頼できる。だから銀行にお金を預けようと思ったんだけど、今はちょっとよくわかんないと。なので、数学の証明とか、もっと客観的なものに落とし込むのはどうかっていう話をしているんですけども、今日、ちょっと都合で来れなかったですけど、鈴木健君と話したのは、もうバイオロジカルブロックチェーンも考えられるんじゃないか。例えば、胃とか、嘘をつかないものっていうものは自然界にいろいろあると。例えば、嘘をつかない化学反応とかね、そのままだから。あと、お腹が空いたらなっちゃう胃とか、そういうものに帰着させることって可能なんじゃないか。だから A-Life っていうのは、実はそういった嘘をつかない信頼システムの第三の候補になってるんだということですね。それがさっきのに関する僕の一つの答えです。ありがとうございました。私の質問がちょっとあれだったかわかりませんけど、いわゆる自律性っていうのが自然的にはそれが自己抑制。いわゆるある面抑制感があって、それを超えてさらにデザインすると、逆に言うと、デザインの仕方を間違うと大変なことになるという危険も本質的にあるということを、多分池間先生おっしゃりたいですよね。ですから、そこのところは、自律性ということでそれを置き換えていかないと、それ以外のデザインをすると、逆サイドに行く可能性もあるということですね。わかりました。じゃあ、自律性というところで、それで、ありがとうございました。もう一個は、さっき岡さんが言われた、進化と学習っていう話なんですが、AI の場合っていうのは、学習、個のある短い時間スケールでの学習っていうか、だから、次世代にはいかないかもしれないけど、この人だけ賢くするとか、まあそういうようなことで、学習のアルゴリズムってあるんですけども、A-Life の場合は、進化アルゴリズムって言って、もっと長いタイムスケールで開発された、インプルーブメントを考えてるから、ローカルには損しても、長い目で見たらいいことを、そういうことも考えるんですね。で、そういったことを生み出した土壌っていうのはやっぱりちょっとアメリカにあるかもしれないんですけども、アメリカにロングナウっていうファウンデーションがあって、ロングナウファウンデーションっていうのは、例えば1万年動き続ける時計とか、1万年壊れない建物とか、でそういうものの設計思想を考えよう。で、それは今の流行ってる技術とは全く真逆で、1万年生き続ける人間って当然いないわけで、何十世代にわたって保ち続けられるような時計とか建物とかシステムを考えようっていうのは、もうその発想そのものがですね、世代を超えた人類のためとか、そういうことを、それこそ世代を超えたガイアのためっていう考え方があってですね、私はそれが A-Life のやっぱりすごくいいところなんじゃないかなと考えています。
おっしゃると。はい。じゃあ僕質問していいですか？はい、どうぞ。いいですか？私、その A-Life の議論を聞くときに、ちょっと我々の中でも勉強してたんですけど、時間の概念ですね。つまりリニアに過去、現在、未来という形で、時間軸が一本の線で連続的にこうあるわけですよね。11時半の次は11時31分だし、11時32分だし。で、その時間というものが、どんどんその追加すると、進化という言葉の中に持つ何かもっと便利だ、効率だ、合理的なものに近づいていくんではなかろうかというのが近代化のある程度、暗黙の前提であったような気がするんですけれども、そもそも時間というものが、そうリニア的にですね、連続的にこういうようなものなのか、もっと螺旋的に循環的なものであって、それが少しずつ上に上がっていくようなものなのかという、その時間概念をどう考えていくかっていうのが、非常に一つのキーポイントになるんじゃないかと思うんですけど、A-Life の学問、研究の中で、時間というものをどう捉えるのかっていう研究は深められてるんでしょうか？いや、それは素晴らしい質問で、私がまさに今、科研費でやってるのも、時間生成学という研究で、いかにしてその時間っていうものが、生まれうるのか、ということを考えていてですね。で、その前提として、その人間の時間と機械の時間っていう2つの対比構造があるんではないか。で、機械っていうのは、なんていうんですか、それぞれの、例えば記憶ごとにあって、一本の軸っていうのは持ってなかったです。で、計算するためにももちろん作ったりするわけですけども、人間は、やっぱ意識だと一本の軸があるじゃないですか。で、この意識、僕は一本だと思うんですよ。で、記憶にはそれぞれ違う軸が入ってて、それでいろんな方向を向いてベクトルの中から、一本のこの今の私っていうのを作るような軸をどうやって作るかっていうことが、現象学のフッサルからの現象学のテーマでもあり、A-Lifeもそういったようなことが可能なのかどうか。さっきの原子なんかでバラバラに入ってる時間とか、そもそも全体の時間がないところに生命を作っていく段階で、なんか時間っていうものが出現して、一本の時間が見えてきて、それはその記憶とかが入ってるいろんな時間の上に支えられた自己複製、自己組織化して生まれた時間だっていうようなことを考えたいというのがまさに、A-Life 全体というよりは、僕の興味でもあるし、周りで議論している興味でもあるんですね。だから機械の時間と人間の時間、機械の時間と生命の時間と考えたときに、生命の持っている時間っていうのは、どのようにして作ったらいいか。そこで初めて生命と機械の違いっていうものが、よく見えてくるんじゃないかなというふうに考えています。時間の議論したときに、例えば今から5分後に爆弾が爆発しますと。で、この100人のいわゆる体育館にいる人が全員死んでしまいますと。その時はその5分というのは死活的に重要で正確でないとダメで、その人にとって、それが7分であったらその方はもう亡くなってしまうわけですから、いわゆる何が言いたいかと言いますと、時間というのはある面管理手段としてものすごく作られていて、何時何分に山手線が来るから、これに乗りましょうねとか、何時何分まで出社しましょうねとかいうふうなことがあるんだけど、今回のコロナでこんだけ家にいるとですね、だんだん時間感覚が相対化してきていると、実は生活時間というものが。で、その時間の配分の仕方というものが、自分で考えなくちゃいけないようなところになった時に、かなり戸惑いを持っている人たちがいると。で、その時の戸惑いがですね、2つに分かれていて、やはり外部的に管理された方が楽だというふうに行く人と、やっぱり自分で時間管理した方が、自分のいわゆるウェルフェアっていうか、バイオリズム、体調が良くなるというふうに行く人があって、今、圧倒的に外から管理された方が楽だよね、みたいな、そっちなんじゃないかと思うんですね。だけど本来的に今、池上先生がおっしゃったように、自分には自分の時間があるといったことの方が生命的なものにはなっていくんだろうと思うし、社会の多様性とかいろんなものを許容する社会の方に私は行くような気がするんなもんですか、ちょっとお聞きしたんですが。僕もたまたまちょっと調べたんですけど、例えば100年前にアメリカでは300ぐらい別々の時間があって、それぞれの街で日時計でやってたとかですね。で、鉄道が走るようになって、事故が起きるから、鉄道時計っていうので、標準時っていうのは設定したみたい。僕もちょっとこの人工生命とかの関係、時間の調べたときに、たった100年ぐらいの話で、何千年間はみんな自分の生命としての時間感覚で生きてたのが、なぜか標準時でセットされてクォーツまでできちゃったっていうのは、ほんの数十年。
ことかなと。で、人工生命の木上先生の話と聞いて、僕はちょっと行きやすくなるのが、オープンエンデドネスとか、オープンエンデドレボリューションって言われると、僕もいつか死ぬだろうし、多分そこはものすごく未熟なまま死ぬんだろうなっていう、なんかこう生命として割り切りがちょっとできてですね、もうちょっと偉くなって、もうちょっと貯金残してとか、なんかいろんな欲望が、もう人工生命を聞いてオープンエンデドレボリューションだって、で無駄だなって思うわけです。だからもう、ある種の樽を知るみたいなものに僕は人工生命の研究から、時間の感覚で学んだりはしてます。なるほどね。なるほど。私、最近昔は考えなかったんですが、アメリカでちょっともう一個不思議な研究があって、よく非常なものすごいお金持ちが、若い男の子とか女の子の血を吸って、若返るっていう、もう金持ちの最後に残った夢というのは、いかにして若返るかなんで、血飲んだら若返るだろうみたいなことって、それドラキュラで、そんなもん本当に間違って、科学の全く対極にあるようなものだと思ってたんだけど、若いマウスと年取ったマウスをつないで、血を循環させるんです、両方。そうすると、年取ったマウスは本当に若返って、で、そういう実験が、5、60年前にあって、最近10年くらい前、またそれが復活して、で、やっぱそういうことあるんじゃないかっていう話になり、で、最近特に一個一個の細胞の状態とかも調べれるようになって、で、この間の例えば東大の医科研の研究とかでも、知られたことではあるんですが、こう、年取った細胞を皮膚から取ってやると、どんどん若返ってくると。で、実は年取った細胞と共存してると、なんか全体を年取らせるようなものが出てて、取ってくるといきなり全体若返ってくるというような話が、若返りというのは可能になる。だから、細胞間の相互作用がもしもですよ、エイジングとかを決めているのだとするならば、その相互作用さえコントロールしてやれば、実は若返ることも可能なんじゃないかっていう話になってくると、最近はね、iPS 細胞も発見されたりするから、若いものからエイジングっていう矢印も、実はひっくり返すこともちょっと可能なのかもしれないなっていうようなことを、最近、僕らがやってる研究もそこまでは達してないですけども、含めてちょっと思いますね。でも、ここ大事なことっていうのは、その細胞の時間っていうのと、細胞が集まった個体としての時間っていうのは、そんなにリニアな関係にはないわけですよね。だから細胞が年取ってても、すごい若々しい人もいれば、その逆の人もいるわけですよね。で、そういうふうにシステムが集まって出来上がってくる階層構造の中に、時間っていうのがそのままあるわけじゃなくて、なんかねじれた関係にあって、その辺のことを考えて、個体の時間、細胞の時間ってことを考えようっていうのが、僕のもう一個やってるやつ。非常に勉強になりました。ありがとうございます。それでもう一つ、岡さんよろしいですか？はい、どうぞ。ちょっとさかちゃんごめんな。今、先生、ここに自己複製とかいろいろ書いていただきましたけど、この考え方がですね、私が思いますのは、組織の運営、あるいは地域の運営、そういうふうなものに、あるいは社会ですね、社会のあり方、そういうようなものに対しての応用可能性をものすごく感じるんです。つまり、そのトップダウン的な組織っていうのは、大変申し訳ありませんが、ちょっと具体名は避けますけれども、コンプライアンスということを強化すればするほど、コンプライアンス違反が実は増えてまして、それも深刻なコンプライアンス違反が増えているようなこともあるもんですから、この自律性ということであるとか、進化という言葉が、実はその人間とかいう、その生命体もそうなんだけれども、組織のありようとか、社会のありようとかというものに、やっぱり応用展開されることがですね、言ってみれば非常に大きな、なんて言ったらいいのかな、可能性があるように思うもんですから、例えばそういうようなことを少し、うまく何らかのことで表現するようなことを、可能性はどこまであるかわかりませんけど、2025年の万博でちょっとデモンストレーション的なもので見せるとか、研究成果を発表するとかわかりませんが、私はあんまりそういうことは外で言わない方がいいらしいんですけど、決める立場の方なんで、だけどここは言っちゃいますけれども、そういうようなものを少しなんか考えていくようなことがあるといいなというふうに思います。ありがとうございます。まさにこういった生命的な、社会をどういうふうに作るかで、そこに人工生命の技術がどういうふうに役立つかっていうところは、
このセッションの一つ前の人工生命という社会というセッションでまさに議論していたことでして、やっぱそこには、主体性の問題をどう考えるであるとか、テクノロジーによって、人間の負の側面が、スピードアップされて、分断が進んでる。で、生命性がやっぱどうしても集団になると失われてしまうところに、生命性を取り戻すための技術の使い方っていうのは可能だろうっていうことを、ちょうど議論していたところですので、私自身もその、あたりの応用性に、非常に惹かれて人工生命の研究に入ってきたものですから、何かそういった、この現代ならではの人工生命のブームって、1990年代に世界的に起こってるんですけれども、一回それが沈んでまして、でもまたこの先ほど前田さんとあと安川さんがおっしゃってたように、今の時代だからこそ求められている概念ということもあると思うので、具体的な、社会にどう役立てるかっていう形で、特にその万博っていう舞台で示せるっていうのを一つ大きな人工生命の研究者、そしてこのコミュニティの大きな目標になるというふうに思います。僕もう一個質問あるんですけど、万博って今まで見てると、やっぱりその非常に大きな技術が、未来の技術みたいなものがちょっと展示されていて、でそれをもとに次に進むことが多いじゃないですか。で、その技術が何になるかっていう、例えば、この間のそれこそ大河ドラマだったらば、なんかエレベーターってものがあるとか、っていうことがあったりとか。で、大阪の万博の時はちょっと何だったか覚えてないんですけど、僕はすごい子供だったんで、ちっちゃい子だった時には、月の石とか、で、あとは、なんか、自動洗濯機みたいな。ありましたね。でも、その時宇宙開発がやっぱりすごい、なんていうか、これからの人類だみたいなイメージがあって、で、ソ連のロケットとかアメリカのロケットとかなんだけど、そっちの方はあんまり消えちゃって、で、なかったのは、インターネットみたいな話っていうのは万博では、あの時はなかったですよね。で、今度のだから万博ではどういうものが技術として得られるかと、出せるかということで、そういうコンセプトの一つとして、ALIFEがあるとしては、非常に嬉しいと思ってます。これはこれからの議論ではあるんですけれども、技術という切り口そのものがですね、多分非常に不十分な切り口になりつつあって、なるほどね。多分これからの社会を考えるときには、これは経済産業省を中心にする、あまり言うと、バカの壁と言ったらそれまでになっちゃうんだけど、技術によって解決しますという言葉がですね、本当かというところにまで社会的な問題が来てるもんですから、技術で解決しないことが全部残ってきてしまってきているような感じがあって、システム設計を変えなくちゃいけないとか、文明のあり方を変えなくちゃいけないとか、そういうようなところにまでですね、我々は追い詰められてるんだろうと思うんです。だから、私はこれからの議論ではありますけれども、こんな技術があるとこんな便利になって、こんなに楽になりますよとかですね、いうふうなことでは多分なくてですね、そこに溜まってきた構造的な問題を含め、こういう原理があれば、こういう解決の方法があるんじゃないかというふうなアプローチが見せれたらいいんじゃないかと。そういう意味においては、否定するものではございませんけれども、技術オリエンテッドなものでは、多分万博は成立しないというふうに、私自身は、今個人的には私自身はそう思ってます。ちょっとこれ、責任者としてちょっと踏み込みすぎておりますけれども、そういう万博じゃないんだろうなと思います。私の方からも反対に質問させていただきたいんですけど、そうは言っても一方で、その AI の技術っていうのは日本は遅れていて、特にそのドイツを中心とするインダストリー 4.0 みたいな方向性に、産業、作る方の技術は強いけれども、AI を入れることに少し遅れを取っているためになかなかそこに行けないみたいなジレンマも、あと国の課題としてもあると思うんですけれども、で、そうした技術的な課題、その世界の技術に追いつこうというような、その流れがある中で、それを一つ、横に置いてというんですかね、そうした、ALIFE 的な概念を、まず原理を持ってきて、ホリスティックに考えようっていうことはすごくチャレンジングで、我々はそれをもちろん目指してますけれども、チャレンジングだと思うんですね。それに対するなんていうんですかね、我々が貢献できる、どのようにしたらもっと具体的に貢献できるのかっていうところ、で何かご要望とかあったりしますか？それは実は明日
プロデューサー会議が、東京で実はあるんですけれども、少し人工生命の話をしようと思いますが、私が今申し上げた議論というのは、いわゆる役人的というか、そういう公式行事の中では、圧倒的に今マイノリティです。はっきり申し上げて。おっしゃったように、追いつけ AI、データを集めろ。で、データを管理してスマートシティを作ろう。こういう世界ですね。あと、カーボンニュートラルはどうするかと。いう議論はそうなんで、それはそれとしてやっていくんですけれども、これもちょっと私の個人的な意見ですから、これ、主張されている方がどう思われるか分かりませんが、追いつけないことを追いつこうと思ってもしょうがないというところがあって、私はそこはやっぱりある程度パラダイムを転換するっていう軸を日本自身が持たないとですね、多分もう難しいんじゃないかというのが、冷静に考えれば実はそう思ってます。したがって違うアプローチを今回、チャレンジングですけども、この例えば万博というふうな、一つの契機にして、なんとかこう出していけないかというようなことを逆に考えている。その AI に追いつけというもう運動論はみんながやってますけども、はい、それで追いついて何すんのっていうところが僕にはあるんで、そこでも私は A-Life 登場としたいところなんですけどね。ちょっと楽観的かもしれませんけども。私自身の戦いが始まりますから、あれなんですそうですね。池上さんはその前回の人工生命のブームをまさに体現された、ど真ん中にいた方だと思うんですけれども、やはりそこで複雑系とともに、こういったら少し失礼かもしれないです。失速してしまったということがあると思うんですね。それは AI もしかりなんですけれども、で、今回のAI のブームは本物にしよう、それを産業につなげようというところで世界的な動きになってますけれども、A-Life も、AI だけでは片手落ちですよねと、やはり A-Life 的な概念、あるいはテクノロジーが必要ですよねっていうところに、つなげていくためには、何が、必要だというふうに現状も思われてたりしますか？それなかなか難しい質問だと思いますが、これ、やっぱ愛とか言ったらまずいんですよね。ちょうど1990年の最初くらいに、日本で A-Life の国際会議も入ったんですよ、みんな一生懸命。その時にマービン・ミンスキーっていう AI の大御所の人がキーノートで来て、で、彼が A-Life なんてどうしようもないからやめろとかっていうキーノートだったんですね。でみんなすごい怒っちゃって、で次々と言うんだけど、マービン・ミンスキー超天才だから、もう次々と論破されちゃって、で、僕もこいつは本当ひどいやつで、そのコンピューター、それこそ今の AI ブームの中心みたいな人で、もうなんかその知能とか作れるんだし、生命とかアメーバの知能とか言ってんのよみたいな感じだったんだけど、彼が亡くなる前に書いた最後の本っていうのがあって、で、ちょっと今僕題名忘れちゃったんですけど、その本を読んだら、彼は、いや、我々に必要なのは愛すべきシステムを作ることだって書いてあるんだ。で、僕当時同じこと考えて、やっぱそのシステムそのものが愛せないと、協調関係とか新しいものを作っていくことにはなんないんですよね。で愛すべきシステムを作るとはどういうことかっていうのをずっとその本で書いてあるんだけど、最初の印象だけ読めばいいんですけど、同じことはずっと。だけど、ミンスキもやっぱそういうことはちゃんと分かったかと思って、単に130歳生きるための技術を開発しようみたいなことでガンガン行くんだけど、ちょっと待てと。その前に、我々が本当に愛してるものとか、システムそのものが愛すべきものになってるかどうかとか、そういうことってのはどうなんだっていう疑問を提示してて、その後亡くなっちゃいましたけど、私、今でもその考え方は結構大事な考え方だなと思っています。A-Life っていうのは、だから、生命に対する、慈しみとか、その愛情とか、そういうことをベースにして考えていると。で、たどり着くべきは認識論なんですね。技術っていうのは、必ずそこには技術は哲学とか認識論っていうのがくっついてくるんですね。で、今 AI にくっつくべき認識論とか哲学と A-Life にくっついてくるだろう認識論とか哲学を比べたら、僕は A-Life の方の生まれてに咲こうとしている認識論とか哲学を倍したいなというふうに思っていて、中心にあるのは、やっぱシステムってのは進化させられるかっていうようなことは非常に大きなテーマとして考えられるんじゃないかなと思っています。
ありがとうございます。まさにもちろん人工知能の技術を知りつつ、あるいは、もちろん使いつつ、だけれどもこうした人工生命っていう分野に集まっている人たちっていうのは、そこにはやっぱり、この分野へのまさに愛が、我々を、世界中の研究者をつないでるんじゃないかなと思いますので、ただそれを言葉だけ、概念だけではなくて、やっぱ何か社会実装に落とし込んでいくっていうところをぜひ、今回の、ムーブメントの中で実現できたらなと非常に強く思っております。ぜひ、万博という目標をいただきましたので、それに向けて頑張っていければと思います。それでは、あと5分になりましたので、もし会場から質問等あれば取りたかったんですけれども、一つちょっと質問来てるんですけれども、議論が少し戻ってしまうんですが、人間や動物の心拍データを機械学習し、ロボットに疑似心臓、心拍を持たせ、そこからロボットに行動を決定させるというアプローチ。多分、あれですね、これブロックチェーンの、バイオロジカルなブロックチェーンに関してお話をしてた時だと思うんですけど、そうすることで、あらゆるロボットの心拍をスマホまでリアルタイムで振動として誰もが受け取れるようにすることで、ロボットの中の時間感や生命感なども人間が感じ取るようにするという考えはどうでしょうかという、ことに関する、もし何かコメントあればお願いします。池上さんの方から。コメントといえば、あれですけど、実際は心臓が動いてなくても、息してなくても済んでるわけですよね。そのシステムにリズムみたいなものを持たせることで、外から見たら、こうやって息遣いしてるような感じだったらば、なんか息してるからっていうことで、シンパティックな感じが生まれると。で、実際Androidを使ったときにですね、人間普通、例えば指揮者としてAndroidを置いたんですよ。で、メトロノームのやろっていう考え方もあるじゃないですか、工具。で、指揮者、もともと僕も指揮者ってわかんないから、メトロノームみたいに指揮振ってればいいだろう。ところが、それだと、なんか面白くない。で、指揮者も、演奏する人たちもあんまりうまくいかない。でところが、それで、だから Android の時も最初うまくいかなかったんですけども、息遣いさせたりとか、長いこと一緒にやってると、で、ちょっと Android うまくなってきてると、人たちがみんな一緒にセルフィー撮ったりとか、だんだん交流が生まれて、でそうすると全体の動きがうまくなっていくわけですよ。だからさっきの細胞の寿命と個体の寿命と同じように、一個一個のプレイヤーよりも全体っていうものが生まれてくる基軸っていうのは、それはそういった相互作用から生まれてくる。ある程度の時間があって、そこへ生命的なものを使ったってもちろんいいですけども、それは材料として使って、とにかく人間と機械の間の交流っていうのが生まれてくるうちに、Android が愛すべきシステムになって、指揮者として認められて、で、そうすると、ちょっと見てみようかなと。Android のやつにちょっと従ってみようかなということから演奏が全体として生まれてくる。そういうことが大事なんですよね。そういったぐるぐる回る、フィードバックもかかってぐるぐる回るってことがないと、一方方向のあれだと、Android がその場合の心臓に、機械の心臓が入ったロボットが人間からの影響を受けないですよね。だから受ける、こういうやっぱりぐるぐる回りが僕は大事かなと思います。そうですね。まさに人工生命の技術の強いところでは、人と機械の相互作用において、人の想像をAI は補完したりとか増幅させたりっていうところに使えるってことはありますけど、AI-Life はそれだけではなくて、機械の方の創造性を上げるような、そういった相互作用もあるだろう。ということで、まさに一方方向、どちらかに対して何か利益を与えてっていうものではなくても、相互に利益を循環させるような、そんなおそらくシステムの設計の仕方なんではないかなというふうに思いますし、そのあたりがぜひ今後の、いろんなところでの応用につながるのではないかなと個人的には思っております。はい。それでは今日、最後のセッション、時間になりましたので、こちらで終わりにしたいと思います。前田さん、安川さん、そして池上さん、非常に有意義な議論と、あと、新しい目標をいただきまして、ありがとうございます。ぜひ一緒に、頑張っていけたらと思います。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では、スライド。では、これは、最後の、人工生命研究会のワークショップ、A-Life と、可能性のパネルです。池上さん、前田さん、岡さん、そして、安川さん、どうもありがとうございました。では、続きまして、最後に、人工生命研究会のクロージングです。これは、
筑波大学の上月さんが、クロージングメッセージをよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は、土曜日にもかかわらず、朝10時から今まで、長い時間お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。人工生命研究会4月に立ち上がりまして、今回、おかげさまで第1回目の、研究会を無事に、開催することができました。で、こうした A-Life の、会議は世界的な会議も開催されてまして、実は来週、7月19日から23日にかけて、インターナショナルカンファレンスオンアーティフィシャルライフ2021が、バーチャルで、オンラインで開催されます。今日、お話の中にあった、最新の研究についての、研究発表が行われます。オンラインですので、少し時間帯が日本時間ですと夜を中心になるんですけれども、興味を持ってくださった方々はぜひこちらにもご参加いただければと思います。はい。あと、この人工生命研究会に関しては、ここに示してあります、サイトで、情報発信を行っています。年3回程度のこの研究会を予定しております。もしご興味ある方は、このサイトに掲載してあります、メーリングリストに登録いただけると、最新情報をお届けできますので、ぜひ覗いてみてください。はい。それでは、改めまして、今回の開催を可能にしてくださったリンクス株式会社様、株式会社クロスコンパス様、そして株式会社ライフル様のスポンサーの方々に、心よりお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。そして最後になりましたが、今回、オンラインで参加してくださった方々、視聴者の方々はもちろんですけれども、ここに載せているオーガナイザーの方々、そしてスピーカーの方々にありがとうございました。特にですね、このクロスコンパスのオネリスリコさんには、この配信のシステムのすべてを担っていただきまして、非常に尽力いただきまして、本当にありがとうございました。おかげさまで非常にスムーズな開催となりました。はい。それでは、またぜひ、この動画ですけれども、人工生命研究会の YouTube サイトに、アーカイブとして残しておきますので、ぜひ、また、ちょっと、見逃したところですとか、あともう一回見てみたい議論などありましたら、ご覧ください。はい。それでは、こちらで、今回の会を終了したいと思います。どうもありがとうございました。